遅刻しちゃった、ごめんちょっと今日は冷えるねでもマルチーです。おはよう、ちょっと待ってね、終わってた。おはようございます。本日は、FF14 のプロデューサーレターライブを同時視聴していきたいと思います。ちょっと音の調整とかしたかったからもうちょっと早めにやりたかったんですけど、なんせ寒くてちょっとおは夏みがって言ってちょっと左右飲みながら頑張るねちょっと存在感を出すためにたこ焼きで本日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと今あれだよね、多分準備中って言ったらいいのかな、準備中、これからだよねきっと。なのでちょっと今はコメントを拾えますおはようございます。みんなおはよう。じゃあ配信自体久しぶりすぎてなんか何するんだっけってちょっと慌てちゃうよね、しばらくやってないと。ありがとう。ちょっと待ってね、もうねやらなければいけないことを米ビオとの同期もしてなかったじゃあごめんすいませんすいません、ちょっと待ってねみんな、もうほんとダメ私の配信どこ行ったしっかりしてくださいね、しっかり。いやほんと寒くてさ、やめてちょっと待ってすいません、急に大きな声出して申し訳ないです。本当にすぐマルチさん大きな声出しちゃうから。みんな朝だからね。いやもう昼かこの時間は何になるんだろう。オッケーできた。このオープニングムービー中に準備しとけよっていうね。できました。おはようみんな、おはようございます。もやもんさんおはよう、ありがとう。リガトさんもおはようございます、ありがとう。クッキーさんもこんにちは、ありがとう。ありがとう、私も楽しみにしてました。ヒーターさんこんまるでありがとう。おはようおはよう。高根さんもおはようございます、ありがとうありがとう。テスト放送、私さテスト放送なんてあるんだね。なんか前回もそういえばそんなこと言ってたなと思って、もっと早くから配信すればよかったって思って後悔したもうフィビーさんこんにちは、ありがとう。いやうひょってね騒ぐさ、騒げる時に声をね挟める時に挟めていきたいよね、声ペイントさんこんにちは、ありがとうございます。こんにちはこんにちは。ひげおやじさんもおはよう、ありがとうございます、ありがとう。そしておやすみ寝るんかいって言って、ゆきさんおはようございます、ありがとう。おはよう。ほまれさんもおはようございます、ありがとう。そういえばマイク入ってた大丈夫かなおはようございます。あややさんもおはようございます、ありがとう。おはよう。カレリアさんもおはようございます、ありがとうありがとうありがとう。やたがらさんもおはようございます、ありがとうありがとう。ななんさんもおはようございます、ありがとう。またたこ焼き美味しそうでしょ、たこ焼き。ゆきさんもおはようね、ありがとう。たこ焼き美味しそうでしょ。じゃあなんかたこ焼きなしにしたらさ存在感薄いかなと思ってたこ焼きつけてみたんだけどちょっとだけ主張していこうかなと思ってさカズビーさんもおはようございます、ありがとう。おはよう。さっきテスト放送終わったでさ、一応さイヤホンつけながらさ家の中うろうろしてたんだけどさジュリさんもおはようございます、おはようおはよう、ありがとう。このイラストもちょっと見たくてさ、でも慌てすぎてまだ全然見れてなくてさ、さきねもおはよう、ありがとう。おはようございます。だるまさんもこんにちは、おはよう、ありがとうね、ありがとうね。つるるさんもこんにちは、ありがとうございます、ありがとう。いやこれお昼頃になったらみんながお腹すくかなっていうね、そしたらね私を見て心を紛らわしてということでね
夜に寝て深夜に起きるっていう規則生活のせいで徹夜になってマジか。ちょっとでもちょっと1時間寝るって言ってもさ、ずっと寝ちゃいそうだよね今寝たらね。丹麗さんのちょっと争点頑張っていただけたらなと思います。楽しいからね争点ね。じゃもうすぐグレンありがとう、お帰りくださいって言ってありがとう。たくみさんおはようございます、ありがとう。おはようございます、おはようございます。みんなありがとう、来てくれて配信久しぶり。いやでも今日からちょっと落ち着いたので、もしかしたら配信できるかもしれないんだけど、まだわかんないね。わかんない。ほんとめっちゃもっと配信したいんだけどね、本当は。ちょっと一回鼻かんでいいかな。じゃあ興奮して鼻水出てきた。これさ、音楽ちっちゃめなのかな。いやさっき喋ってる時に配信すれば音量調整できたのにな。ちょっとちっちゃいよねきっとね。なんとなくしか聞こえないんだけど FF の音。音楽流れてる？私イヤホンつけてなかったわ。私イヤホンつけてなかった。そりゃ音楽聞こえねえわって言ってあれ音楽鳴ってたわ。ちょっとマルチさんまだ寝ぼけてるってことでちょっと許してもらえますかね。ゆけさんこんにちはありがとう。こんにちはありがとう。むしゃってなんか食べたな。ぐぬぬって、まあねゆっくりストーリー満喫してね進めてから見ようぜ。あつゆきそうさんこんにちはありがとうございます。おはようありがとう。起きてるはずだったんだけど、ちょっとごめんほんと大丈夫、目覚めるから。楽しみすぎてさちょっと昨日布団入ったからしばらく寝れなかったよね。何喋るのかなと思ってさ。ということで本日はですねコメントはもちろん読めるときは読んでみんなで盛り上がりたいんですけど、多分ヨシピーさんが喋ってるときはなるべく喋らないように頑張る。前回もそうだったんだけどさ、私結構おしゃべりだけど前回もあんま喋ってなかったよね。みんなでちょっと映画鑑賞みたいな感じだよね。あと1分、ほんとだ、あと1分だ。ちょっとみんな C だよ C だよ。シーだぜ。やそさんおはようありがとう。おはようございます。もうすぐだよもうすぐ。にけさんもおはようございます。こんにちはありがとう。みんなありがとう。ちょっとテンション上がってきたわ。テンションありがとうね。ちょっと始まったら音量調整したいなと思うので、ヨシピーの声ちっちゃいとかあったらガンガン言ってください。でっかくするので。どうやってでかくするんだろう。これだな。これででかくするから言ってねみんな。喋ってもらわないとわからないっていうこのさ、一応いつものゲーム音より大きい設定にしてはいるんだけど、今なんぼだ？今マイナス 13.dB。 始まった。おはようございます。おはようございます。Hello everyone。第68回 Final Fantsy Xiv プロデューサーレターライブをお送りいたします。Thank you very much for tuning in to Final Fantasy XIV letter from the producer live number 68。皆さんに自己紹介お願いします。Please introduce yourself, please. Hi, my name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV。皆さんおはようございます。そしてこんばんはな人も多いですね。Final Fantasy XIV プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オッケー、ちっちゃくないかな。そして本日進行を務めます私の声ちっちゃくてもいいんだけど。コミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。My name is Toshio Maruchi, also known as the Fox Clone. You are a global community producer here. I will do MC stuff for today's live letter. 大丈夫そう？はい。そして本日はですね、本日のプロデュ PLL 途中でなんか気になったら言ってね。日本語と英語のバイリンガル放送でお送りしますので、我らがあゆみさんがスクエニアメリカオフィスから入ってくださっております。So once again, today's letter live is fully bilingual in both Japanese and English. So we have a special member from Square Enix America office. あゆみさんです。おはようございます。おはようございます。スクエアニックスアメリカの徳武あゆみです。通訳を務めさせていただきます。よろしくお願いします。Hello everyone, this is Aimi from the Square Enix Los Angeles office. I'm going to be supporting for the translations today. はい。
で本日の、PLL はですね、このセットアップをご覧になった方もいるかと思いますが、吉田さんが話したことは、あゆみさんが通訳してくださいます。で私が喋ることは私が自分で、翻訳しながら進めていきますので、で対して私からは大して重要な話は出ませんので、私が私のことを翻訳し忘れてるなというのはスルーしておいていただければと思いますので、よろしくお願いします。これはいつもの流れなのかしら。 So today's setup is 吉田さん explain things in Japanese, and then あゆみさん will do 吉田さん 's voice in English, and I will translate myself. はい、そして今日の PLL はですね、前半戦はFinal Fantasy XIV の新たなる挑戦、次の10年に向けてということで、吉田さんからいろいろご説明いただきます。そして後半はですね休憩挟みまして、後半は、フォーラムで事前に募集しました、パッチ 6.0 をプレイしてみての、Q&A セッションをお送りしたいと思います。So today's Letter Live has two major parts, and then first half is the kind of presentation by producer director Naoki Yoshida, which is where we are and where we are going for next 10 years. And then we have a taking break, and then another half is the Q&A session based on your gameplay of 6.0 expansion. はい。はい、ということで、始めてまいりたいと思います。ですね、私がこっちを見てるとき、こうはいなってるときは皆さんのコメントを見てるときなので、今日こういうシチュエーションすごい多いと思うんで、ご理解ください。So you might see me turning my head sometimes when I'm speaking, but I am actively looking at the comments that people are making as you watch the stream. So you may see me turned this way, but I am still participating. So just wanted to let you know. まあちょっとね、日本のコメントでね、この手の通訳放送はテンポ悪いんだよなって言ってる人いるんですけど、まあグローバル全体でねお届けしているので、吉田の長い話をですね、あゆみさん一生懸命ね通訳してくれてるんで、そこはね、それを言われると我々ちょっと悲しくなるんで。そういうファンフェスのステージぐらいで思って見てもらえると嬉しいかな。外国の人もたくさん And 見てる。 we do see some comments about how translations kind of drag on the pace. It doesn't feel as quick. なんか自然に小声 I に mean, なっ it's ちゃ here う。 to try to facilitate communicating Yoshida's comments. It makes us sad if you're disappointed that it's in two languages, but perhaps if you look at it like a FanFest stage event where we have the Japanese and English, maybe that might help it make it more ご fun. めん、私のミルクティコメントでー今日は ASMR が 6.1 はがっつりじゃないんですかっていうのもあるんですが、So we see some comments. Do we have any further updates for 6.1? So 6.1 がっつりってことだけはないんですよね。そうですね、パッチ 6.1 の内容と紹介に関しては、はい3月4日はい、4日です。に、パッチ 6.1 特集パート1の PLL をやる予定なので、6.1 のまあでも今日ちょっと出ますけどね、6.1 の詳しいところはそっちに譲ります。So yeah, today's Yeah, broadcast is not literally going to be just about 6.1. We may touch upon it, but then the details are going to be explained on another episode of the live letter on March the 4th. This is JST, but we will go into details at that timing. がっつりじゃなかあったみたいとはだね。まあなんかこう重大発表的なねニュアンスで取られてるけど楽しく気楽に行くので、皆さんもですね緊張せず気楽に今日は見てもらえると嬉しいです。はーい。 And some people might be bracing for a very important Kiraku-ni announcement when we talk about today's Yeah, broadcast, that but is what that's I not the intent. We would love for you to just relax and just have fun with the いや、おやつ broadcast. 食べながら見るぐらいでいいのかななんかこういう。こと言うたびにさ、よしやめんのみたいなの出るんだよな。ついにこう俺さでもいつだっけ新情報発表会でさ、言ったばっかだよね。ライフワークだって言ってるんで、そういう話じゃないんですよ。やめろって言われるの。 And I understand we were talking about like the future of Final Fantasy XIV, but every time we mention something like that, people are like, "Oh no, is Yoshida going to quit?" And no, I think I told us when we were doing our announcement showcase in February. It's like 14 is my life work. It's not like I'm going to just up and leave suddenly. もうそんなんで嘘つきって言われるの嫌だからなんだろう、そんなね自分の去就をね重大発表をしますみたいなねことは言わないですよ。恥ずかしい。うん。I don't want
want people to be going around saying, "Oh, you're such a liar," because I mean, I'm not the type of person who would make these kinds of like my personal announcements on a live stream. さあでは、やっていきましょうか早速。前半だいたいね2時間ぐらい、後半も多分2時間ぐらい使うんじゃないかなと思います。なのでご飯食べたりですね、今日土曜日なんで飲める人はお酒飲みながらとかでも全然いいので、楽しくいきましょう。いやちょっと今日調子悪いからお So we're 腹 looking at, at least for the first part, we're looking at about 2 hours broadcast. And so 言 just わなそうだけど you're 逆 free to に言っ do てほし like いけど you ね、そ have んなこと dinner 思 or っ like たら eat ブラち lunch ゃんさん as you're こんにち watching the はありがとう broadcast. It is a Saturday, みんなあ so り if が you と want to ね start drinking early, you're more than welcome to い do やこだわ so. りのとこも言ってほしいね。さあ行きましょう。はいでは、では画面切り替えてもらっていいかな。あこれはいさっじゃあきの早速いきますが、改めて今日お話しする内容のトピックおさらいしておきましょう。Okay, so jumping right in, let me go over the topics we will cover. で、まず一つ目はちょっとですね、まあ14これまで、正確にはね11年やってきているので、まあちょっと振り返りを最初にね、皆さんへの感謝も込めて、やりたいと思います。The first topic, of course, it's been about 11 years, to be accurate, how long 14 has been going on. So we'd like to kind of do a little bit of a retrospect, just convey our thanks to our players and look back on everything. でまあそれを振り返った上でですね、まあちょっとこの先じゃあさらにもう10年は僕続けたいと思ってるんで、まあ、この先10年さらに14を発展させていくために、まあ、新しい挑戦やっていきますよといろいろそこについて、まあ、どんなことやっていくのかというのをお知らせしたいと思います。はい。 And then once we do look back on our past, then we look forward to the next 10 years. Because as I mentioned, I would love to continue having Final Fantasy XIV for yet another 10 years. So there are many different things that we want to do in order to continue expanding Final Fantasy XIV. Many challenges that we want to take on. So I want to touch upon some of those items in today's broadcast. でここまでいったら1回休憩を挟んで、放送の後半として3つ目、パッチ 6.0 行月のフィナーレ、プレイしてみて何かありますかというので Q&A 事前に質問募集していましたのでそれに対していろいろお答えしていこうかなと思ってます。And then once we do that, we will have a break in between, and then it'll go into the latter half of the show, where we kind of asked the players, what did you think after playing 6.0? And so we will do a bit of an Endwalker Q&A. あと10年か吉田リビングデッドを使う気だなみたいなコメントがあったのでリビングデッド We're seeing comments like, oh, 10 more years, huh? Is Yoshida going to kick off his living dead? アクリルスタンドやってみる質問吉田の量産を開始しましたとかクローンの吉田が誕生したので紹介しますとかそういうのじゃねえかって書かれてましたね。But yeah, I think I've seen comments similar to that, and like people saying, "Oh, we have mass manufactured Yoshida clones." なぜか私はもう完了してますよって書いてある。そう。Yeah, I say I've done already. 何してたっけな。では早速いきましょうか。まずはまあ正確にはね11年なんですけど大きくくくってまあ10年ここまで皆さんとねやってきたのをちょっと振り返っていきたいと思います。いやーこの時からやりたかったな。Okay, so jumping into the timeline here. やっぱジョブなんだね Of course, actually it's 11 years, but like we'll call this the 10 years of Final Fantasy 14. あ頑張れか。まあいろいろありましたね。まあ2010年サービスを開始してその12月に運営体制ね全部開発も、一新して僕はここから参加ですね。ここから So first, 2010 was when it all started. Many things that happened caused us to sort of reconsider the development structures, and there was a lot of changes that were made in order to kind of reboot the title. So this is when I joined in, Yoshida joined into the project. で2021年の2011年の10月14日に、まあ、14日が縁起がいいだろうっていうので申請をやりますよという発表してますね。
And then 2011, October 14th, we were thinking 14th must bring us good luck. And that's when we announced that we are going to have Final Fantasy でもこの 14時からやってた Reborn. ら海外の皆さん詳しいよね。あゆみさんもインタビューにいてくれたと思うけど、9番を遊んでみたいので9番のサーバーを復活させる気ありませんかってクラシックファイナルファンタジー14やる気ありませんかってナイトメアって答えたやつみんな覚えてて、ねナイトメアってすげえ言ってんねコメントで。ナイトメアなんかあるんだ I love how the comments from the West are, I love how they know all these details. And I'm sure Amy had sat into the interviews as well, but people were asking about, oh, are you going to make an FF14 1.0 classic like WoW Classic did theirs? And Yoshida answered, Nightmare! And so people are calling the time of いやでもちょっと 1.0 確かに気に Nightmare. なるよね It's awesome. 動画で見たけでまあどちょっとベータ版で2012年の11月11日にですね時代の終焉トレーラー公開とともにですね一旦申請の準備のために Q14 のサービスを、終了させていただいてます。And of course, in November 11th す of ごい画像綺麗だったけど 2012, we titled it The よ End of かっ an たんかな Era, やっぱ and we sort of 私 closed が見たやつは綺 the 麗だった service ね for こん the なさこんにちは original version of こん Final にち Fantasy は XIV. まあ、9番からねやってくださってる方も結構いるし9番の捉え方って結構、まちまちだとは思うんですけど9番の、ラスト付近はそれはそれでまた独特の、ゲームデザインの MMO として結構ね好きだった面白くなったんだよって言ってくれる人たちもたくさんいて、まあ、僕らシャットダウンするのを決めながらも作ってたところに対してそういうね評価をもらってたりするのはとてもありがたいことなので僕らもすごいね実は励みになってました。うん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  And of course, people who have been playing あ since 綺麗 the だった original 見たやつあない 1.0 んだそういう意味か may have 悪 their っていう different opinions about そういうこと how か the game had played. But there were たこ焼き people はお昼に who なったらみんなお thankfully 腹すくかなと acknowledged 思ってつけ how てみまし 14た was starting to shift, and they あ did と take 存在 notice 感か about な how the game design was 黒 unique 歴史って despite ことか we were looking to sunset 学 the のに3秒 original 笑うね version. And so it was wonderful that people acknowledged that, and that was very encouraging for us as a team. ちなみに9番から今日視聴してくださってる方で Q14 からやってるよって方、どうですか手を挙げてもらってもいいですか。いや手挙げられない So if I could have people in the いいな comments 手挙げたいわ by show of hands, I don't know how you raise your hands, but like ね街中に anybody 最 who's 後モン been スター来 playing たって since 聞いたの 1.0, the original Final Fantasy 14, we would love to see who's been with us シ since ーム then. レスめっちゃいするな。ごい There's a lot あーコメント見てないんだよな公式の Thank you very much すごいありがたい。 That's 結構い amazing. るん Thank だ you ね guys. いいなまあここからねあと10年お互い健康に気をつけて楽しんでいきましょう。気をつけて But yeah, we're ね looking みんな forward も to the 健 next 康 10に気を years. つ So けて yeah, ね let's all ゲ take ー care of ム our できる health and 私も keep 気をつ going. けるわ That's awesome. で、2013年ですね、ベータテストをやりながら、2013年8月27日についに新生オルゼア正式サービス開始することができました。So moving on, 2013, we start our beta testing for Around Reborn, and then August 27 of the same year, we were able to relaunch as モン Around ハンみたいだ Reborn. ね振り返るとですね2011年の3月ぐらいから一気に新生14の設計だけ5人ぐらいで設計をスタートして2011年の6月から6人のプログラマーがコードを書き始めたのを覚えてるので、実質そこから2年2ヶ月で新生リリースしてるのでもうちょっと驚異的今振り返ると。 And looking back, そ so っか普通の that ゲー it ムを was 開始するにはかなり2011 in 短い期間ってなん March, か聞いたことあ we る started な at least doing the framework, just the design structure first. And it was a very それを small seamless team that worked on it. It っていう was 5 people who started on the base framework. And then あ starting なんか June パ of ソ that コン same year, FF14 やる 2011, ために we 買っ had た人結 6  構いたみたいだよね programmers starting to write code. And considering it took about 2 years and 2 months to relaunch, that's just
incredible. 14相当だったんだね。で、念願だったですねファンフェスっていうのを2014年の10月からですね、スタートすることができました。今でも覚えてそうます。なんだ。 And of course, by 2014 念願のファンフェスだっ October, たんだ we ね。 were able ひろい to さんこんに hold ちは、あ our りが very と first う。こん fan にち festival. That は。 was something that we really wanted ちょ to っと do. 私のマイク若干離したから初めてやった北米大丈夫かな。のファンフェスの基調公マイク演で邪魔でステ見づらかっージに上がったた画面が。時の大歓声でですね、すごもうかったですね足が震えて I still remember it USB さん today. どこに The first time we did our fan festival, and we started out in the North America region. And when I took the どんな stage スペッ to クの do パソ my コンが必要 keynote だったんだ。 presentation, and just the cheer that I received from いや、 the そのゲームが audience, ここ man, my まで legs 来 were るってす shaking ご when い I な。 was up there. で初の拡張であるヘブンズワード、2015年の6月にリリースして、その後の8月に、全世界累計登録者数が500万人を突破したと。あ、ここで500万人だったんだ。 And then next, we were able to launch our first ever expansion pack, Heaven's Word, in 2015 June. And then soon after, we reached 5 million registered players. でこの辺りはですね、我々開発チームもですね、高難易度高難易度って言われてよしやっちゃうぞって言ってもうキリッキリなのをやったらですね、いや難しすぎんだろってなってですね我々もいろいろな失敗を繰り返しつつですね、あ、そうなの？今につながってる本当あれか重要な時期だったとアレ思います。キサンダーここはかな。あ、アレキ、やっ But ぱり this is around the time when people were starting to clamor 相当 for 難しい higher んだ。あ、 difficult 起動編 content, も入っ higher てくる difficult の？ content, and the dev team got so excited about, oh yeah, you want difficult? And so we gave you a 何も知らな really, かった。まあ really 割と tough イケイケな人だよ。 content, and people started あ complaining れ now か about, な、 oh no, アレ this キ is の too 泡 difficult, 吹くのお Yoshida, や this つ is と too かも difficult. And あ so れ we か were な。 trying to find that balance. It was trial and error trying to get to that nice balance. But I think it was really important that we're making that いや、私 conversation. は MMO2 個あれでねしかやったこと僕はないからな。人生の格言の一つをね学んだんですよ。プレイヤーの皆さんにはいやーちょっと簡単だったなって言われるぐらいがちょうどいいんだなと。え、そうなの？ And it was then that I learned this あ、 very 相当あれだっ valuable たんだ lesson, ね。 which 難しく is ていろいろあっ I たん think だ it's ね。あれ best 聞 to いて。 keep the difficulty where the players would walk out of it saying, どんだけ難しい？ that was pretty easy. 人減ったの？で、グレンドリベレーターを発売したのが2017年6月で、この辺りからようやくこうバトルコンテンツ以外の、そのもう14の世界に住むみたいなことをより具体化していけるようになったのがこのぐらいの時期で、それがね、功を奏してですね、登録者数が、この時点で1000万人突破と。や倍になってる。2年で倍 Then, だっ of て。 course, すごい。 Stormblood released in 2017 June, and we started looking at various other types of content aside from battle and combat, content that would involve the feeling of living in the world of Final Fantasy XIV. And I think that really struck a chord with people. People were resonating with it, which thankfully got us to our registered player number up to 14 million players. 思い出されるグレンドリベレーター初日のねラウバーン透滅戦すごかったですね。透滅戦 And って I みんな still 言ってたや remember つ when じゃん。 Stormblood first launched, Rauban Extreme. ありましたね。I think we all remember that. あの失敗があってね今の安定したキューイングシステムがあったりす相るからね。当だったんだね、あれ。 But I mean, even with that failure, we learned from it, Yeah, and we were able to build a much better queuing system. そしてですね2018年になると、全世界登録者数が1400万人を突破して、2019年には、1600万人を突破と。どんどん増えてる。ありがとうございます。So I'm sorry, this is where we hit 14 million is 2018 August. And then moving on, we reached 16 million 覚え players てるあのシーン。 by 2019 May. So thank you so 確 much かに for 人 all the 集ま players っ that た are ら staying 透 with 滅戦に us. なっちゃうんだね。
そして続けてですね、2019年に、漆黒のヴィランズを発売し、その年末にはですね、全世界累計登録者数が1800万人を、突破となりました。この時点でそんなにいたんだ。And moving on, we released この Shadowbringers 19 in 年に電気屋さん 2019, で and 私 soon 14見て after, やり we たいなって surpassed 思ったん18だよ million ね。 registered players. 数字に関して言うと、単純に数字だけをこう見ていくと、そのなんていうの、増えるペースっていうのがばらついてるように見えるのかもしれないんですけど、実は体験したことのある人が増えれば増えるほど、新規が当然減るんですよね、パイが決まってるところから新しい人を呼ばなきゃいけないので、だからここまでの数字になってるのにさらに数百万増やしていくっていうこと自体はとてもすごいことで、これは本当ね、開発運営チームの努力もそうなんですけど、マーケティング PR チームが、コミュニティの皆さんと一緒になって達成してきてる数字なので、本当にこれはね、誇らしい数字だと思ってます。すごい。Looking at the numbers, it might seem like there's no real, like nothing of note. Oh yeah, the numbers are just increasing. But if you consider this, if we have a certain number of people already playing the game, and if we have a single pie that we're taking numbers out of, like you would expect the numbers to start going down, but it's interesting that we see more and more players join us even after all these years. We are seeing millions signing up. So, of course, I really want to acknowledge the development team, operations team, but also the marketing and PR teams working with the community to promote the title and get the word out. So I'm very proud of their achievements. そして2021年、去年ですね、12月2日にはですね、全世界累計登録者数が2500万人を突破し、ちょっと昨日の数字とかは見てないですけど、まだ全然まだ上がってってると思うので、で12月7日ですね、すいません、2週間ほどちょっと遅延をさせていただくことにはなってしまいましたが、行月のフィナーレを発売して、ハイデリンゾディアーク編完結というところまでこぎつけてこられたなと。Of course, 2021, which is last year, we surpassed 25 million registered players. I did not see yesterday's numbers, or like as of yesterday's numbers, but I do understand that our numbers are still increasing. And then afterwards, I know we had to delay the release by about 2 weeks. Again, apologies for the delay, but we were able to release Endwalker, and finally we were able to conclude the overarching story of Heidelin and Zodiark. まあ長かったようで、僕は結構あっという間の11年でした。でも本当にね、世界中のプレイヤーの皆さん、光の選手の皆さん、メディアの皆さんもね、関係各社の皆さんにも本当にものすごくこんなに支えてもらうタイトルは他にないだろうと思うぐらい支えていただいてここまで来れたので、改めて本当に感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。It feels like a long time, but man, these 11 years went by very quickly for me. And all of our warriors of light, our players, members of the media, all of our supporting partner companies as well. There were just so many people that supported us throughout this all. So I do want to take this opportunity to convey my gratitude from the bottom of my heart. So I sincerely thank everybody. やってよかったな。あとは本当ね、開発チームにも本当に厳しいスケジュールでやってきてて、実は拡張パッケージそのものの開発期間って1年とか、下手すると1年切ってたりするんで、本当に頑張ってきてもらいました。And I also want to acknowledge the development team as well. They were always working against a very harsh schedule, and even developing some of our expansion packs. Sometimes we have only about a year or even less than a year to get through all of the tasks that needed to get done. So I really want to show my appreciation to them as well. さて、ではこれを踏まえてですね、ここまで歩んできたその11年、9番の状態を考えれば、
これ以上ないぐらいの成功をさせていただいたと思ってます。いやすごいここはあんまり言葉を隠さずに成功できてると思ってるので、それでいいと思ってるんですけど、まあここまではある意味もう過去になったので、ここからさらに次の10年また挑戦を続けていきたいと思います。And looking at the trajectory here in the path we've walked down, I think ほんとすごいよね。 I want to consider this a success from what we had いや taken 楽しいな。10年 and ちょっと what 健 state it was in 康で when い we た had い。 first 健 taken 康 on で the 青汁飲 project まない and to と。 bring it to where it is now. I'm not ashamed to declare it. It might be a little awkward in the Japanese, but I believe it is a success, and I think it's a good thing that we've gotten here. But now that we have gotten this far, all of this is now in the past, and so we want to look to the future. We want to see what kind of challenges we can take on. というわけで2つ目のセクションである14の新しい挑戦と題してですね、まあ、今後どういうことをやっていくよというのをお伝えしていきたいと思います。はい。 So, for the second part of this presentation, どんなことやっ as you ていく see, か it is 伝えらん entitled Newfound Futures. So, I would like to discuss what we are intending to do. ちょっと落ち着いて。まずですね、僕としてはですね、はい社長からやめろって言われるか、まあ、やめろって言われても抵抗するとは思うんですけど開発チーム運営チームからやめろって言われるか死ぬかぐらいの以外では14をやめる気がなく続けていきますんで、この先もぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いしま And me す。ちょっと安 personally, 心 as した今の言葉聞いて。 Unless the CEO says, Yoshida, you need to leave, and even then, I think I'm going to fight him. Or if like the development team, the operations team want to kick me out, or if I, God forbid, die, those are the only extreme cases I would even consider leaving the 14 project. I want to continue working on Final Fantasy 14, so your continued support will definitely be appreciated. みんなも私も青汁飲むから。というわけでですね、まず今回その10年さらにこう14をせっかくねここまで日本初のそのサービスでこの規模まで来れるってなかなかあることじゃないので、この先の10年に向けてまずは 7.0 をめがけて、新しいことに挑戦していこうと思ってます。はい。 So of course, with this title, and considering that this game was launched from a Japanese development studio and being able to expand to this global scope, it's a rarity, I think. And so my next goal, my future goal is now looking at 7.0 and leading up to that, what can we do? コメントが 7.0 って言ったかで大丈夫大丈夫、もうシナリオ会議の1回目やったからあ、やったんだ。 7.0 はやるよ。People are already speculating about, oh no, 7.0 confirmed? Well, I mean, we are already talking about scenario for 7.0. I'm not afraid to say that we do intend on doing a 7.0. まずここに向けてちょっとコンセプトを話をさせてもらいます。コンまずそのセプトすんの一つ目がこちらになります。Now, that being said, I do want to establish what コミュ my 障の thinking is 私 and の the ため concept の進 behind 化 it, か。 what we're trying to do leading up to 7.0. And this is the first point. まあこれ具体的にどういうことっていうのはこの後ちゃんとお話ししようと思います。お願いします。 And of course, I will go into detail as to what this exactly お願いしま means. す。そしてですね 7.0 に向けて、チャレンジとしてですねこちら、第一次グラフィックスのアップデートの準備開発っていうのをやっていきます。And then next, again, もっと leading 綺麗になるってこと up to 映像が 7.0, and one of the challenges that we want to take on is our first graphical update, at least the preparation and the development for it. まあなんで第一次ってついてるかっていうのも後でねその後こさらに掘り下げでちょっと進化していく話しようと思います。 And of course, when we dive into each of these different points, I will touch upon why we are calling this the first い graphical や、ちょっ update. と鳥肌立ってまあ一応たんだけど。先に言っとくコメントが結構多いんで何 7.0 で PS4
が遊べなくなるってことはないです。あ、それは本当やめてください。それだけ本当ややめてください。それだけ本当や I めて do くだ want to さい。 clarify though, because I am seeing a lot of comments wondering about this. いや、よ This かっ does た。 not よ necessarily か mean った。 that we are バグ起き ceasing てて the support PS5 の for 当選通 PS4 知来 as な of いんだわ。 7.0. So I do want to clear that ポン out タロウさん first. ありがとう。おはよう。あゆさんもおはよう。ありがとう。そしてですね、今日3つ目、せっかくなのでパッチ 6.X シリーズでどんなことをやっていくかというのもお知らせします。And then the や third ばくない point, 今日。I mean, since we are here, I would like to take the ちょっと opportunity 待っ to て。 cover what we are planning to do throughout the 6.x series as a sort of あ、 roadmap. PS5 が普通に買はい、でえるようになる。は各項目、詳しくよりお伝えしていこうと思います。 Diving into the ちょ details. っと一人でも遊べるってやばくない？まずコンセプトの一つ目ですね。一人でもみんなでも遊べる RPG へ、さらなる進化をしていきこれはますと。とても嬉しいです。フェイス So 大 our 好き。 first フ concept, an even better RPG, alone or with ェイス大好 friends. き。これ何かというとですね、読んで字のごとくなんですけど、はい。そのファイナルファンタジー14、一応ジャンルとしては MMORPG って呼ばれてます。わかるよ。わかるよ。 So, I mean, it is what it says, of course, わかっ but てるよ。わかってるん yes, I だけど understand ね that。Final Fantasy XIV as a game genre would be categorized as an MMORPG. そこでですね、僕この11年ファイナルファンタジー14をやってきやばいて、どうなる世んだろう界中のプレイヤーの皆さんとイベントだったりファンフェスも含めてですけど、本当たくさんのゲーマーの人たちと話をしてきました。And of course, throughout the 11 years of doing Final Fantasy XIV, we did various events, gaming events, including Fan Festival, and I had the opportunity to speak with the different gamers. そこでですね、あとそのマーケティングチームに市場調査とかをしてもらって、これね定期的に拡張のたびにやってるんですけど、やっぱりそこで出てくる答えっていうのが、なかなかブレイクスルーできないなっていうのがあったりします。And of course, I would have my marketing teams perform market research as well. And this is something we regularly do when we start to plan for upcoming expansion packs. And with the information that we receive, and there's always like a question that we never seem to find a way to break through. 初めてのダンジョン誰かと行くのっていう人もいるから。一つはファイナルファンタジーシリーズ大好きなんだよ。すごいファンなんだ。全部やってるよ。ただし11と14以外ねっていうのがめちゃくちゃ悔しい。いやー、わかんなくもない。 So there's actually two, 私もそれでやって one な of かっ them たから。 is we see there's a lot of 他のもやってな players かっ that たけど。 love Final Fantasy, and many that claim やっ they've ぱ played all MMO of っ the て結 Final 構 Fantasies 壁だよ except for ね。 11 イ and メージもあ 14, るからさ。 which is very frustrating. や11もね今かなりアップデートをかけてかなり大部分ねソロで遊べるように快適にしてますが、14はさらにその先へ行きたいと思ってます。先へ And of course, we are paying attention to 私以 Final 外の Fantasy 友達 11とかも players as そ well, ういう and イメ we've ージ持っ made てる various 子多いもん updates. I な。 think it has become very solo 先 friendly へ行くってどういう recently. こと？ But with Final Fantasy 14, we want to go 本当に beyond 誰と that. も組まないであとは最後までいけるみたいな。もう一つはですね、うんうんオンラインなんだよね、めんどくさい、人と遊ぶの嫌、なんか人間関係作るの嫌っていうのがですね、やっぱりナンバーワンなんですよね。これそのうちのおプレイをし姉ちゃんだわない理由っていうところで。The second こう point ゲームは一人でもこもこ we や are りた trying いって。 to reach a breakthrough is people who comment about, oh, いや online 本当ね play, やると違 that's, うんだ I よ don't want to ね deal 本当 with having ね。 to play with other people. I don't want to develop relationships online. いや配信 And するのも that's 確かに一人でできると actually す a ごく very 助かる large reason, な。 if not the number one reason, many players kind of hesitate playing 14. だから10年かけて MMORPG っていうジャンルじゃなくて、うん一人でもみんなでも遊べる RPG っていうジャンルにしたいと14を。いやそれはすごいと思う。 So what I want to do 誰 here かとやる is の spend the 誰 next かとや 10らないと years 進められないんで and しょって break 言わ out れ of た that 時にそうじゃなく MMORPG ても進 category. め I られる want んだ this よっ to て言え be るよね。 an RPG that can be enjoyed alone or with friends. まずなので、7.0 でまでの間、フェイスシステムの大規模アップデートっていうのをやっていきます。うんうん
So, as a lead up to 7.0 or until that time, we will continue to make updates to the trust system. パッチ 6.1 から 6.5 までの 5つのメジャーパッチで全メインクエストの必須 ID と4人用の透滅戦をすべてフェイス対応します。ちょ待って、So as it says here, trust compatibility for all main scenario dungeons and 4-player trials to be added in patch 6.1 through 6.5. まあ順次なのでね、パッチ例えば 6.2 とかを見ると中途半端なところまでしか対応されてないとかいうことがある可能性は高いんですけど、それにね怯えているといつまで経ってもできないので全部一気には不可能なので、もうなのでこの 6.1 から 6.5 つまり 7.0 までの間を次に飛び上がるためにもうどんどん順次やっていくという期間に当てさせてください。いやメンツ気になる。 And so, of course, these are going to be incremental implementation, and so you might look at say patch 2 point something and 6.2, and you might notice that maybe not all of the dungeons have been supported with the trust system compatibility, but if we are afraid to make progress and be just in the middle of work in a certain major patch update, we won't be able to make progress. I think it's impossible to do everything at once, so we are trying to address this as we can, and we're looking at this as a preparation for 7.0, and so we would like to ask for your understanding as we lay these foundations. その第1弾となるパッチ 6.1 では新生オールゼア編のうち、2.0 範囲をすべて対応します。やばい、嬉しいこれは。 So the first implementation, patch 6.1, will make a Realm Reborn, and this is just patch 2.0 range, and the scenarios duty become trust compatible. そしてですね、それに伴って一部初期のですねメインクエスト ID とか透滅戦もリニューアルします。リニューアル。 And then further improvements will be made to some low-level main scenario dungeons and trials. でちょっと注意なんですけど、蒼天の石ガルドに入ってからの8人透滅戦ストーリー上に出てくるあれらはちょっとやっぱりコストを全見積もりしたんですけど、どうしてもこう 6.1 から 6.5 までの期間では対応しきれないので、8人の透滅戦に関しては 7.0 以降順次対応していくつもりです。いやでも対応する予定なんだ。You may see the disclaimers on the bottom, ちょっと待って、 for the 8-player trials, especially those やっぱどっちも選べるっていうのはでかいよね。 Heaven's Word expansion, 人と I'm 行く afraid ことも we 選 are べるし、 unable to update it at this time. We NPC tried と行くことも to 選べるって calculate いう all のは the さ、 cost and the これ resources から始 that め it る would 人に take も for すご us くで to かいよね。 address all of this within that sort of 6.1 やっぱ through 緊張するしさ、 6.5 timing. 私 But もそれで I'm タン afraid クの練習 we とかできたらす would ごく be 嬉しい unable to な。 allocate the resources for it. So we will get to it after 7.0. Yeah, these updates will be いや considered ー for ワクしてきた。 7.0 or 行ってみ later. たいまあもな。ちろん皆さんご存知の通り、その通常のねマッチングがなくなるわけじゃないので、あくまでストーリーを一人で進めていきたいっていう人のための機能なので、レベリングルーレットだったりねマッチングっていうところはそのまま継続していくので、そこはご承知おきください。And of course, we don't intend to do away with the regular matching systems. Your leveling dungeons and queue matching and duty finders will still be active and available. These trust compatibility is primarily for those who have a strong desire to play through these story dungeons on their own. で、ですね、8人透滅戦は今回行月のフィナーレでハイデリン透滅戦でテストケースとしても含めてやったんですけど、やれることはなんだろう確証を得られたんですけど、まあ、相当やっぱりコストがかかるっていうのと、ギミックから調整していかないといけないっていうこともあって、まずは数の多い ID から優先させていただいてます。あとはね8人なんで責任半のかかり方がちょっと減るんでやっぱり。まあここは逆にマッチングの面白さみたいなところも味わってもらいたいので、一旦7.0 以降にさせてください。
course, with these 8-people trials or 8-person いやなんか battles, 結構さモデさ we んでも did さ try DPS で it 参 out 加して with 抹 the 茶が薄 Mother い間に寝 Crystal ちゃったっていう trial, 人も結構多い and から we were able to FF14 とい see けるのは success 時間がない as 人 like a にとっ test ても良さ case, そうだ but よね it did require a lot of resources for us to build it, and then if we were to start applying that system to existing dungeons, we'd have to adjust the mechanics so that it would accommodate for the trust system. So at this time, we made the decision to move forward with just the instanced ちょっと今日 dungeons. 疲れて And 眠 with いなっ an て時とか 8-person PC と行くのもいい trial, よ I ね think that sort of reduces the 即射 responsibility 機は per 重要だよ person ねやっ going ぱ into 時 the 間ない match, 人にとっ hopefully. てはす So ごくプラスな気 we're がす hoping る that これっ players て would still jump into マッ like チ a し duty ないから今日 finder は寝る and かって hopefully ね get なくなるわけ the だからね enjoyment out of matching up with random people. So at this time, we are 効 unable 率 to でって考 address え it ると within っ the てことか 6.1 through 6.5 period, but we are looking to it for 7.0 or later. でちょっと注意なんですけど、はいはいまあどうしてもフェイスっていう呼び方をすると、うん、暁といけんのかなとあかー生ある NPC といけんのかなってイメージがちょっと強いと思うんですけどストーリー上こうそのマッチングでしかいけないからこそじゃあ俺は他のことをやってくるみたいなのでこうみんなちょっといなくなったりとかしてたと思うんですよ。あれまで全部変えるはさすがに無理なのでやっぱ無理だったね特に序盤とかは冒険者ギルドのメンバーだったりとか、やっぱそうだわ暁の光のなんだろうこう光の加護を持っているであろう他のメンバーみたいなイメージで組むケースが多いです。And I want to make another point of caution here. いじり Whenever 取 we ると say いけない trust か compatibility, I think だよね the thought Ariana that, と oh, いじ can り we 取ると go いけ into ない this から dungeon with members of the ちょっと Scions, or in sort of ト named トラクだったっけ NPCs? アリアナとい And じり取るといけないから some of these story dungeons ホーリーワルダーとも have いけないから key players kind そ of っちはそっ leading ちで the 嬉しいよ scene, ね like where い the じりドー warrior ル of が light goes 戦 into a いなが dungeon ら and 腰 say がとか somebody 言ってたら goes ちょっ up と and say, oh, 面 I'm 白 gonna く take ない care of matters over there. We can't have 腰が him って言 come って back just to join you お in じ the いちゃん dungeon. とか言ってたら So ちょっ in と those 楽し cases, くない especially the わし earlier はもうって dungeons, you will see your trust members as ホーリー like ワルダーかっこよ members さ from そう the だな Adventurers Guild or maybe other people who 楽 have しみなんだけど the echo ちょっとサブ accompany キャラ you in 作っ these て最初から dungeons. やりたいなただ、まあ、キーになるストーリー上のキーになるポイントで、うんうんまあこいつはやっぱり本当はダンジョン一緒に行ってほしかったなってプレイヤーの皆さんが思ってるようなポイントは、シナリオ一部カットシーンも含めてちょっと変更してでもできるだけそれにまあ添えるようにやっぱりニーズヘックと対峙するときはエスニアンも行って欲しかったなみたいなやつはできる限りそういうシチュエーションはなんとか対応していこうと思ちってるのでょっと待って私もう一回本当に最初からやり一部ねそれたいにちょっと変更する部分があるかなとは思います。全部は無理なんで、はい、そこはご了承ください。最初からやりたいイスイガ But ル that ド being 競合 said, 長と there か are さ certain key points in the story where we do understand ちょっ players と might マ have a ジで very ちょっ strong と待 desire って to 本当 have に最初からや particular りたいかも NPCs accompany you in a dungeon. So in some extreme cases, and not マジで extreme cases, but like some key points, the team will いや make ちょもうそう some 膨らむよね adjustments. We may have to change a part of the script so that it'll make sense for the character to join you. やば An example I can come up with off the top of my head is これ probably は the 最初からや Nidhogg りた battle. い I'm sure a lot of people would have thought like, oh, it would have been や nice ろ to う have やり Estinian たいな join as 時間ない part の of the に trust そんな時間ないの NPC. にやり So た we're い considering having that available. いやや So りたい there の may be some content that accommodates ってパリ for ア certain エ NPCs ス to ニア join ン you. だってこと I'm は afraid 他のキャ we ラもあ can't りえる address よね all of them. We can't make it happen こ with れは all the 美味しいね dungeons. So your understanding on that would be appreciated. そしてですね、ごめんねちょっと長くて、6.1 特集パート1の時にまた詳しくお話ししようと思いますが、新生ウォルゼアの後半って結構今のレギュレーションと違ってしまってるこうダンジョンとかが多いので、かなり手が入ってますいろいろ。
And of course, with the details of 6.1, we will have a dedicated live letter for that, and I will delve into details at that time. But I do want to mention that much of the content, especially in the later half of ARR, differ in how the regulation is set up. So there are changes that have been made. まあ例えばトトラクとかのドゥーンってなってヘビースローがかかるヘビーがかかる床とかなくなってます。なくなってんの For example, like when you go into じゃあちょっと天井とか the 高く thousand して laws も of らえるとす Totorak, ごい嬉しいんです and けど you step 壁 on と those かの like 幅 poison とか floors, and all of a sudden you カメラワ are ークめっちゃ疲れるんです hit けど with heavy or slow. We're ヘビ actually なくなったら getting めっ rid ち of ゃいい that. な。確かにまあ、あヘとはビ意味わかんなかったとかで意味わかんなくはないけどから申請するのに急いで作ってちょっとライティング良くないなとかいうところのダンジョンもちょっと絵的な調整もそれなりにやってます。マジか。ちょっと最 And 初から there や are るよ also これ some aesthetical やろうか changes な that we デュ wanted ーン to ってや make. つ There were certain areas デューン of の意味はっていう the さ earlier part of ちょっ FF14 とやろう when we か were な trying to 本当 quickly に just やば relaunch as a realm これ reborn. はあ So れで there し were ょ areas where lighting may not 確 have かに been デジョンもある 100% ね to デ what ジョン we も would have 歯 been 受けたの satisfied ね with. So we went back in and あ adjusted 楽 those し as み well. だなそしてですね、まあ他にもですね、8人まあ8人パーティーバトルの一番最初であるビットアッティン教習戦なんですけど、なくなります。And then one of the first 8-person party battles that you encounter, I believe, is Camp Westwind. And I want to mention that we are doing away with that. 皆さん大ショックを受けておられますね。そりゃショックなんだけど帝国の盾としてね、武人としてなん身を挺してやってきたね帝国将軍の一人、まあ将軍ではないけど正しくは8人でフルボッコはいかがなものかということでですね、ちゃんとコストをかけてですね、クエストインスタンスバトルとして、生まれ変わりますので。Considering Nicotine is like the shield of the Garland 3 Empire. 日連続 T さんだったらめっちゃテンション上がるぐらい T さん好きだったのに a very prominent figure. I think it would be very humiliating for 8 people to come in and just beat him up. So we actually allocated the resources to rebuild that battle so that it's going to be a quest instance battle that you go in. まあ他にも内閣外閣と呼ばれている8人ダンジョン、あれらもですね今回すべて4人用 ID に作り直してあります。ちょっとやばい And then of course, いろいろ変わって the るよみんな Praetorium and the Castrum Meridian. Sorry, I can't pronounce Meridian. ちょっと最初からやりたいな Those very long やるかな bases that you need to go. やりたすぎるね They were 4 originally 人だった 8-person 時間どうなるの content, but we are going to be changing it so メインルール that が these 消 are 滅して 4-person ちょっと instant 形の違うメインルールになる instanced のかな dungeons. なのでアルテマウェポン戦も切り出して、4人用としてシナリオモードを作って、はあはあであとラハブレアが憑依したサンクレットさんを8人でただひたすら無言で殴るっていうのもストーリー用のクエストインスタンスバトルとしてやりたいちょっと待って And so, 違うゲ your ームに battle なるわけ with じゃないけど Ultima or the もう一回やら Ultima ないと weapon じゃあこれは will be changed to a 4-person battle. ち We ょっと are 待って adjusting the ねscenario なんかそうなると最後に mode 1、 for 2回は言って that. おきたいよ And ね then where you go in and なんか名残惜し silently い beat な up La Habrea, タンクで1回 aka も行ったこと Tancred ない being から possessed 最 by 後 La 言っておこう Habrea, かな is also going to be adjusted so that it's a や like ばい an キャラ作 instance ろうかな during a story quest. 強くてニューゲームをやりたいけど普通にやりたいの最初からレギュレーション今のプレイフィールにできるだけ近づけられるように、いろんな改修をしつつですねパッチ 6.1 から 6.5 にかけて、4.x までの ID ですね、全部対応していこうと思いますので、よろしくお願いします。やば So, yeah, in a nutshell, we are going in and making many adjustments so that ちょっ it と fits with kind of follows suit better with how the game feels at this time. So,
throughout じゃあ patch ワクワクしてきた。 6.1 through 6.5, we will be looking 大 at 回 the 収だね。 various これ content は up 大 to 回 the 収。 4.x series, the different instance もと dungeon もと to サブ make キャラで作っ adjustments. て最初からやりたかったけど、さあ今のでめではこっちゃもっとのセクションやりたくなっ以上ちゃった。で次へ行きたいと思います。これから始める人にす So ごく moving い on い to ね。 the next section. まあかといって私は友達に FF やってることを内緒にしてる。 2つ目の新しい挑戦ですね、この、6.1 から6.5 までの期間、まあ、7.0 リリースまでの期間を使ってですね、まず、まあ、長期運営やっていく上で第一次のグラフィックスアップデートを、裏でね作業させていただきます。第一次グラフィックアップ So デー our ト。こ second れ以上綺 concept, 麗にな and る again, の？ this is going to be the preparation that we will be doing throughout patch 6.1 through 6.5, leading up to the 新 launch 鮮 of だ、全然変わ 7.0. るよな。 It is a long-term, or like preparations for いや、これは long-term すごい operation of the わ。 game, and 新鮮 we 性 want to よ。 be doing this in い the や、じゃあサブキャラ background, 結 but 構マジで we'll 考 be えよ preparing for our first graphics う。いや、 update. マルチでもやってなたいことあだる、けまあ、ど。なぜ第一次グラフィックスアップデートと言ってるかっていうと、まあ2次も3次もあるんだろう、もしかしたらってことなんですけど、なぜかというともうここまで11年運営してきてるともう尋常じゃないリソース、グラフィックスアセットが存在してます。うん。アセット？ So the reason why we named this the first graphical update, and that's of course to imply that there will probably a second and or third after this, but our game has been in operation for about 11 years, and considering all the graphical assets we have produced, it's an insane amount. やっぱり一気に極限まで上げようとすると絶対コンバートミスがあったりとか、そもそもコンバートの物理時間が足りなくて、もうデザインチームが無理です絶対できませんっていう答えになってしまうので、まあやれることを一回やって引き上げたらまたその状態で安定が見えたら次のをやってっていう形で、まあその第1回目が来るんだというふうに思ってください。And so if we attempted to update every single piece of graphical asset or resource that we've put into the game all at the same time, we might run into issues of conversion errors, or it's just physically takes a lot of time to convert everything. And consulting with the graphics team, they already know that we can't address everything all at the same time. And so what we're trying to do is address these in phases so that we can test out certain elements, see how they work, and if it seems to be stable, we move into the next phase. And so I think with our first graphical update, this will be like the first time we start testing some of these elements. 4K グレープスめっちゃ吹いたんだけど。やっぱみんな期待してるんだ、漆黒のこと。 I saw a comment that says 4K grapes. Thank you so much for that. That was hilarious. あそこに 4K とかね、なんか40万ポリゴンとかかけてると、それこそ914みたいにキャラクター全然表示できねえぞってことになっちゃうので、まあちょっとこれから詳しく説明はしますよ。That's hilarious, but like imagine spending so much resources just to get the grapes to be 4K resolution, and imagine spending 400,000 polygons just to depict a piece of fruit. We won't have enough resources to render our characters on screen. But let me go into the details. 向上していくんだね。そのグラフィックスアップデートは一気に、7.0 での投入を予定してます。ってことはもうちょっ So と先だ。 again, these graphical updates are intended to be implemented in 7.0. まあその次期拡張パッケージまでの間っていうのを、まあ、僕らのそのグラフィックスのアップデートのシェーダー追加したりとか、いろんなものを追加していくテスト期間だったりプログラム期間だったり、それに合わせたグラフィックスアセットのコンバート期間というふうにさせてください。So until 7.0, this will be again our preparation period. So this is where our team will be testing out various additions to the graphical elements, including different shaders. We'll probably need to write more programs. This is where when we're going to be doing our asset conversions, etc. でここが重要なんですけど、あくまでやっぱりマルチプレイのゲーム
であるっていうのをぜひ覚えておいてほしくて、やっぱり画面全体の美しさ、9番から申請した時に感じていただいたように、やっぱり総合的な美しさ、世界の美しさっていうのを追求していきますよと、コンセプトとしてはね。And of course, one key point that we want players to understand is that this is still a multiplayer game, and so we want to strive for the aesthetic quality of the overall picture and looking at the sort of beauty or the element, aesthetically pleasing sort of overall picture. だってこうまさにね、発売されたホライゾンのさクオリティでさ動くと思われたら困るわけだよ。あ、そうなんだ。あれで俺たち300人とか描画しなきゃいけないんでいやできはするんだけど、みんなの PC 動かないよ。確かに。あ、そうなの。ホライゾン見たよ昨日。 I see games like Horizon Forbidden West, and I don't want to get people to think that we'll raise our graphic quality to that. It's amazing, yes, but imagine having to render 300 different characters on screen at the same time at that quality. And it's not physically impossible, but then I don't think it's gonna run on anybody's PC. そこは覚えといてね、みんなね。はい。So please keep that in mind. ここをね、なんか勘違いされるのが一番怖い。怖い。That's the scariest 過 thing 去に for 何があっ people たんだ、吉 to 田 kind P さんよ。 of misconstrue. で、当然なんですけど、アニメーションとか、まあその世界全体、画面全体の美しさっていうところにやっぱりアニメーションとかライティングシステムっていうのも大きく寄与していると思うので、このあたりもアップデートしていきます。アニメーシ And ョ of ン、 course, ライティングシステム。 considering the sort of overall aesthetic, animation is going to be a key element we're looking at. Lighting is another element that we want to adjust as いや well. 大丈夫大丈夫。まあ例えばアニメーションに使っている、よくねメモリがって言われますけど、メモリの割り当てをちょっと増やすことによって今までより長尺のこうエモートモーションが作れるとか、あとまあそのライティングがライトの数が増えることで実は潰れていたバックグラウンドのディティールがより見えてきて、リソースに手を加えなくても綺麗に見えるみたいなところもあるんで。So what we mean by different updates to animation and lighting systems is, for example, I know people would automatically start talking about, oh yeah, memory issues with animation. So if we revisit some of the allocation of the memory for animation, it might allow us to create emotes with a longer animation loop, or with lighting, they're just having more lights than we had originally set up would allow for details that would have been sort of washed out or like not visible because of insufficient lighting to kind of show up. And so that will allow for an improvement in the graphical quality without us even having to adjust the elements that are already in the game. まあ重要なところです。はい。スタンドアローンのゲームクオリティにはなりません、これをですね皆さん頭にすり込むためにもですね寝る前に必ず一度復習していただきたいぐらい。And again, very important point, I want to stress again, the new graphics will not be comparable to those of standalone titles. This is again very important. I want you to remember it. I want you to repeat it before you go to bed. That's how much I want people to remember. まあ、とはいえやっぱりグラフィックスいろいろ手を入れてパフォーマンスというかね処理はより動作が重くなりはするので 7.0 では最低動作保証スペックの条件が、まあ、変わるのは確定です、ただできるだけ多くのスペックに、ね、対応できるっていうところはこれまでのポリシーでもあるので、捨てずにやっていきたいと思ってます、So that being said, we do want to update the graphics for sure, and so that means your processor might require more power in order to render these graphics properly or like efficiently. So we will probably have to update the system requirements for your machines and your PCs. We will try our best to accommodate for as many
models of machines to accommodate with the changes, but we do want to make you aware that it is pretty much guaranteed that we will have to update the system requirements. でやっぱり気になるプレイステーション4なんですけど、はい、気になります。この 6.x 期間中に、先行投入すると思いますけど PS4 版の最適化をやっていきます。And I know people are wondering about PlayStation 4 support as of 7.0. I think what's going to happen, and this will probably be done prior to the launch of 7.0, so sometime within the 6.x series, we do want to optimize the PS4 version for sure. で、さらにですね、まあ PC 版にあるようにグラフィックスオプションのカスタムっていうの PS4 版少ないんですけど、あれを増やしてですね、新しいその描画とか入れるとやっぱ重くなる部分があるので、重くても綺麗でいいやっていう人はオンにしてもらえばいいんだけど、まあオフにしてそのフレームレートを優先するみたいなことができるようにしていくので、PS4 のサポートっていうのも少なくとも 7.0 のタイミングではしっかりやりますので。でも So, and on top of that, there are various graphical configurations that you can set up on the PC version. Like you can customize some of the like display options, and we understand that it's a bit lacking in the PS4 version. So we do want to implement options in the configuration so that you can select like prioritize frame rate, or if you want to, if you're okay with performance kind of dropping slightly but still have the graphics performance, then you can select that option and whatnot. So I do want to assure you that we will continue supporting for PS4 at least until 7.0. ああ、そうか。あ、お急にね。みんなどう思うんだろう。これめっちゃリアルじゃない？ People's reactions are. 急に出てきたよ。俺かと思ったって言ってる。リアルす。Some す people ご think, く oh, な is that い me? これ。そうそうそう。なんかさ、多分ね、これじゃないよね、多分みんな求めてるの。試しに見せてるってこと？ I don't think this is what we are looking for. This is not what we would desire. なんか疲れた吉田って書かれてる。Some people are saying this looks like a very tired Yoshida. なんだろう。なんか違うでしょ。But it kind of does feel awkward. なんて言ったらいいんだろう。バツ。ちょっと。まあここまでリアルなならんす。そういうこと。めっちゃリアル。びっくりした。So we aren't going to be working to make it look this real. なんで見せたんこれ。まあいわゆるフォトリアルを追求していくとグラフィックスアップデートってこっちに行きがちなんですけど、おそらくファイナルファンタジー14の世界やキャラクターが気に入ってくださってる方、多分こっちを求めてはいないと思ってます。はいはい。 And some games, of course, 確かにこういうゲームは結構見るよ intent ね。 is to 本当 lean に towards that 人の photorealistic 肌質 depiction. だったりとか And めちゃく people ちゃリアルに tend to 追 lean 求 in してい this くっていう direction. か But I think そうい for うゲ those ームも who あるよ enjoy the ね。 aesthetic of Final Fantasy XIV, this is not necessarily what we want to begin with. では、今そのグラフィックスアップデートって実はテスト開発もスタートさせてるんですけど、テストスタートしてからまだ1ヶ月と1週間ぐらいなんですね。So with these まだ試 graphical 作段 updates, 階っ we て are ことか。 already starting testing actually, and 1 it's ヶ been about a 月 month and about a month and a week. 考えてる最中。なのでその1ヶ月と1週間ぐらいテストをして、まあこれだったらもう今出してもまあいけるだろうここまではと。まあこれ以上を目指すんだけど、まあ少なくとも一旦お見せしてもここまでは間違いなく大丈夫だよあると 7.0 でっていうのを用意してきたんでちょっと見ていきましょうか。ちょっとやばい。なんだ、楽 And しい。 so we are still very early in our testing stages, again about a Oh, month or yeah, so it's testing, got- but we do have results that we're yeah, seeing yeah. that is, ね of course, we're going to aim higher than what we're going to be showing you, but it's I think it's coming out pretty nicely, and we are relatively confident. So let us show こ you れ some とは of 違 these う感 images. じなんだよな、きっと。
こちらがですねテスト期間1ヶ月目のサンプルです。キャラクターですねまず。So from first month of ハイレ testing, ゾ化 so this と is one of the シェーダ samples. ー対応。これ左が今で右がテクスチャーをハイレゾリューション化してます。髪の毛も含めて。であとシェーダーを1枚入れてます。綺麗。 And so what you're seeing is the current image on the left, and then on the right, we've made the textures high resolution, and we've added a layer of shaders. あと、セルフシャドウって言って自分の髪の毛の影が顔に落ちた時、まあその自分のオブジェクトが自分に影を落とすのをセルフシャドウって言うんですけど、そこも調整してるので、結構ねセルフシャドウ実はすごい気になってて、カットシーンとかでも。影ね。 And one thing that we did pay attention to was the self shadow, or whenever there's like an object that drops the shadow on yourself, especially if you look at the bangs and the shadow it casts underneath it. That was something that I was kind of I wanted to address looking at the cutscenes in the なんか past. 目とかも変わる。でまあこれ1ヶ月目のサンプルなので。もっと上目指せるとは思ってるんですけど、動作保証あまりにも重くならないっていう意味では、今一旦お見せできるのはここまで、まあ、この上さらにいろんなことをやった上で最適化していって、まあ、やれるより高いところは目指していこうかなと思ってます。So of course we do want to strive for even better, but at this time I think from 1 month of testing and making sure that the game itself runs properly, I think this is what we can show at this time, and then we'll continue to test and we'll continue to sort of improve and then apply optimization. これやばくない？まあいわゆるヒロシと呼ばれてる彼でやるとこんな感じです。黒猫ハロー。 Derp Lander. N さんもありがとう。これはすごすぎる。ちょっとごめん、オッケー、ごめん、ごめん、耳大丈夫みんな。ごめん、ちょっとまあ戦月賞のボケ具合がまあなくなったりですね、髪の毛の柔らかいその耳大丈夫、ごめんごめん、ちょっと興奮しちゃった。まあセルフシャドウが高まっちゃった、ごめん。急に高まると大きな声出す癖があって、ごめん。 You may notice the face paint, the war paint is a lot crisper now. And then, as mentioned earlier, self shadow is nicer. I think it's brings out the softness of her face. よりリアルだね。まあこれがだいたい1ヶ月目だっていうのをぜひ認識しておいてください。うわ、やば。 Again, just to remind you, this is after testing for about a month. やば。ここの音楽来る。違う音楽がいいな。まあこの方向性で良さそうよね、やっぱりね。みんなのコメント見てると。いや、これはすごい。 Looking at everybody's comments, it seems like we are on the right track in terms of like the direction we want to take it to. 大きさは一緒なんだろうけど、ララフェルがね一番難しいんですよ。ララフェルの目の輝きが。 And the Lalfell was actually quite challenging. ララフェル難しいの？なんかリアルにするところがなくて。There no areas really to make it quote unquote realistic. どういうこと？可愛い目の輝きすごく好きだよ。目好き。まあでも髪の毛綺麗になって、目の周りはものすごく鮮明になって、まあキャラメイクしておけばね、もちろんいろんなパターン作れるとは思うんですけど。目が綺麗。But I think the hair has definitely gotten more defined, and then the eyes has become very crisp, and it looks a lot more alive, so to speak. And with being able to character create, I think it'll have like it will allow for players for a broad range. 目めっちゃ輝いてる。そうね、肌の感じをどこまでなんだろう、本当にツルツルにするのかララフェルは。こう少しそうは言ってもちゃんと肌っていう感じを出すのかは結構ね調整が難しいところだとは思ってるので、ただ皆さんが求めてるであろう方向性は理解してるつもりなので、しっかり種族ごとにですね調整しながらいきたいなと思ってます。ね、闇線だってこれ私もこれいいな。 It's still a challenge to figure out how do we depict the surface of their skin. Like, do we make it completely like flawless, spotless, or do we actually give it some texture to make it look like
skin, we want to believe that we understand what the players are looking for, but it is something that we still need to kind of ちょっと待って、他の explore. 種族もこれから来る。なんて言ったってね、11年も皆さんと一緒にこのゲーム作ってきてるんで、そうですね皆さんが求める方向は理解してるつもりではあります。いやー、すごいわ But again, we've been with you guys for about 11 years at this time, so we want to believe that we understand what the 一 players 緒 are だけ looking for. 1ヶ月ぐらい違うすいません、ちょっとテスト1ヶ月目ということでですね、キャラクターサンプルとしては以上になります。以上なのかまたなんだろう、途中でね、ファンフェスのタイミングとかあればまた途中経過とかね、お知らせしていけたらなと思ってます。はーい。ね、So BGM yeah, が気になる。 because we are still in the early stages of testing, この BGM as for 聞くとトラウ character マがさ samples, that is all that we have at this time. そ We're の hoping that 心 we が can continue to update everybody on いや、 the これ status. ちょっと Perhaps maybe やばい next な、 time we 私 can do it at like a fan ちょ festival っ or と something like that. 楽しすぎじるな。ゃあ改めてですね、そのキャラクター、まずそのグラフィックス第一次グラフィックスアップデートでキャラクターに関する表現のアップデート項目をお知らせしておきます。はい。 Okay, so just wanted to recap all of the different elements that we look to update for our first set of graphical updates in terms of characters. これまずですね、全体的にテクスチャーを高解像度にしていきます。髪とか肌とか、それから今日ちょっとねご紹介できてないですけど、装備品のテクスチャーの解像度も上げていきます。やばい。や So ばい。ブル first ース one プリット would さら be に綺麗 higher になる。 resolution textures, which includes hair, skin, and we weren't able to show any examples today, but we do want to improve the みん textures なマ of ジでって the 思うかもしれな gear いけ as ど、 well. ごめんちょっとお花摘んでくるね。私の分をで聞いてさらにですね、これシェーダーと呼ばれる、処理になってくるんですけど、質感の表現というのを向上させていきます。例えば肌、それから装備品の金属部分、あと布って、布用のシェーダーっていうのが実はあって、Q14 では入れてたんですけど、重すぎて外してるんですね。そろそろいけるだろうということで、布がもう少し滑らかに布っぽく見えるっていうシェーダーなどを今、研究トライしているところです。And then the next item, and this is relating to various shader processing, which is improved material qualities, of course, skin, metal, and fabric. It's interesting because in the 1.0 or like the old version of Final Fantasy XIV, there was a shader or like a process that was just applied to fabric so that it would look the texture quality would look like fabric, but it was too heavy of a load on processing, so we had to remove it in the relaunch. But we're testing various ways to see if we can apply something like that to make fabric a bit more, well, smoother and more fabric-like. And we're still kind of researching and trying out various methods. そしてですね、キャラクターに対してのライティングとシャドウの強化というのもやっていきます。特にね、見栄えに直結しやすいこうセルフシャドウに関してはすごくずっと気になってたんで。And then again, lighting and shadow, better lighting and shadow effects, especially for the player's shadows. まあさっきもお話しましたけど、できるだけプレイヤーの皆さんの今のキャラクターに持ってるイメージっていうのが変わらないように、綺麗になったな俺のキャラって思ってもらえるようにしていきたいと思ってます。Of course, again, our goal is to make it so that the overall appearance of player characters will be altered as little as possible. We want you guys to see the graphical updates and think, oh wow, my character's become pretty. で注意点が2つあって、はい、まず1つ装備品、信じられない数のアセットがあるのであれを 7.0 までに全部コンバートするのは不可能です。So 2 points of caution. The gear, we mentioned about updating the material quality of gear, but you know, there's an incredible, unbelievable amount of gear available for all of our player characters. And considering we'd have to convert them all, we will not be able to get through converting all of the gear by the 7.0 timing.
なので 7.0 で新しく実装されている装備っていうのは全て今回のグラフィックスアップデートを経た内容で作っていきます。なのでクオリティがより高いもので全部用意するつもりです。やば。 So any gear that is 今 implemented で十 from 分綺麗なのに 7.0 will その have 上ってなんだ gone through the process of the updated graphics. So of course those will be of the higher quality. ただし、できる限りこうプレイヤーの皆さんがミラプリとかをしておしゃれによく使っているものに関してはちょっと優先的にできる限り対応をして、またパッチ 7.x シリーズで徐々にその古い装備っていうのも新しい仕様に少しずつこう対応していけるようにっていうふうに思ってますので、ちょっと数年がかりで全体が上がっていくことにはなるかと思いますが、よろしくお願いします。But we understand that there are certain glamours that people use often, so we want to look at those and try to get those done with a higher priority in terms of like which to get to. And throughout the 7.x series is when we will address the rest of the previous equipment or gear. So I'm afraid it will take at least a few years to address all of the different textures. やば。あと NPC です。今回ね、ちょっと私そこキャラクターみんなクオリティアップするじゃん。バーンって。NPC 全員も無理だと思っていて、70までには。NPC 全員。 The other thing are the NPCs. I know we talked about updating the player characters and the graphics on those, but I'm afraid we're not going to be able to address all of the NPCs by 7.0. 申し訳ないんだが、クオリティの高くなった NPC とまだなんて順番が回ってこない NPC っていうのが出てしまうと思うんですけど、それもなんか面白くていいよね。それも許していただけると助かります。なんか開発途中に So 参加 I'm できてて嬉しいな。 terribly sorry to say this, but you may start 君 seeing はまだ9番だねって言っ NPCs て。 that have gone through the graphical updates and those that have not gone through the updates. But please, your understanding would be appreciated. これをね全部やれって言うと、いやもうじゃあグラフィックスアップデートやめましょう、無理です無理ですってなっちゃうんで、ちょっとちぐはぐっていうのが出ちゃうタイミングがあるとは思うんですけど、いや、もしちぐはぐでやりたいよ。承認していかないといつまで経ってもできないと思ってるので、待ってるよ、いじりドールがリアルになるの。なのでちょっとイルベルドはまだ後でいいかみたいな。あー、そっか、イルベルドがリアルになったら I were 余 to 計 tell 怖 my く team ない？ that okay, we need to do あのシーン everything, やばくない？ then people are just gonna throw in the towel and ちょっとあ be の like, シーン no, の this リア is ルな impossible. やつ So 見たいよな、見た I'm くない afraid there よ will be な。 times at which not all of the NPCs will have gone through their graphical updates and it might look a little disoriented or disjointed. But if I don't allow for that to happen, we won't be able to get to it. So again, if you could forgive us for going through that, that would be appreciated. いや、 Like 暁はやっぱ優先でしょ、同 not 時じゃ get ない his graphical やっぱり。 update as quickly as maybe like the Sultana, いや、 but 同時でやってほしいな。テレジアデレジはっていうお声が結構あるんですよ。ただですね、残念な、なんとテレジアデレジってプレイヤーのなんだろう、キャラメイクで作られてるんで、僕らが手を下さずともあいつ勝手にクオリティ上がってしまう可能性が高い。そういうこと？ some people are asking, oh, but what about Telegy テレジ Adelegy? アデレジってそうなん And だ。 I realize his expression is テレジア part デレ of ジ the 専 parts 用 that you の can 見 select た目じゃ when ないん you're だね。 creating your テレジアデレ character. ジっ So て。 because we're updating the player character facial parts, Telegy Adelegy is going to have his graphical updates already. So he may be an exception to ちょ those い役 NPCs. 扱いだったなんて。というわけでプレイヤーベースで組まれてるものはね必然的にそうなるんですけど、まあ7もさんとかはねやった方がいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ精査まではしきれてないので、ちょっとそういう状態が出るとは思うんですけど、よろしくお願いします。あー So yeah, any characters that are built based on
facial parts or body parts that are available for players to utilize will probably be updated simultaneously with like the player character graphics. But there are certain key NPCs that we're also looking at. Maybe the Sultana, but we have yet to sort of assess, and we will continue to sort of explore the options. いや、おろしファンがちょっと綺麗に今日お見なったからやせしたのりたいのやるなはら繰り返しになりますが、テストをスタートしてまだ1ヶ月ちょっとのデータなので、さらなるですねクオリティの向上に向けて他の種族も含めてですね、テスト続行していきます。いずれ装備とかもねこんな感じになるよというのもお見せできればと思ってます。いや、装備楽しみだな。 Yeah, again, what we showed you was only 私 about ブルースピリ a ット month or 使 so of ってるけ testing, ど、 so より we're 輝いて hoping 綺麗になったら to めちゃくちゃ provide you 嬉 with しいん more だけど。 updates as they come in. Perhaps the other はい、戦士 races, 頑張ろう。 perhaps we 今 can 戦 provide 士 you の an ブルース update ピリッ with ト gear, 使いたくて etc. レベル上げ in してるけど。 the not so far future. ギリさんも早めに来てほしいな。そうだな。でもオリジナルそうだもんな。結構コメントであったんですけど、はい装備の干渉なんとかしてほしいって、あれは正直どうにもならないです。物理エンジンを入れて、計算でかわすしかないんですけど、それをやるとやっぱ動かなくなっちゃうと思うので、あとやっぱり装備の干渉を許可してる僕が、もういいとこれは割り切ってくれって言ってるから、今のペースでそのアセットギアが報酬が装備がリリースできてるっていうところもあるので、努力はしますが根本的にオフラインのゲームのようにはならないので、そこはすみませんご了承ください。And I'm also seeing comments about can you do something about like gear or equipment or like player characters like body parts interfering with the graphics of gear, equipped gear. And I'm afraid that is something that we cannot address fully. We would have to put in a physics engine in there, and that would cause for some of the characters to kind of not move properly anymore. And plus, I, as the director, have allowed for those imperfections to my team. I'm afraid we're just moving on with it, or else we won't be able to keep the pace in releasing these different gear and the different designs that is available. So I'm afraid we are unable to address it fully to match something that of a standalone game. Sorry. さあでは次はですね、ちょっと BG マップに関わるところもテスト1ヶ月ちょっとのサンプル持ってきました。We have more samples though. This time it's for various backgrounds and like map elements. まずこれは単純にテクスチャーとかに何も手を入れずに配置できるライトの数を増やすっていうテストのサンプルです。So this first image is a test of just simply the number of lights we can place in a certain scene without it touching any of the textures or surfaces. 配置ライト数をですね、複数増やすとこんな感じになります。全然違う。確かにライト So が we 増え just たね。 added a few more lights in a particular scene, 見やす and くなったかも。 what you see is in the right side of the image. ライトがですね遠くに左側ね1灯しか焚けないので、ちょっと見てほしいのは手前側にあるデスクに影がほぼ落ちてないのが、右側複数ライトによってちゃんと影が出るようになってるでしょ。リアルになってる、それによ So っ if て。 you look at the one on the left, we were only able to place one light source in the いや、 scene, この方が画 but 面 in 見や the すい picture な、 on the 私。 right, we were able to place 暗くて multiple ぼやっ lights としちゃう to 時 give it があ a る more からさ、配 realistic 信して look. ても思うん And だけ as you can see, ど。 the desk ね、ライト is の now 数ってこんな casting に a 変わるんだ shadow. ね。まあ当然分かりやすく上の方にライトさらに1灯追加されてるので、まああそこまで作り込んでたのにライトが当たらないことによって全部黒で潰れちゃってたのが、まあ、しっかり見えてくるようになるので、これね多分プレイじっくり見ていないとというか受ける雰囲気が変わるので、これによって。And of course, I 私だ think からさ、 one of the key PS4 の画面す changes っ that ごい you 明 can る see くし is てるん because だ we け were ど、 able そ to れで place も a やっぱ light 暗いな directly って on 思う top. 時あるもんな。 You're able to see some of the details that would have been kind of hidden あ、 behind こん a な変わるん shadow. だ。 And so I think with allowing for more lights to be placed, it will kind of give you a better impression 同 of じシ some ー of ンなの the に。 atmosphereちょっと and 違う some と of こ these みたいだね。 locations.
ライト綺麗でだな。さらにですね、こちら今の現在の状態のティターニアですね。十分綺麗ですけど。You see Titania in her current or in their current state. でこれはシャドウです。シャドウのテストをお見せします。So this is where we tested out how shadows 十分 appeared. 綺麗なシャドウにま見影に使ってるテクスチャーの解像度と計算を上げていくので、これぐらいくっきり見えていくようになると思います。ちょっとSo this is where we tested the texture as well as the calculation formula behind how we're displaying the shadow underneath Titania. And we believe that we were able to improve the quality and the resolution up to what you see on the right image. PS4 さらにですね、これ複数ライトも置いてみてるので、もう今の14だと左の環境しか作れないんですけど、複数ライトさらにカラー変えたりしていくことで、右のようにね、かなり複雑なライティングの絵作りっていうのができていくようになります。これ And as you PS4 で can も見れ see, ますか？ we have multiple lights again in this これ PS4 だ updated と見れ picture, ないで and 動 then き plus 遅く we な put るんだ some ったら colored 本 lighting. 当にパソコ So ンでや the るの考えよう background かな。 is exactly the same, and it 影 was がす actually ごいリ quite アル、ぼやっと intricately してな built. い。 But by having 光が these 強いことに different よって sort 影 of がはっ lighting きりしてる available の。 to shine on す it, ご you い。 can see the なんか complex 色合いもすごい details 綺麗に that なった was な。 part of the structure. ちなみにこれ左のティタニアのストーリー的には左の雰囲気がいいなって言ってるコメントがあるんですけど、はい実はこの状態をさらにグレードアップさせたバージョンを BG チーム作ってきたんです、サンプルとして。ただ開発者目線で見ないと分かんないからライトの色を赤とかにして複数ライトが混ざってるっていう環境を作ってくれって言って、僕がわざわざデザイナーがセンスよく統一してきたものをバラしたんで、なるほど。デザイナーのセンスじゃないので、これね僕のプレゼン用だと思ってください。デザイナーの名誉のために言っておきます。デモ用ですね。ああ、そういうとこも分 One かっ thing I て do want to すごい clarify な、 because somebody 吉田 pointed P さ out んは。 they liked the look of the original Titania where it has that sort of mood with all the なんかい muted ろいろあるの colors. ね。Yoshida wanted to, or I want to point out that this is あ、でも綺麗な the タニア the 様の色 developers がさ actually ね、 brought to わ me かりやすいよ an ね。 example 色 of つけて。 what improved graphics would 綺 look 麗だ。ま like あ確かに with ここの that シーンって stayed きっ within the と color palette of the original 確かに picture, 左は but 左 that's でいいけど very な。 much in the developer's perspective, and I い wouldn't やでも be 綺麗 I だ wouldn't な。 be able to tell the difference of what has improved. That's why I had requested my designer より to 綺麗なも intentionally のが綺麗 place に見えるっていう red か。 lights, something that's more obvious, just to show an example. So don't worry, this is not what we're trying to do. We're not trying to like destroy the atmosphere. いや、 The 綺 designer was very 麗。 mindful about keeping な the んかこう tone なっ of てたんだっ the て。 story, but 思う I ところ wanted とか結 a 構ない。 more like overt example. So just wanted to clarify 羽 that. が綺麗だな。でここでちょっとね特に注目してほしいのが、はい。画面右の奥、上の方に見えてるステンドグラスのあたりをちょっと見ていただきたいんですけど、すごい綺麗です。 And one part that I do want to point out, if you look at the upper part of こ the んな細 image, かい描写だったんだ where ね。 the stained glass is, これ左と右マップのポリゴンは何も変わらないんですね。テクスチャー解像度も変わってないです。あ、そうなの？ so just reiterating that we have not changed any で of 影の the 影の polygons that are 解 in the 像度変 map えるだけでこんなにリアル layout. に見えるの We ね。 did not improve any of the textures here. もったいないね、こんなな綺麗のでライなんだったら。トを変える複数置けるようになるだけで、実は BG アーティストたちがこだわって作っていた箇所っていうのがより明確にちゃんと見えるようになるんですよ。いやこれ左はは全部影で見せた方がいい潰れてるんですけど、もともとちゃんと凹凸あるんですね。はあ、これは見せた方 And がいいよ。 so こんな綺麗だっ this た。 is すご what く I'm ない？ trying to show with this image is that by being able to place multiple lights in もっ a たい scene, ない。これは見せないと。 we are able to showcase the ね、影 details だけで that こんなに our 変わるんだね。 background artists have put into the structure. So above these stained glass, you might see これ these は sort 見 of せ like たいわ。 tiered sort of molding on top, and the picture on the left ってす it ごい makes よ it このステンドグラス。 unnoticeable because it's 後ろ kind とか of 左の方も drowned め in ちゃ the く the ちゃ綺麗。こ shadows. っち So だとやっぱぼやっ by とし being て able る to もん place な。 multiple lights, we're able to accentuate those details that our 最初 background から team やりたい has な。 put into the structure. ちなみに
バックグラウンドアーティストたちはライトの追加をやっていこうって言ったらめっちゃ喜んでました。ああ、そうなんだ。So when we were talking about adding multiple lights, the background team definitely had a very strong reaction to that. よかっはっきりさあで見えなかったら次はで寂しいよすねね。、こちらは金属表現を、その質感を上げますというサンプルになります。これより So next sample we want to show you is how we depict like the texture of the これ metal. でこれ以上どうやって上げるの？こちらもですねデザイナーの趣味というよりはですね悪趣味なぐらい変えてくれって言ってるのでそれをご承知おきください。そうなんだ。悪趣 And 味 of なぐ course, らい this 変わる again ね。 is supposed to be an example, and so I asked my designer to make it very じゃあ悪趣 gaudy 味 at な this ぐらいだね。 point. 金属になる So と please 思って understand る it is わ not necessarily the designer's choice. 確かに。まあ元々やりたかったけどシェーダーがなくてできなかったので、まあこれぐらいゴールドをちゃんとやっこれていきますよ確。かにこれなんか上にテレ So ジア up デレジ立ってる until ね。 now, we didn't have the proper shaders to apply, but we would love to improve どこだろう、 the これ。 look ど of ここれ。 metallic surfaces. For example, gold テ here. レジアデレジがいますね上に。た。すごいですよね。本当に吉田の家じゃんって書いてあるんだけど。家こんなんなってんの吉田さん。仕事してないわ。 People are saying, "Oh, is this Yoshida's house?" これは悪い人 No, 住んで if ま I す were ね that これ。 rich, I wouldn't be working. これ怖いもんで今まで我々が左を金だと信じてまいりましたけど、なんかもうブラスにしか見えないですよね。So いや yeah, 確か actually we に trusted 右 left が side 金だ screen is これ gold は。 up until now, but now it only see brass. なんか no これ more. 完全にまあこういう形で金属の質感強化っていうのもやっていきます。まあこれはねとてもわかりやすい例じゃないかなと思います。わかりやすい。 Thank you for that. But yeah, again, we're trying to make improvements to the material quality, so the look of metallic surfaces as well. さらにですね続いてはマップに使えるメモリっていうのも、上限を上げてあげようと思っているので、それによってですねより多くのオブジェクトが配置できるようになっていきます。はいはい。 And next was to look at the memory resources allocated to rendering a particular area on a map. And I'm looking to raise that sort of cap so that we can place more objects in a particular field. まあこれ左側が現在よくちょっとマトシャと出会ったりするところですけど、こんな感じになってます。これ現在ですね。So the left side, you may remember your first encounter with Matsuya. 十分綺麗でしたよ。でそれがですね今回このぐらいまではいけるだろうと。And with testing, we are seeing that we could possibly place more objects like 最近 these. できたばっかりじゃないですか。左と比べてですねやっぱりまず注目点としてはその1枚のループで作られてたその階段状になってる部分っていうのがそれぞれ素材違いをしかもこう組み合わせでずらして配置したりすることによってこう使い込まれた感とかより出せていける。この辺りはね実はすごく大きいと思います。これは And so in こ the れ left, 最近作 you った may エリアじゃ notice ないの that こ it's こ。 just a repeat layered on like a 最近作ったエリアじゃないですか。さらにこんな細かくして私たちもう一回やりたいんですけど。 you can see that we are able to place なんか objects 今見に行って not もいいけど exactly また初めてここに like 来た感 on 覚に top of 陥 each れ other, そう but じゃな like い you これ。 can shift it by a little bit. It'll allow for a more realistic depiction of the area has been used. So this is actually quite it helps with like the immersion. であとはその床ですね実は、床の上にもう一枚テクスチャーを重ねてブレンドさせることでですね床のこうひび割れだったり細かい今だとねメモリがないので巨大な床を一枚貼ってどうにかところなんですけどそこをさらにこう質感上げていけるようになる。And then the floor or the ground, with the graphical update, would be able to add another layer on top to give it more texture and kind of blend it in. So like cracks in the ground. Previously, we wouldn't have enough memory, so we would just have to paste one giant floor and deal with it. But with the graphical updates, I think we will be able to improve on the texture quality as well.
そしてですね、続いてからちょっと BG でお知らせする最後になるんですが、はい。 Next is, I believe, the last set of samples that 音楽いいですね。 I've seen for the background い elements. やーやばこちらです、はい我々開発チーム最大の敵、自動草って呼んでるやつ。ー。おーおーお So this ー。い is や、今で one 十 of 分 our 綺麗だと思いますけ pet ど。 peeves, arch nemesis, I should say. These are like these automatically 入れるのと generated か好きだな。 grass. これがですね、カットシーンのチェックをやってるとですね、割り込んでくるんですよ。自動で生やされるんで。多分カットシーン作ったスタッフの時には生えてなかったんでしょうけど、はは僕がチェックする時は生えててですね、このジャギジャギがすごい入ってくるんですよ、カメラに。あ、カ And メ this ラ is に this is so it takes away from Jaggy, cutscenes when it barges in. I'm sure when the cutscene team is creating ジャギ the ジャギって表現 composition, す they る。 don't see the grass because this is just automatically generated after the fact. But sometimes it's like so close up and it's so pixelated, and that pixelation is it ちょっと it bothered me これ very どうなる much. の？今回もね、実はちょっと裏話ですけど、はいまあ、エルピスで、ヘルメスにね、うんメーティオンにせがまれてエルピスの花をこう見せるはいはいはい。シーン、夜空でねあるじゃない。であるヘルメスがこう仮面を外す、うん。あそこがですね、何度チェックしてても自動草が入ってくるんですよ。で頭にきたんでもう BG 班に頼んでこの辺もう草生やさない設定にしてくれ。あ、なるほど。そう除草剤をだの？撒いてしまったんですね。だった So の？ one behind the scenes なかったよね。 comment I wanted そういう to こ make と？ when I was looking at the cutscene in 自動 Elpis, 草 sorry って敵だっ spoilers, たの？ but Hermes, when he's talking to Meteon about, oh, I want to show もう you 一 the 回あのシーン見たく flowers なったの in 今の話聞いて。 Elpis, and そう he か、ここは removes ジ his ャギジャギがあっ mask, て。 the grass automatically generates, 負け and it 除 just 草剤を負 it け gets in the way. So I got so mad. I told the background team, like, can you make it so that you don't have grass being generated in this part of the 笑って the 笑っ ground? てあみさん笑ってます。でそれがですね、今まだテスト中ですがこんな感じになります。はい。ちょっとリ But アル that になっ will てる。 be updated hopefully. Again, we're still testing, but this is a sample image of what it could わ look すごく like. ない？でまあ種類もね複数持てるようになるので、あああこれね草原から上は何も手入れてないんですよ。向こうに見える木とか変わってない全く今のままなんですけど、まあこんなに変わるですよね。すごい。 So, and plus, we are able to generate まあ a 確かにカットし variation ながら of ジャギジャ different ギが入って grass たら。 or plants. And so, while we ね、haven't 手前の added ジャギ or 感ない modified な。 anything in the background, like the 見てる見て trees この and ジャ the ギ感 field が in な the い。 background have not been これなら modified, 見えても the 大丈夫だ look of ね。 it is different because of how we can process these automated あす grass. ごいこなれはです綺ね自動麗。草そのものを入れ替えるので、うん申請から行月まで全てのあ、なるほど。マップでおー自動で生えてる草が綺麗になります。ちょっと待って、いつからやるサブみんなっ And て。 for this update, we will be やばくない？ replacing ちょ the っと system that generates ね、 these 複写って grass す or ごいな。 plant life. And so this should be applied throughout all of the areas from around Reborn throughout Endwalker. みんな。さあではバックグラウンド頑張ったね実はねこれまだあるんですけど、ちょっとどんな表現バックグラウンドを上げていくかというのをお知らせしておきます。はい。 We've done various other testings in terms of background elements, but allow me to summarize again. まず先ほど、サンプルでも見ていただきましたライト配置数の追加、い質感凹凸表現ね雰囲気の強化っていうのがこれによって、行われます。すごかった。 So again, we are going to be doing additional lighting points, so improved visual quality, depth, 楽し and みすぎるこ immersion. れ。そしてですね影の高解像度化うんうん影のテクスチャーを高解像度にすることでですねちらつかなくなったりですね影がよりメリハリが効くようになります。いやーこ And then higher resolution Stand over shadows. us, And so we'd be 他のシーン improving 楽し the みだな。 texture 歯 of 受けたとか the どうなるの shadow か and how it's な。 depicted so that it will allow 歯受けためちゃくちゃ for 綺麗綺麗 like になり flickering, そう。 decreased flickering. ちょっと嘆きの海のマップを思い出していただきたいんですけどあそこ実は雰囲気を宇宙空間にするために、
ライトの距離をすごい遠くして、全体の暗さをこう締めるようなことをやってるんですけど、結果そうすると影がものすごく長く表示されるんだけど、テクスチャー解像度が低いがゆえにすごいじらついたりボケたりする箇所が結構多いんですよ。ただ雰囲気を優先したんで我慢してたんですけど、そういうところもですね、より綺麗にちらつかずに影が出てくるようになると思います。行くの楽しみだ So な if you would recall よりなんか Mare 雰囲気が出そうだよね Lamentorian and 影が出るこ how とによって we さ were trying to depict or make it seem like you're in outer space いや and や make sure ばい that わこ the れ lighting had been placed in な a んかめ very っちゃワクワ distant クするんだ location けど so that we そう emphasize 僕 that なん sort だ of けど darkness that surrounds you. Because of 草見る that, のが whenever こんな you're on 楽 the しみだ moon, な your んて sort of your shadow カッ gets トシーン very 早く見たい long, な but because the shadow textures were not optimal, そ you んな would そ see こだけ綺 frequent 麗に areas ど that こも would 綺麗にし cause か見てな the かった shadows 私 to flicker or it could get blurry. So with the graphical update, we're だよね hoping めっちゃ to 綺麗だった improve よね so that those shadows would come out a lot crisper. いやーすごいなそして質感表現の向上です。これもシェーダーでですね、金属とか布とか、まあそれ以外のちょっとシェーダーも今検討布もしてま変わるす。のか布 And の then, 表 of 現今よ course, り変わるってす improved ごいな textures, which 今では includes すごい布 metals, 綺麗だなっ fabrics, て思っ and て we're たの also に trying to consider 金は what ねさ other っきのでなんと elements なくわかんだけど can we improve. 金はもうそして最後にご覧いただいたい自動配置植物の強化、高解像度にしたりですね、あと植生をね、種類を増やしたりしていきます。Lastly, more and better auto-generated greenery, あそこの which シー is ンであれだけ increased 物を増やすって resolution, ことは variety, and etc. これで画面全体にフィルター効果として非常に重要なアンビエントオクルージョンっていう機能だったり、フォグ、いわゆる霧をこう重ねるみたいな、それをフォグって呼ぶんですけど、これらに関しては今テストをしてるんですけど、まだちょっとサンプルをお見せできない状態です。And we're also considering other effects or filters that would apply to the overall そっ screen, かあそこのシーンとかも霧 including 入ってる ambient もんな occlusion あの霧がもっ and とリア fog ルになるって effects. こと Now, those are still being tested, but we なんか比 couldn't 較し produce てやりたく results な that るね比 we 較画像 can 比較動画み present たい at なの this さ time. まあ上がってくるんだろうなめちゃくちゃ雰囲気出るし、めちゃくちゃクオリティ上がるんですけど、やっぱ画面全体にパフォーマンスの影響を与えるものなので、慎重にテストをして、しっかりこれだったら大丈夫だろう、その皆さんが極端に PC を買い替えたりとかしなくても、あとオプションでねちょっと切ることで軽くできるとかっていうのをちゃんと用意した上で、ここまでやれますよっていうのをちゃんとお見せできる。まだちょっと1ヶ月じゃそこまではいけないので、まあ、ただこれらも強化はしていきますので、また続報をねお待ちいただければと思います。じゃあ PS4 だと切らなきゃ And いけ we ないって言わ totally れたら嫌なん understand だ that け it ど will give it a different sense of atmosphere, or it would really improve the mood if we had those kinds of textures applied or those filters applied. But it does affect the overall performance of the game. So we will need to test it very carefully for sure. So we want to explore our options, but we also want to make sure that we are at a state where we're comfortable and not requiring for so much resources that players would have to like, update their PC to an extreme, or be able to provide an option to shut it off if you want to optimize your performance. So I'm afraid we're not able to show you anything as of like a month or so of testing, but we're hoping to bring you updates further down the line. So yeah, if you could please stay tuned for that. 私も今最高品質でやっさてるてでは、グラフィックス第1次グラフィックスアップデートの、まあ、今日お伝えできる範囲としては、ここまでとさせていただきます。Okay, so in terms of the graphical updates and the preparations that we're making for it, I think is all that I have for today's presentation. 何食べようかな。さあでは続いて、3つ目なんですが、まあ、引き続き多くのアップデートこれまでと変わらずですね、適切なスケジュールでお届けしていきますよというお話です。スケジュール。So yeah, we will continue to provide regular updates on an appropriate schedule. いつかな。
せっかくの機会ということでですね、はいちょっと 6.1 から 6.5 まで現状決まっているものでお知らせできそうなものをお知らせしておこうと思います。はい。お願いし So ます。 I would like to share information that we know that お願いします。 we're going to have from 6.1 through 今6.5. 2月でしょ。まずパッチ 6.1 なんですけど、こちらねリリースタイミングが読み切れないと思うんですけど、皆さん4月には出します。はい。4月。So Okay. 6.1 タタル series. I understand that it's still kind of hard to see when it's coming, but we are looking at April at this ちょっ time. とこれまでにヒルディやっておきたいな。当然ですがメインクエストのアップデート。トっていうのは 6.1 から 6.5 まで新しい冒険をお届けしていこうと思ってます。Of course, part of those updates will Melodyさんってさ、 include 石割の復興に出 the てくる？ updates to the main もしかして。 scenario. 出てこなかったっけ？ We will have a new story with each patch メガネかけてるよ installment. ね、多分ヒルディさんと。そしてですね、全世界から帰ってこいと言われていた、事件や紳士ね、ついに帰還でございます。ヒルディブランドの行月編が、始まりあ、やばい、ます。これ聞かない方がいいかな、私。Of course, we've heard many Oh, boy, people ask for him to come back. This あ、ここには出 gentleman てこない。じゃあ違 extraordinaire, う人か、 Mr. あの人じゃない Hildebrand, か。 will be making his return. 新しいサブクエストシリーズとしてですね、タタルの大繁盛商店というのが、連続として始まります。これ何ちょっとこれ楽しみなんだけど。 And then, of course, a new series of side 本当に quests named 実装される Tatar's ね、これ。 Grand ちょっと、Endeavor. じゃあお店ちなみに始めちゃっヒルディブランドが最後に目撃されたのはパッチ 5.3 で実装された漆黒決戦ノルブランドでエリディブスによって召喚された中にいましたね。確率でたまに出てくるんでね、あいつID の中に、はいあそこですね、最後に目撃されてるのは。I believe the last Hildebrand, last time みんな Hildebrand が was 私 seen が一緒にや was った時 in ヒルデ patch ィだって言ってた。 5.3, the Hero's でも私 Gauntlet. ヒルディわ And かん this ない is か a ら random わかんな occurrence, かった。 so you may or may not あ have の seen 時ちょ him. っと But 違う when ことで頭がいっぱいだっ you た are から doing さ。 your Warrior of Light battle, 早く行かないとっ he て。 is one of the people 最 that 初お子 is 様みたいになって summoned. たから全然見てなかったんだよさあどんな冒険とかねみんなやっ進行中になてたよな。るのかぜひ引き合って楽しみにてみんないるいるって言ってたけど誰って But yeah, 感じ we だったな are. 私 We も hope you enjoy 鼻水 whatever 噴射しちゃったごめんなさい。 odd adventures that he gets into. まあどんどんいきます。パッチ 6.1 まだまだあってですね、アライアンスレイドミソロジー・オブ・エールズや12時にまつわる物語はいですね、上からスタートしますすい。ませんはい Continuing with patch 6.1 updates, Jojo, we will have our Alliance raid, Myths of the Realm, アライアンス part 来たね 1, アライアンス implemented. 楽しみだな This is アライアン going ス to delve into or touch upon the mythos of the 12 gods. そして新 PVP のクリスタルコンフリクトというのが、スタートして蛮族クエストアルカソーダラ実験があって、ゼツは本当お待たせしました、レイド大好き勢、本当お待たせしたんですが最新ゼツリリースします。絶粒 And 子 so 戦士 next is the new PvP, the Crystalline Conflict. これ We や will らな have く a て new も見 Beast てみ Tribe たい quest, な or like a new tribal quest. 絶 Arkasodara の上が絶だったっ tribe け quests in their dailies, and then a new ultimate content. Thank you so much for your patience. Our new ultimate duty will be implemented as of 6.1. 名前が気になるゲームはねアルテマになりますがもうバランスチェックも終わっていて結構むずいですよ。現アルテマウェポ And ン of 破壊 course, 作戦 we will finally be reopening the Unreal battles. Ultima's 粒子 Bane 戦 will 争とアル be テマウェポンの what's 言動 coming for the next Jetsuが battle. 出るってこと？ We are currently testing this out, but it's Jetsu と quite 剣どっちが上なの？ challenging. アルテマウェポンってもともと結構初期に時間のない中で作られていて、IL が結構みんな上がってるんで、いろいろギミック無視できたりとか、被弾してもそんなになんですけど、レベル90でバランス取り直してきっちりアイテムレベル確定させたらね、やっぱ面白いしやりごたえあるなこれって感じでしたよ。Of course, when we first designed the ultimate weapon fight, it was done in a rush, and then by now I think people have raised their item level, so even if you take damage, it's not as bad. But with the Unreal battles, we have adjusted the boss fight so that it matches
that of a level 90 player. So and we've kind of finalized the item level. So testing it out, I enjoyed it. It was a very interesting battle, and it's very challenging for sure. でも今ちょっとコメントであったんだけど、蛮族クエストっていう蛮族っていう呼び方やめたいなってコメントがあって、確かにそうだね。ちょっと考え直そう。メモっといてもらっていいかしら。はい。考え直すって蛮族クエストの名前。There was a comment about the beast tribe class, and it seems to not be very favorable to call it that. I know we're trying to shift it to say tribe class, or like we're just calling it by the tribal name in the English, but we are going to try to figure out a better way to phrase it. 流れ的にもなんか蛮族って呼ぶのってなんか違う気がするよね。まあめっちゃ調整続いてるんですけど、多分一番難しいと思うんで、やる方は覚悟をしておいてください。やる人いるの？みんなやる人いるの？ And I want to backtrack a little bit to the ultimate duty, the new ultimate duty, and we're balancing right now and making adjustments, but it's quite difficult. So if you're up for a challenge, that's fantastic. But yeah, it's going to take some. It's going to again be challenging. 実は 6.11 かな。6.11 Oh, I'm sorry. もうすぐじゃん。 Ultimate そ would し be たらあれ not から配 6.1, 信 but とかも結構盛り上がった 6.11, so 形 it で might ちょっと見 it's てみ probably たい not な at。the same time as the major patch. メインシナリオをやったり、ハウジングの抽選に応募したりとかすると思うので、2週間空けて出す予定かな。はい。ちょっと楽し We みだな。 are hoping that players would enjoy the main scenario first, and then 6.1 is also when we open up the Ishgard housing. So I'm sure people will want to sign up for like housing plots. So we're going to wait 2 weeks after the launch of the major patch and then release the ultimate duty. まだまだあってですね、6.1、さっきお伝えしたメインクエスト ID のフェイスタイル 2.0 半やって、それ以外のID もちょっとグラフィックスの調整とかいろいろやってます。So continuing on with the 6.1 series updates, いやこれちょっと so 楽しみ the だな。メインクエ main スト ID フ quest, ェイス。 sorry, the trust system メン for ツ A が Realm 気になる Reborn な。 Patch いじりど 2.0 うで main 入るかな。 scenario dungeons. そして新しいリワードシステムとしてですね、キャラクターカードっていうのの、システム実装が、ドーンと始まります。キャラクターカード And って then a あれ new か？ calling card style UI. So this is going to be a new reward ここ type に出てくる system やつ。 that ごめ we んなさい plan ここに to とか言っ start てもわかんない。 implementing. まあこの辺の詳しい内容はね、3月4日からのまたパッチ 6.1 特集、パート1、パート2の方でお伝えしていきます。そしてお待たせしたロスガルの、新来たね、ロ髪型対応スガルのがスタートとなります。新しい髪型。So for this calling card style UI, this お得意さん is 増え something て that る will ね。 cover in our next まさかのちょっ next と two 待って、お得意さんはや live りたいな letters. これ。 There's one definitely planned on March the 4th, and we'll do like a 6.1 feature, part 1 and part 2. So we'll delve into details at that time. いや So 全然想 next 像してな item かっ would た。 be お得意 new さんは。 hairstyles for Frothbar. Thank you so much for your patience on this. そしてハウジング、石屋ガールドハウジングが秋、お得意様取引はなんとアルフィナ・アリゼのお母様であるアメリアンスアメリアンスにしたんだろう。 The next two items Aurelius is the opening どこに of 来るんだろう。 Imperium or Ishgard housing, and then custom deliveries. You get to meet with 一緒がれ Alphino た and ハウジング。 Alize's いやフリーカン mom, パニーのちょっと抽 Amelians. 選だけでもしたいからお金貯めてるからさ、抽選いけるからちょ新っと頑張ろう。 PVP はいつですか。まあまたちょっと PLL で詳しく言いますけど、6.15 を予定してます。はい。We had a question about when is the new PvP いや、私も going ユル to スと go か。 live. いや、ユルス。 Again, we'll cover this in さすがにア the メリアンスだと思 upcoming ってなか other ったけど、 PLLs, でも but 嬉しい we ね、な are ん looking か。 at 6.15 timing for that. まあそれ以外にもですね、透滅戦など多数のものが、まあ透滅戦名前言えないですけど、ありますんで、ぜひご期待ください。ここまでがまあ 6.1 のざっくり概要です。はい。いや、楽しみで And of す。 course, new trials. We can't say what, but other assorted updates are planned for the 6.1 series. いや、そして続いて 6.2 ですがこんな感じになってて、まあ一番の注目はやっぱりお知らせしていた、無人島開拓が 6.2 からスタートになります。
So next ミニオン up is 結構 the 買ったよ負けを 6.2 で series. This is one めっ of ちゃ高いや the つ以外は large, 全部買ってみ like the た anticipated content, I believe, is the Island Sanctuary. That's when we're going to start opening this up. 昨日全体を一通りチェックしましたけど、めちゃくちゃでかいんで規模。あだいぶね組み上がってるんで、もほんといいのそんな I had the opportunity to check the overall sort of content yesterday, and it's あれこの quite 音 large 楽 scale, but I think it's coming along nicely. うまたちょっと今日は時間がないのであれですけど、詳しく説明する機会は取ろうと思いますが、基本的には外の世界と全く異なるそこだけで完結できる遊びになってますし、まあゆっくり本当にゆるくやれるので。楽しみに待っていただけると嬉しいです。いいな、ちょっと配信の始め無人島から So I'm 始め afraid たい we な don't have the time to cover いい it な today, こ but れ we will take the time 楽しみ some at another opportunity so that we can explain そうか the 武器 details 強 of 化コン this. テン But ツってそ it れ is か going to be a different sort of area that you can enjoy, and it's a very self-contained sort of content that you can ディ enjoy. ープダンジョンみたいな感じでまあ2.x 残り新生オルゼアの 2.x シリーズのメインクエスト ID を全部対応し、想定編にも突入します。はいあとは武器強化コンテンツの新しいシリーズをスタートしますとかですね。So going back to the earlier bullet points, いや we なんか will be ノラ applying さ the んと trust 行くのが system さ for って the 言ってやめちゃっ 2.x た人 main も知って scenario るからさ dungeons, maybe 教えたい partially なこれできるよう into になるって Heavensward. It says まあでも here. 全体的にできるようになってからああそうだ、もうの方がいいかね多すぎて入れてないんですけど、ミラプリの拡張もねちょっと Twitter にも載せて 6.1 みようから第1弾始まるんで言っときます。そういうのよかっ Oh, we also want to mention we will be expanding on これはい glamours. いなこれちょ glamour っとミラプリのごめんなさい、ミラプリはグラマープリズムの方でそういうこと言えない感じですか。第1弾はプレート増やすをやっていく、まず第1弾。So glamour related updates. I'm sorry, I wasn't sure how to phrase it, so I squeezed it out of Yoshida-san. We will be addressing and expanding upon glamour plates as part of the first glamour related updates in 6.1 series. ほんと困まあちょっとってた全部書ききれないけど、いつもの討伐討滅戦のノーマルと極があるとかいうのは、まあいつも通りやっていくので、まあその辺は書かれてなくてもあると思ってもらえると助かります。Of course, プレー we ト will 増えるの have めっちゃ嬉し whatever いも content ん that もう you 何 can 消 expect そう in かって考 attached え updates, て so て like ミ new ラプリがで trials, きなくてさ etc. なんかやっぱ It's 思い not 出 written 深 here いさ because we couldn't ミ fit ラ it プリと all か in the 消したく slides, なくて but さ yes. 収納数増やすトライもしてるから、ごっそりどっかのタイミングで増やします。おお And we're also looking at like how to expand upon like the number of 増やさなく sets ていいんですか stored. So 100円でも we're hoping to find an opportunity to do ドラえもん消 that さんわ update, like a ドラえもんじゃねえわ not an overhaul, but like an update on that キ as ング well. スライムだわそしてですね、さりげなく書かれてる新しいこの 6.2 から新しいバトルコンテンツ、タイプが全くこれまでと違うコンテンツを今開発中です。これ気になる And then the fourth bullet Yeah, point, この前 it's さ just kind of ガングレのジャ stuck ブ in 系やっ there ててさ as 坊主や part ほん of とやりた the くなって updates, but it's さ a new thing that we're trying to も do. うあもう坊主やや It's り a たい dungeon やっ with てみ variable たいなと思ったん difficulty. だよなこれ難易度可変ダンジョンって今開発コードネームなんですけど、1人から4人でチャレンジできて、1人で行く、2人で行く、3人で行く、4人で行くっていうので、自動的にそれに合わせて難易度がコントロールされるっていううわこれチャレン最高だねジ型のコンテンツになります。モンハンライズのあれみたい人数によ And って so 敵の強さ変わ the るの code name that we're using これは here 行 is き like やすいね Criterion パーティ Dungeons. ーファ But ンだ so めっちゃい you いじゃん can これ attempt this with 1 to 4 people, and what makes it variable is that if you go in, depending on the number of people you go in with, so 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, the difficulty sort of varies. It will automatically scale. So it's like a content where players can sort of 私 challenge 結構昼間配信すること themselves. とかも多いからさまあこちらも組み上がってはきてるんですけど、まだ調整いろいろチェックやってたりするんで、まあ 6.2 に近づいてきたらしっかり特集していきたいと思います。はい楽しみにしてます最初なんか一人 It で is わけ coming わか along らず行く nicely, のもあり but だよね and we're still performing ね、行きやす checks くなる on な。 the content. So please stay tuned for new デ information ィープダン as ジョン we やって雨の as they 柱 become もちょっ available とやって when ボ we ス can やも talk や about ってやりたい 6.2. な
そして 6.3 になるとですね、メインクエストの ID フェイス対応が争点編をここで完了させる予定です。パッチ And then moving 6.3 into 6.3, so we これめ continue っちゃや to りたい add more trust 6.3 だって NPCs. 想定 We 編 should be able to これま address でに the remaining main scenario instanced dungeons in Heavensward. でかいのはですね、世界中からですね、ディープダンジョンシリーズの新しいのがやりたいという、お声をたくさん頂戴していたので、そうなの今企画をやっている最中です。また別6.3 クールとで、ディープダンジョンシリーズの第3弾実装予定です。わあこれまでにディープダンジョン And 終わら then せたいな players from around the world had 雨の asked 見柱も about な when do we get a new deep dungeon. And so we are in the あ planning ーディープ phases ダン at ジョン this この time. 前3人で We're 行ったけ hoping ど to 一人のアチーブメ launch ントも the しご一 third 人でも今 in 度 the 行ってみよう series か of deep な dungeons at 6.3雨の見 series 柱も行き timing. たいなそしてですね、すでに、開発スタートして進んでるんですが、Z シリーズの第5弾を、6.3でリリース予定です。ちょっと配信誰かの見 And てみ then よう we いや are 誰の already 配信も starting to 見た make ことほ plans とん for どない this, から誰 but の見るか迷う we な do intend on adding one more ultimate あや duty, っ so てる this 人 will be 多 the そうだ fifth か one ら in the 見 series. てみよそしてですね、6.2 でリリースされた、無人島開拓のアップデートももちろん行っていきうます。あ And then, of course, 開発してもすぐアッ because we プデー will ト be してくれ opening る up の the island sanctuary まあ as 改 of 善点とか 6.2, 結構アップデ at ートしてくれるの 6.3 かな series ちょっと待っ timing, てや we りたい will ことありす continue ぎ to ないこれ update it. イゼルとか出てきで4と5はちょっとパッチ 6.4 と5はまとめてのご紹介になっちゃいますが、この4と5でグレン編のメインクエスト ID のフェイス対応を全部終わらせて、いやこれで、夕霧ストーリー上にさんとか登場する出る ID のかなは、全部対応が終わる予定どうです。する豪雪とか出てきたら And then next, でもなん next か page まあ covers 出て both こなかったら出てこな 6.4かっ and ただけど6.5出てきたら series. めっちゃ But 飛燕と by か出て this きたらどう time, するちょっと we aim to complete the trust system implementation into all of the 妄想しちゃうよやっ Stormblood ぱ main り期待 series しちゃうよ scenario, こんなに main できるの scenario かなってちょっと dungeon 思っちゃうよね series. ね And so that should get through all of Stormblood. で難易度可変ダンジョンと呼んでる新しいバトルコンテンツシリーズの第2弾とか第3弾も入れていきますし、無人島開拓の開拓エリアを追加したりっていう予定ももう大丈夫当然ね我々長期計画で進んでるので計画予定されてます。ちゃんと寝てください Then, ね of course, our Criterion dungeons will see an update. We should have numbers 2 and この音 3楽ちょっ implemented. とあれか And な then ちょっ for と Island Sanctuary, at this time we want to expand upon the area. す So ごく we'll な have い an ねちょっ additional と今 area. 見てるけど多くなでですね、いのか例えば青魔同士のレベルキャップをどのタイミングにする、はい解放どのタイミングにするのとか、そういう状況を見ながら調整しているものに関してはどうしてもまだ言えないので、それらもちゃんとどっかのタイミングでやっていきますんで、またそれぞれでですねパッチの特集をお待ちいただければありがたいなと。やらないとかいうわけじゃないんで、ここに書かれてないものは、大丈夫かなま心だ配になってくるね詰め切れてだんだんないものはちょっと言えないのでさすがにこのあたりはもう全部確定しているのでお知らせしてお大ります。丈夫かな青汁 I'm sure Oku- some of you might be okuritawa. wondering about, okay, when is the 大丈夫かな？ next time the Blue Mage is going to have their ね level 本当に cap あと10年 increased? 楽しめる計画を本当 And, 聞かせていただいてる Some の of these items we need to monitor the situation, and 大丈 so 夫 I'm か afraid な we なんか aren't able 楽 to しみと同 determine 時に心 exactly 配に when な this is る going to ぐらい happen. な But we do 楽しい intend こといっ on ぱい増やし doing て it. くれてますけど We will share more information when we are going to do like a patch specific like updates live stream. Please note that even if it's not written in the document, it 主 doesn't 人 mean 公が that 内田優馬さ we're んかだ not け going 早 to め do it. に公開してくれると嬉しいです Yeah, there might be information that we're still in the だが planning ない phases and PS5 we か weren't able to solidify ちょ at や this ばくない time. So いやパンデマニウム完結 we 楽 will しみだ continue な to look at the various リ existing ソロジ content オの夜 and 完結 provide 楽 updates し when み we can. 覚えることいっぱいですねまあなんかパッチ情報を出すとみんな細かいところあれはどうまあこれはどそうなりますねうってやっぱなっちゃうねうんまあ皆さんが思ってることは基本的にやっていくんで大丈夫ですよ。ちゃんと寝てくださいね大丈夫だよ I see that people in the できなかった comments are できなかった talking で about various ち
ちゃんと granular areas 大 of 麦 patch 若は摂 updates. 取してな。 And I think it's safe to say that そんな things 子たちが that 寝てた people らいいもん we 作れ know ない people な。 are ちゃんと寝て expecting 寝 in て a んの regular かな。 update こ will ういう more than 人って likely 寝てんの be かな。 included. So I want to make sure that 私みたいに寝る前にちょっと一回 yeah, 麻雀しちゃっ don't be て worried. 寝るの遅くなっちゃったとかじゃまあアルカスソーダラのはい。次がのはどうなるの、種族ってどうなるのとかもう全部決まってます。決まってんのちゃんと毎パッチやっていくので、まああれかなこれかなって思いながら待っていただけると嬉しいです。でもアルカソーダラ族からやりたかったからめっちゃ嬉しい。 The tribal quest beyond Arkasudara is いや楽しみだな。 I'm sure a 早くやり mystery, たいな。 but ちょっと we レベル上 have げ a ておかな plan. いと。 We do have like which group いやほん to とルビ focus in on, and ル we ビーには do 全 want く触れてない to わ。 have content available per each of the patch. So いや it'd be 私 great シ if ョ you ー could トスリーパーっていうのが wait, よ or く not わ wait, から but ないん like だよな。 speculate, kind of でもいい imagine し what kind of ル what ビーは which もう振 tribe ってあ will るんです we あれで。 we あ be れで振った focusing こと in になって on. るから。あとゴールドソーサーも予定してるんですけど、お4になるか5になるかまだ決まってないんでちょっと待ってください。え、ゴールドソーサー予定？ And we do intend on making Gold Saucer updates, but we still haven't determined if it's going to be 6.4 or 6.5. So that's why we're not ね、ちょっと mentioning it at BGM this どうにか time. なんないのこれ。さあというわけでまあ変わらずですね、もりもりでやっていきますよというお知らせでした。But yeah, いや just ほん wanted とモリモリ to すぎて go 心配 through にな all る of ぐら these いのモリモリ具合 roadmaps でし just た。 so that we know that we あ、 continue 新 or しいゲ we ームの plan 追加 to されるのゴー continue ルドソーサー providing に。 very hefty スノーボード updates. がいいな、スノただーボード。ですね、一個皆さんにこれを踏まえてですね、ちょっとお知らせをさせてください。はい。 But with that being said, 何ですか？ allow me to make one announcement. メジャーパッチサイメジャーパッチのサイクルについてです。 And this is regarding the major patch cycle. これまでですね、申請スタートからですね、まあずっとできるだけこの3.5ヶ月に1メジャーパッチ配信っていうのを、まあ目標に掲げてやってきました。 So of course, since the relaunch as A Realm Reborn, we've tried to keep this pace of one major patch update per every 3.5伸びても months. いいよ。でこれをですね、本当申し訳ないんですが、2週間プラスしてですね、4ヶ月にさせてください。全然いいと思いま And す。 I'm terribly sorry to ask you of this, そっか、 but 今ま we でそうな need んだ to ね。 extend it by 2 3.5 weeks, ヶ and 月だ so ったんだ。 we want to change it so that it's one いや、 major むしろ。 patch every 4 months. そうね。でこの2週間って何かっていうとですね、まあ我々開発内では実装期間っていうのと調整期間っていうので大きく2つあるんですけど、この実装期間にプラスあと1週間、それから調整期間にプラスあと1週間の時間をいただいて、まあ、マイメジャーパッチを 3.5 ヶ月でなんとかやってきたのをちょっと4ヶ月、まあ、プラス2週させていただけると助かります。いや、そうして So く of だ course さ we い。 have periods of our development cycle where it's む development しろ and then 2週間で大 implementation 丈夫なのかな。 and various これで adjustments, ちょっとで fine-tuning も that 睡 we 眠時 do. 間を確保で So きるんだっ those たら 2 ね。 weeks that we ask そうな of の、 you 周 for your 期短い方 patience なの、これっ is て。 1 week for additional 大丈夫ね。ね、 implementation ね、社 and 会 then 人って 1 ちょっ week と for 心 or 1配 week になる。 additional なんか for こんなにいっぱい fine 増やして tuning. くれ So るの that に。 makes it that 3たった2週間プラスで 3.5 大丈 months 夫な now のか turns な。 into 4 months. でですね、夏季休暇期間とか、まあ、我々やっぱりサマーバケーションスタッフに渡したりですね、年末年始やっぱり家族とねゆっくり過ごしてほしいっていうのがあるので、まあ、夏季休暇期間とか年末年始の場合には、まあ、これにプラス1週間ねさせていただくことがあるかなと思いいや、いいます。と思います。 And in addition to that, we do have breaks, like summer vacation or summer いや、む holidays, しろそういう New のな Year's かったら holidays. I'm ちょっと sure 心 people 配、 have 本当 family 心 that 配 would, にな they る would わ。 visit over the holidays. 私たちは And ゲームを so 楽しませてもらって for るのに、 those 作ってる holiday 人たちがね、 seasons, we プライ might ベー see ト an 充実 additional できな like かっ 1たら week's 心配だよな。 not delay, but like 1 week's time added as well. まあやっぱりここまでその前半の10年間っていうところでもお伝えしましたけど、相当みんなの開発チーム運営チームのモチベーションというところに頼ってやってきたところがあるなと思っていて、まあそれは僕自身のこう稼働の高さも含めてなんですけど、まあ休みたいというよりはやっぱり適切にみんな健康で
健やかに開発に取り組むことでよりクオリティも上がっていくだろう。でもまあ事実足りてない無理をしてきたっていうところもあるので、ちょっとそれが理由になってます。はあ、よかった。そう考えて As I くれ explained て in よ the かっ first た。 half when we were looking back at 途 our 中で first 倒 10  れたと years, かなったら心 we 配すぎるわ。 really depended on the motivation of each of the 本当。 developers that are on the team. And me included, I was moving ちょっ around とね、 and very hands-on with my 本当大 team. 変そ But う。 looking at our schedule and how we もうゆっ work, くり休み I ながら do ね、ち want ゃんと my 休み team ながら to 作っ be て healthy もらっ and て be 用意さ able れたも to のを sort of 楽し maintain むの a にね。good level of quality because they やっ are ぱ健 taking 康 the 第一です necessary よ。 breaks. ね、上 And 司。 to be honest, there were 私もブラッ areas ク企 where 業で we 元 might 働い not てた have からさ、 performed as 有給 well っ as て we 自 should 分で取れ have るものだって知ら because なか some っ of たわ。 us may have been pushing too hard. So that's 有給は the この日に reasoning 取ってねっ behind て言われた日 why に we 指定 want されるもの additional だと思っ time. てたわ。でまあ非常にね皆さん優しいコメントいただけてるんで、あ、とても嬉しい。特にスタッフの健康とかね気遣っていただけてるんで、とても嬉しいんですけど、まあこれまで 2.0 からねなんとか 3.5 ヶ月でこうやってきたこの実装10何週調整何週みたいなのでまあやってきたんですけど、ちょっとね比較を持ってきました。比較 And thank you so much for the kind comments regarding our staff and making sure that 比 you're 較を showing 持 your ってきた。 concern to our staff members. It really warms my heart, and I'll make sure to relay that. But considering what we've been doing in terms of providing an update every 3.5 months since 2.0, and でも we もう work 広すぎてた。 with a schedule of like such and such weeks for 甘いも implementation の and 食べたくな whatnot. って So きたね。 we put together this comparison たこ chart 焼き for 食 you べ to たい take わ。 a look. まあこれまで、うんうん。企画開発、調整デバッグっていうのを、まあ、3.5 ヶ月でやってきてたんですけど、はいはい。お、なんだこれ。 Of course, our development largely is broken down to planning, development, adjustments, and え、なんか debug. 増えてない？ And this is some of the numbers that we've pulled up. それ同じ周期でパッチ無理だわ。 3.3 の時が左の列、5.3 の時が右の列です。 So the column on the 全部増えてん left じゃん。 is patch 3.3 やば。 series timing, and then the column on the right ほぼ倍の is とこ patch とかもあるよ。 5.3 series. まあ、コンテンツ数がねそこまで極端にってわけじゃないんですけど、やっぱジョブ数がまずね11だったのが18になってたり、ボス数が作ってるボス数がもう17から23って増えてるんですね。これ当然調整コストめちゃくちゃ増えてるんで。ましたな。こりゃ同じ周 So, 期。 I む mean, し the ろ2 週 number 間で of 大丈夫なのか content, な。 like types これ of って content, may not have varied over the years. But if 本当 you に look at, 大丈 say, 夫？ like the number of jobs, ほ from ぼ patch 倍とか多い 3.3, けど。 11 jobs, we've now jumped up to 18 as of 5.3, which もっ means と a 増 lot や of してもよ different かっ balance たんじゃん。1 adjustments ヶ月 for とか。 those. Number of bosses have gone from 17 to 1ヶ月増や 23. しても誰ももちろん文句言わなねいと思う開んだけどな。発スタッフっていうのも皆さんからいただいた月額課金で、まあ、どんどん採用してどんどん増やしていて、チーム規模も当然上がってるんですけど、うんじゃあ人が増えればそんなに簡単に僕ら工場製品作ってるわけじゃないので量産が上がるかっていうとやっぱりそうではない。トレーニングも必要、経験も必要。やっぱりそんなスーパーエースたちが中川とか須藤とかがバンバン育っていくわけじゃないのでああ、これはあれです Of ね。 course, with our development team, thanks to the support via monthly submissions or subscriptions from everybody, これ we 聞 are くとやっ able ぱちょっと to 2週間で strengthen い our いんかって team. 心 We were 配 able に to な hire るわ。 additional staff, and い so や、すご our い team な、 has 吉田 definitely ペイさんって grown. 本当に。 But I mean, we're not in a そう、納得 factory しちゃった。 manufacturing, like we're not an assembly line. So そう we か。 require まあ、 training. ど We こ require の for 会 our 社って staff いう to か gain 企業 experience. もそう、 Not 同じだ everybody よね。 is a 何 super 週 ace 間で player 足り like るかな。 Nakagawa or Pseudo. 例えばこの開発チーム運営チーム三角形だとした場合に、この三角のスケールはめっちゃ大きくできるんですよ。はいはいはい。だけど結局上の方に行くと、
どこまで行っても最後は頂点はディレクターとかプロデューサーってなってくると、ここがやっぱそんな簡単には増えないんで、まあ、何でもかんでもたくさん調整もチェックもせずに出すってわけにもいかないから、まあ、吉田を別に分身させろとかその培養して増やせばっていう考えもなきにしもあらずだけど、ちょっとまだテクノロジーがそこまで追いついてないんで。やっぱ吉田 P さん3人ぐ So らい if you would するには無 imagine 理な技 our 術な sort ん of だな。私 team, も3 I 人 guess にな our れたら staff 毎 or 日配 how 信 we're できるんだ organized け is ど like a giant triangle, 仕 and of 事 course す we る can 私 always が一人 scale だ the けいてくれる triangle だけ to で be 毎日配 larger, 信で but きるん I だ mean け it's still ど a triangle, so the tip is クロー very ン作りたい small, ね and when you get to like the director 最 and 近配 producer 信でき level, ないんですけどやっ I ぱ mean り we クロー train ンが欲しい fantastic です people, 自 but 分 like の it doesn't grow in numbers as much as By like game when you する scale 私作り the たい lower part of it, and 配信する there 私 still 作りたいです吉田 requires さん私 a lot of adjustments that need to be applied あ on そ the うなん things that だ we ディ do レクターとプロデュ create. ーサーほら2人 And なん of だ course, it それ would 一人 be でやってる awesome の if we can create like multiples of Yoshida. Maybe if we can clone him or like, I don't know. But still, it is quite a challenge. 吉田にハイデリンキックして分割しようって言われてて、それ薄くなってんじゃん一吉田。一気に14個。一人の力が薄くなっちゃった Somebody's saying, perform the Heidelin kick on Yoshida and sunder him. Then we'll have 14 of Yeah, him. But then wait, no, but で he's も人が sundered, so he's 変わる like ね考え thinner. もちょっ Like と変わ this, ったり you し you ま have す a から diluted version of him. また違う何かがハイデリンキックで生ままあれるからでもね、例えばそのカットシーンの数字なんてね、2時間25分トータルだった自動送りしていくと、まあ、パチコートだと4時間30分になってるんですけど、まあ、当然ですけどそのいただいた利益で人も増やし、いろんな会社さんにお願いして腕のいい人たちにたくさんカットシーンやっぱ作ってもらってるんですけど、どうしてもねディレクションする側っていうのの人数は限られてくるので、それでももう倍増近い感じですし。And if we look at the cutscenes, we went from 2 hours 25 minutes to 4 hours and 30 minutes. And this is like if you let the dialogue autoplay. じゃあ私はちょっと But ベ I ル mean, サーに we キックしてもらおうかな brought on many talented people onto our 13 teams. 人いたらドラクエする私 we still FF する require 私マ somebody リ to オカ look ー at トする the 私 product チョ that コ they ボ GP す create, る and 私と there needs to be a 積 director み that ゲーを makes 減ら sure す that 私 we're とか作れ aligned. るんだけどもうなんか面白い、もうなんか楽し能力そうの薄い吉田ただのやからやんけってちょっと吉田さんどう何言ってんの Comments still going on about Thunder Yoshida, like, well, but what if he's like that's like も a う low イケイケだよ quality な Yoshida. そうそうやっぱ It's 初 just めて見た just 時 a man. ドラクエ10の上の人と全然まあ、というわけ雰囲気違うでですね、なこれからもちょっと今日おえ伝えした内容 7.0 に向かっていろいろやっていきます。パッチの物量というのも頑張ってまた作っていきますし、クオリティとか調整というところも妥協なくねまた進めていきたいとは思うんですが、まあその分ですね、ちょっとこれまでのパッチサイクル3.5 ヶ月にプラス2週させていただいて4ヶ月っていうサイクルでですね、ここから先まだまだ楽しみお届けしていこうと思ってます。こちらこそよろしく But yeah, お we 願 are いしま making す various わあなんかもうね plans 次はleading up to 次の 7.0, and we still want to 次 continue の bringing you 10 the 年って different 言われ patch るのがこ updates. んな And に so 嬉しいって思える with ゲ the ームにな different るゲームになると思わな elements かっ that た we 自分に implement, とっ as ての well as そ the の balancing that we do, the fine tuning, 10 we 年 don't want to 続けるよっ compromise て言 any わ of れて that. こんなに That's why 嬉しいって思えるなんて we do want to continue 嬉しい producing わ the 10年で patches きるよ to み the ん quality な that we hold 口 ourselves 回ん up なかった to. So we do 10 want 年 to 後 ask み for んな that で initial ま 2 weeks so た that 10 we 年やった will ね have って言いたい the 4-month な patch cycle. But we will continue to 10年 bring 後もや you ってよ regular ちゃん updates. と青汁飲むわまあ本当にあと10年やっていけばとてつもなく長い旅になると思ってます。皆さんとね一緒に今度は20年歩んでいこうってことになるかと思います。な And we strive for another 10 years. This is our goal. And I'm hoping that we will get to a point where we will be celebrating, or like we will be looking back at our journey in our 20th like anniversary. まだまだやりたいことね、チャレンジしてみたいことあります。驚いてもらえることやっていこうと思いますので、ぜひこの先もですね一緒にまたお手に作っていただけると嬉しいです。はい。
we do want to 10年後 do あ more, 10年後あれだね take on 20 more and more 歳ぐらいになってる challenges, bring you more surprises. 10 So 年前は赤ちゃんだったから I want to FF できな continue かった building け this ど together with you all. So yeah, it 10 would be 年後 great if 20 you 歳 could か continue そしたら to ちょっと keep with 柴犬 us. 本体に戻るかはいでは前半もうちょっと前半はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is all about the first half of today's letter live. 今日の前半、プロデューサーレターライブの前半戦はここまでとな1個忘れりまたす。どうぞ。あ DC トラベルはいつが結構多くて今のところ予定 6.18 かなで予定してますんで Sorry, one more thing. We did see a lot of comments about, so when is data center travel going to be implemented? We are currently looking at 6.18 もうちょ timing っと for だ that. ねはい、ありがとうございます。Thank you very much. ではこの後休憩に入るんですが、ですね、今日は後半戦は通訳は別の方にお願いすることになっておりますので、あゆみさんがここまでとなります。So before going to break, because we have another person for translation for the Q&A part. So that's it for あゆみさん today. So あゆみさん皆さんに一言ご挨拶お願いします。いつもありがとうござはいい、ます長い間お付き合いいただきありがとうございました。Thank you guys so much for your patience as we navigate through all of Thank you, this. thank you. But yeah, I will see you guys some other at another opportunity. ありがとうございます。Thank you very much あゆみさん。まあでは、僕がね安心してこうゲームシステムの話っていうのを全世界の皆さんにこういつもの調子でお届けできるのは本当にあゆみさんの高い翻訳スキル、特にね僕の性格を把握した上でのやっぱり、トランスレーションがねもう長くなりますのでね、僕らもコンビを組ませてもらって、そうですねなんで本当に助かってます。いつもありがとうございます。ありがありがとうございますここどうやって訳しましょう。ブックが言えばいい。Yeah, because あゆみさん really knows 自分をね吉田さんの褒める characteristics very well. So 褒める it's rely on, we あ are very ボルボルさん relying 代わりに on あゆみさん 's translation for, I mean, when he explains なんかやっぱ自分のことを褒められてることを Thank you very much, 訳すのは Aimi-san ちょっと照れるのかはな、い、では今から休憩に入るんですが、1時40分再開。So we want 結構ある to な restart the latter part of the letter live at the 1:40 分休憩 p.m. Japan time, which is in 20 minutes. うんでですね、今日の休憩のお供をご紹介したいと思います。So, during the break, we have two videos today for you to enjoy. 20分あるから1本ならいいやと思ったら2本あんのかよ。Yeah, we have a 3-second 前回の digest 音楽し preview か of った the, な。 all the songs from the upcoming End Walker soundtrack and a time-lapse video of 休 mosaic 憩できない art we 休憩 created だったよ live ね。 using screenshots that we were submitted あ by なた our さんありが players とうね during ありが another とう broadcast、2本ありまして1本目は、先日つい最近公開しましたエンドウォーカーのサントラが出ます。それの、3秒ダイジェストの全曲紹介の、トレーラーがありますのでそちらをご覧いただき、その後ですねこれも先日ご紹介しましたが別の生放送企画でモザイクアートを皆さんからお送りいただいたスクリーンショットのモザイクアートを作るという企画がありまして、それのタイムラプスビデオがありますのでそちら2本続けてご覧いただいて、また、1時40分から再開したいと思います。はい、それでは休憩です。ビデオをご覧ください。待ってどうぞ。ご飯いつ食べるわ。あちょっと見たいな。おおそうたこ焼き食べたいけど私いつご飯食べればいいこれいや諦めてご飯食べるか。目離したくないなということで40分からということここのチーンってやっちゃった食べながら見るか。ね休憩させてもらう。後から見ることもできるしね。ちょっと休憩するか。そうだね。ちょっと古いスマホ持ってでご飯ね食べないと絶対後悔するよな。ここがちょっと見えないじゃあちょっと黙るわ。みんなも見たいだろうし。じゃあご飯食べるねみんな。
ちょっとくるくるしてる、くるくる、ちょっとくるくるしてます、くるくる。どうした急にくるくるやめてなご飯食べに行こうと思った。くるくるやめてな。ちょっとどうした急にみんなごめんね公式で見てな、くるくるしちゃったとこ。なんで急にくるくるすんのちょっとご飯食べていきます。いやちょっと待って、邪魔な字出てきた。上にちょっと待ってみんなちょい待ってな。ちょっとこんなにでかくご飯食べるアピールするつもりはなかったんですちょっと待ってくださいねちょっと待って、縦にどうやってやんの食べてくる。ちょっと待ってよ。待ってね、どうやって縦にするかわかんない。縦にできないのこれでかかった電子レンジ使うとブレーカー落ちちゃうから使わないです。これ縦にできないの。難しいね文字ってとりあえずご飯ちょっと縦にできないから、ここのシーンね、これにしとくわ。これで伝わるかな、ご飯食でご飯食してくれ分かりするご飯食よし、これでいく。ちょっとご飯持ってくるね。終わったらちょっと喋るかもしれないです。なくなっちゃってる。ちょっとどん兵衛の鴨だしそばでも食べようかなと思いますちょいちょいマイクを入れるっていう寂しがりやかっていやご飯食べないと後でお腹空いちゃいそうだよね。みんな私これすごい好きなんだよ。こう落っことしてへこんじゃったやつは
日清のどん兵衛鴨だしそばを食べたいと思います。うまみたっぷり鶏つくね入りです。ずっと鴨の肉だと思っていたらずっと鶏でしたちょっと入れてくるわ、お湯。あ、お湯でもまだ沸いてないわまだ沸いてなかった。お蕎麦あったかいもの食べたかった。ちょっと寒かったので。寒い寒い。いや楽しかったな。前半でこんなに楽しいだなって。いやでも前半で今1時半でしょ。11時からだったから11、12、13、2時間半かかってるから、あと2時間半かかると思ってやった方がいいよねペヤングにタコ飯風なんてあるの？タコ飯風いやいいな。海鮮丼めっちゃ美味しそうなんだけど、めちゃくちゃ美味しそう。みんなのコメントをね見ております。皆さんありがとう。たこ焼き食べたいんだけどさ、たこ焼きお好み焼きの素だったらあるんだよな。一平ちゃんの豚ネギそば、ちょっとみんなやっぱさ簡易的なものになっちゃうね、こういう日ってさ。あ、鴨うどん食べた。鴨うまいよね、鴨あ、ちょっとお湯沸いたから入れてくるわ。さっきまで健康健康って言ってたのに。マルチーさん、どん兵衛食べるんですかって思ってる人もねいるかもしれないんですけれども、大丈夫です。今から野菜ジュース飲むからこれでチャラです。野菜ジュース冷たい冷たい。いいな、銀だこ。銀だこ美味しいよね、銀だこ。後半は Q&A だから楽しい話ばっかりではないかと思う。そうなの？Q&A が多いの？ちょっと今のとは違う感じになるのか、後半戦は。
どん兵衛のカレーうどん美味しいよね。私に七味めっちゃかけて食べるの好きだな。はあね、簡易的なものになっちゃう。今何時だ？一応時計画面で出しといたんだけど、やばい、あと6分しかないんだけど、私6分で食べれるかな。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと急いで食べるね
はい、戻ってまいりまはい、した。ただいまです。第68回 Final Fantasy XIV プロデューサーレターライブをお送りしております。So, welcome back to the Final Fantasy XIV letter from the producer live number 68。で、後半戦は、ここからのお時間は、Q&A セッションということで、行月のフィナーレをプレイした経験から皆さんに質問をお送りくださいということで、事前にフォーラムでお送りいただいた質問をもとに吉田さんに答えていってもらおうということになっております。So for latter part of the today's letter live, we gathered lots of questions of all of you from the global players on official forums based on your gameplay through the Endwalker. So we have Yoshida-san to answer your question.ということで吉田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で後半戦ですが通訳にはローカライズチームのケイトさんにお越しいただきました。So for latter part, 吉田さん 's voice will be covered、by ケイトさん from our localization team。皆さんご挨拶お願いします。はい、ローカライズのケイトです。よろしくお願いいたします。はい、I'm Kate from the English localization team。イエまあ緊張してると思うんで、ーイ。はい。で、まあちょっと注意点を3つね、言っときます。まずですね、今回行月のフィナーレをプレイしてということでですね、設定に関わる質問とかすごい多いです。なのでネタバレ炸裂しまくりなので、クリアしてねえぜっていう人はですね、ちょっと、後日クリアしてからご覧いただきたいです。Okay. So first of all, Kate's probably pretty nervous. Yes, I am. So we'll distract from that by talking about something to watch out for. If you're about to watch this session, please know that we have a lot of questions about the plot and lore of Endwalker. So if you have not finished Endwalker, you're going to get spoiled. So maybe come back to this later when you're done. でもう一個はですね、設定間違いがないようにですね、今回いただいた質問はですね、私、ちゃんと石川夏子と、小田万里とですね、話し合っておりますので、ちょっとたびたびちゃんとメモを読む可能性がありますので、下を見る可能性があります。And also, I'd like you to know that in order to not make any mistakes when talking about this complicated lore, I did talk to Bonnie Oda and Natsuko Ishikawa before coming here, and I made a lot of notes. So if you see me obviously reading off a paper, I'm checking to make sure I don't mess up. でですね、3つ目なんですけど、ケイトさんをね、意外とご存じない方が多くて、ちょっと、まあ、今回ね、まず、まあ、ここちょっとあなたが翻訳してほしいんですけど、まずね、ローカライズチームものすごい稼働をしてですね、めちゃくちゃギリギリのギリギリまでハイクオリティにね努めようとしてくれたので、まずまあ、どうしても日本語チームがこう言われやすいんですけど、本当にローカライズチーム主力を振り絞ってクオリティ叩き出してくれたので、まずそれのお礼を言いたいです。ありがとうございます。本当に。はい、じゃあ、I take a translation for this part, and then for the localization team, they did their super hard work until very, very last minutes. I mean, until the launch of Endwalker. So, I mean, we see, we tend to receive lots of the appraisal voices to the Japanese team, but Yoshida-san would like to take this time to thank you to all the localization team members. Thank you very much.でですね、特にね、ケイトさんの場合、まあ、北米の皆さんがね、よくね、こうレディットとかで講師講師ってなってるんだけど、漆黒のヴィランズも、行月のフィナーレも、ケイトさんがメイントランスレーターなんで、英語は。So also, Yoshida-san would like to address one thing that since Shadowbringers, especially on Reddit, people are excited about, hey, Koji, yeah, he's great, Koji. But the truth is, since Shadowbringers, Kaito-san is the person who is taking the lead of the English translation. いやもちろんね、コージだって作詞協力だったりとか、まあケイさんが悩んだ時にコージが相談に乗ってたりとかっていうのはしてるから、別にチーム離れてるわけじゃないんだけど、今メインほら第3開発事業本部もう一個 FF 作ってんじゃん。ああ、16の話。まあコージはちょっとそっち側もね、なんで、はい。So, I mean, Koji is still in the team, and then he is actually doing the supervising, and then Kesan take lead, and then Koji is still doing the writing of lyrics of some songs, and then sometimes Keito-san is asking Koji for his advice. But I mean, as a whole of the business development. BU3 creative unit 3. I mean, they are working on the other Final Fantasy title, and then Koji is kind of busy for that one. So I mean, he is still
working with us, but I mean the main portion for him is something else. いやほらね、こういうことを言うと、ほら主力は16かとか言う人いるけど、漆黒行月とクオリティ下がってないでしょ全然。なんでまあ先に言っちゃうとね、まあわーわー言うからあんま言わないようにはしてるんだけど、まあ一丸となって第3全体で14も16も作ってますって思っておいてもらえると嬉しいかな。はい。So yeah, 16は絶対にやり why ま we す。 didn't say た this だ膨体がないん beforehand? です。 I mean, when we say this beforehand, I mean we ファイル know が you ないの are, で some of you are ファイル saying, が出 hey, る頃に the 出してください、 BU3 and 16は。 the team are working 16 more は on 絶対にやります。 16, and then I mean 私は 14 is left 私 over, すべてをかけてやり but ます that's not the fact. And then entire マイ team ケル are コー working ジ both ボッ on クスってこと 14 and な 16. の？ And あ、 then そう that's な it. んだ、そう So- なんだ。 And then you know the both Shadowbringers and the Walker has a super high I mean comments and then appraisal. So I mean she's あ actually りがとう、み doing んな very 教えて well. くれて。はい、というわけでじゃあ質問パートに入っていきましょう。はい、それでは質問ボーカル Q&A の方に行きたいと思います。はい So let's move to the Q&A. So the first part is scenario and lore stuff. 最初はシナリオ設定に行きますので、ネタバレの方向でございますのでよろしくお願いします。お願いします。So the first question is 楽しみだシステムを説明します。はい私が英語で質問を言って日本語で質問を言います。はいその後吉田さんが日本語で回答したものをケイトさんが翻訳してくださいます。はい。 So let me quickly explain how it works. I read the question in English and Japanese, and then Yoshida-san answers in Japanese, and the Keito-san translate it into English. Yep. ちゃんと聞き Okay, the ます。 first question is, I'm wondering what Azim was up to during the final days. Did they hear about what was going on from Bina? And how did they end up parting ways with M. Silk and Hitodeas? Will we learn more about Azim in the future? どんな質古代問してんの？世界を襲った週末の際、アゼムがどのように過ごしたのか気になります。あベーネスから週末のことを聞いていたのか、エメトセルクやヒトロダイオスとどう別れたのか、今後アゼムについて語られることはあるのでしょうか。れ答えるのまあベーネスからうんアゼムの座を託された、まあ人がね、まあ古代を襲った週末の際に何をしてたかっていうのは、まず秘密です。あ So what the Azim who took over the seat from Vinod did during the final days is a は secret. い。で、まあいずれ語るかもしれないし、語らないかもしれないです。ここは決めてないです。ただ何をしてたかはある程度は決めてます。はい。そっか。 So we do 決めてるの。 sort of have an idea what they were up to, but we're not sure if we'll have a Hi. chance to talk about that in the future. だよでね。ただまあ皆さんさ非化線だしまあもしかしたらねアゼムの分割された魂なのかな、みたいな予想も立ってると思うんですけど、まあその皆さんだったら仮にまあ告げられたとしたらどう行動するかっていうのを想像してみれば大体まあ近いんじゃないかなみたいな気はしますけどね。なるほどはい。However, I also think because you are all the warriors of light yourselves, probably what you imagine when you think, okay, if I was Azim, what would I have done if Vinod had told me this? That's probably pretty close to the truth. こんそうなだね、ハウジングしてたかとかさまあ何かなとかさそのお使いに走り回ってただろうなとかいろんなコメントがあるじゃない。だからまあなんかしてた。まあその中に近しいものがもしかしたらあるのかもね。なんかし For よう instance, we have と people なんか saying, してたんじゃない I か don't な know, って play 私は around 思い with たい housing, な。 like do some mahjong. If you think so, then yeah, ね that's 最後 probably ま what で happened. 抗おうとしてはい、ありがとうございます。以上でで私ではは次行きます。思う Moving な to the next questions. Why did Xenos dream of Armorod's final days? Also, how did he come to be a Reaper and learn to manipulate his avatar in time before 6.0? ドヤ顔ゼノスが以前に週末のアーモロードの夢を見ていたのはなぜでしょうか、また彼が 6.0 までの間にリーパーになりアバターを刺激できるようになっていた経緯も知りたいです。なるほど。まずちょっと思い出していただきたいんですけど、ゼノスの父親はバリスでしょ、でバリスの祖父に当たるのはソル帝ですね。ソルですね。So the first thing you need to remember is that Xenos' father is Varys and his grandfather is Solus. でソルはまあそもそもエメトセルクなので、はいゼノスはエメトセルクの血縁者、まあひ孫に当たるのかな。
So if you think about it, Solus is Emmett Selk, which makes Xenos a direct descendant of Emmett Selk, like his grandson or so. でこういうなんて言うんだろう DNA の特殊性って、必ずまっすぐ受け継がれるわけじゃなくて、突然こうなんだろう思い出したかのように発言したりすると思うので、その辺をイメージするとちょっとなんとなく見えてくるんじゃないかなとは思います。If you think about, how sometimes when things are passed down through DNA, they don't appear in every generation, but eventually it suddenly remembers. If you think about it like that, maybe you can sort of understand what happened here. 急に魔族覚醒みたいな。漆黒秘話の中にも、本当サイドオブサイドのストーリーですけど、ヒントがあるので、ちょっとクリアした今ね、改めて漆黒秘話とかを見直してみるのもいいかもしれないですね。もう一個見てみよう。Obviously, this is a side story, but if you look at our Tales from the Shadows, you may find another hint in there. So perhaps right now is a good time to go reread those stories. で、リーパーになってアバターっていうのはね、まさかこの質問が来るとは思ってなかった。とても良い質問なんですけど、なんか話せないです。As for how Xenos became a Reaper and got to use his avatar, I didn't actually imagine anyone would ask this right now. It's a very good question. Unfortunately, I am bound to silence on this matter. 考えてなかったわけじゃないですけど、話せないです。話せないものは話せない。It's not that I've not thought about this, but I absolutely can't tell you right now. ありがとうございます。Okay, so next one. I'd be interested to know how the unsundered Asians, so Habler, Elidibus, and Emmett Selk, avoided being kicked into 14 pieces by Hyden. オリジナルと呼ばれるアシエン、ラハブレやエリディブス、エメトセルクだけがハイデリンキックを逃れ14分割されなかった理由が知りたいです。テキストをちょっと思い出していただきたいんですけど、物語行月の最終盤でエメトセルクが、この時代まで私を残したのはっていうセリフをまず言ってるんですね。So if you think back to the text, towards the end, Emmett Selk did imply that Vinal let him live on purpose. なのでそのハイデリンがかつて放ったその光の一撃っていうものには、エメットセルクならギリギリかわせるだろうなっていう、加減が入ってます。So in fact, she did intentionally leave a tiny flaw in her sundering attack, a crack that Emmett Selk, being Emmett Selk, could find a way to wiggle through. これね、なんて言ったらいいんだろうな。加減って力を加減してるのとはちょっと違って、意図的にこれを使えばっていう、ニュアンスだと思ってもらえればいいです。It's sort of like, yes, it was a very powerful attack, but intentionally, she chose to do it in this fashion. ただシナリオ中でも語られている通り、その光の一撃ってハイデリンにとっても本当にギリギリ視力を振り絞っての一撃だったので、加減までしてる余裕はなかったので、なんとか彼ならやってくれるだろうっていう賭けみたいなもんですね。So we said this in the actual game as well, though, which is that when Heidelin did this attack, it was a very strong attack. It was the limit of her power, so she couldn't really fine tune it. So as intentional as this was, when she did her big, massive light attack and sundered the world, she couldn't guarantee that M itself would live. She was kind of making a gamble. でその光の一撃が放たれる時にエメトセルクは、その場に居合わせたラハブレアとゾディアークの核から抜け落ちてきていたエルディブスらしきものと協力して一時的に次元の狭間に逃げることで、それをかわしたっていうことになってます。But in fact, what happened was at the time that Heidelin performed the sundering, Emmett Selk was with La Habrea and Elidibus-ish. It was the Elidibus that had come out from Zodiark, so a little bit different from the original version. But nevertheless, he had those two, and he joined forces with them. And then that's how they escaped into the rift without being sundered. エリディブスはね、ゾディアークの核から抜け落ちてきた時に記憶もいくつも失ってるし、この辺りちょっと漆黒秘話でもフォローされてますけど、5.3 のラストでね、エルディブスも失ってるものが多いっていうこともあって、ただ居合わせたオリジナル3人が協力してたっていう感じですね。Yeah, I mean, you may recall if you've read Tales from the Shadows that Elidibus
when he came out of Zodiac, he had sort of lost some of his memories, some parts of himself, 見たくなるな and that's sort of the point なんか in 吉田さん笑ってるんだけ 5.3. ど By the time you guys would sort of know that なん you か know 笑 he's lost a 笑 lot って as るで well, just like Emmett Selk. But yeah, that's how the Unsundered got out, was by working together. その3人だけ世界に放たれた頭割り攻撃から頭割りに入らなかったって言われてるシェアダメージ How was it just the three of them that managed 頭 to 割 do りに this? 入ら From ない this thing that busted the entire world into 14そん pieces. な Well, you know. まあ間違ってはいないよねでもありがとうございますでは次です楽しそう Okay, next question. Are there standard ASEANs other than Fandaniel or Black Master ASEANs of lower rank still そ around? こか I'd also like to know which ASEANs those two red masks that Gaius carries around belong to. ガイウスだなるほど、ファダニエル以外の天聖組アシエンや黒い仮面のカイアシエンたちはまだ残っているのでしょうか。あとできればガイウスに駆られた赤仮面のアシエン2人が誰なのかも教えてほしいです。細かいなところ細かいですねをしっかり見てくださってますね天聖組のアシエンはまだ確かにまだ何人か残ってるかもしれないですね、うんうん That is a really good question, and wow, you guys are paying close attention to this game. But yes, I do think that there are probably still some of the sundered blast mask wearing ASEANs around. ただその天聖組のアシエンが、何人か残ってたとして彼らが原初世界にいるのか、共造世界のどっかに身を潜めてるのかっていうのに関してはちょっとまだ分かんないですね。But those sundered ASEANs, however many of them there are, we can't really say whether they'd be in the source or in one of the reflections. ちなみにガイウスが持ってたその仮面はウルテマとデュダルフォンです。As for the other part, the masks that Gaius carries around, they once belonged to Ultima and Dudalophon. ただ仮面を持っているだけで、果たして本当に倒されてるのかどうかっていうところはまだ何とも我々は言ってないので、そこら辺はまだ推測しておいてもらえるといいかなと思います。However, just because he has the masks, that doesn't necessarily mean that he vanquished them. So you'll have to come up with your own theories as to what has gone on there. そのアシエンを倒すっていう方法って、これまで何回かね描いてはきてると思うんですけど、その辺ともこう重ね合わせて可能性とかを考えてもらうのもちょっと面白いのかもなとは思います。We've had a lot in the story so far about what it takes to truly defeat an ASEAN. So maybe think back upon those things when you're theorizing. 楽しいな質問はい、ありがとうございます。では次いきます。Next question. In your mind, in Yoshida-san's mind, how much time has passed during the story spanning from 1.0 through Endwalker? I want to know how many years older the Warriors of Light is now. もうさっきも笑ってる吉田さんの中では Q14 から、行月のラストまでで劇中ではどのぐらい年月が経過した想定でしょうか。非化線が14の世界でいくつ年を取ったのか気になります。これなるほど、言われてみればこれね実は特にはイメージしてないんですよ。でトレーラーをその字根底文字の根底を書いて、このぐらいのその風貌にしてほしいっていう時ってなんとなく現実の経過時間、拡張だと2年か2年半に1回とかっていう間で皆さんと同じようにそのヒロシと呼ばれてるウォーリアー・オブ・ライト代表もいろんな冒険をしてこうなってるだろうっていう予想で作ってます。So to be honest, that's really hard, and I don't have a particular figure in mind. When we're making the trailers, when we're coming up with the storyboards and things like that, we actually think about like, okay, the Warrior of Light has done these different adventures. How would they look now? Imagining it with a time frame of 2 or 2.5 years each time, just like in reality, what you all have done. なのでトレーラーとはあんまり作中ねゲームの中を紐付けないで時間経過のイメージをね結びつけないでいただけると嬉しいです。But the trailers are really not reflecting the length of the story itself. So I would appreciate it if you guys could think of them as separate things. で作中での時間その 2.0 から 6.0 までもうなんか数年としか言いようがないあんまりイメージしてないです。数年 As far as the actual story is concerned, I don't really have an exact figure in mind or an exact imagining of how long it's been since 1.0. もう突っ込み出すとキリがないでしょ。じゃあアシトラの実年齢は何歳なんだとかさ。
Yeah, I mean, because if I go down that rabbit hole, like I will never stop. そこ But ま how で old は is she 考 still? え I て don't ない know. I っ don't want て to こと think で about いい it. のかな、まあなんであんま深く考えない。フィーリングで感じるヒー。リングね。オッケーオッケー。 It's better not to think about it and to just 確かに feel 10年後 vibe. 20年後めっちゃ見た目変わったらね。あ、そう。 Hear, feel, なんと think, なくで perhaps. 感じてゲームすればいいか Thank you な very much. では続いていきます。Next それ question. 好きかも。 As I understand it, Emmett Silk and Hyslodias お、エメトセル returned ク to だ the Serial Sea, so they can now be reborn. If their souls are reincarnated, will the people they become to be able to use creation magics like the ancients? なるほど。エメトセルクとヒトロダイウスは正界に帰り転生できるようになったように見えますが、彼らの魂がもし転生したら古代人のような想像力を持つのでしょうか。これ答えまあ正解に帰って魂が浄化され再び肉体に宿るとしても、まあそれは原初世界の人としておそらく宿るのみですね。Well, their souls have been cleansed in the ethereal sea, so even if we say they're reincarnated, that's just their souls being reborn into new bodies in the source like everybody ま else. た出てきてくれない、まあ分割されてないっていう、まあアゼムとハイデリンの術で一時的とはいえ復活してるのを改めて正解に帰っていきましたけど、まあほぼ前例がないんで、まあどうなるのかっていうのは分かんないですね。まあおそらくは普通の人プラスアルファちょっとぐらいなんじゃないかなっていうのがイメージですけど、まあ分かんないですね。As for what would happen if they were これはまだ reincarnated in that 先を考 fashion, えてない we've never had an 感じがしちゃう example な。 of someone who was unsundered being reincarnated like this, so we can't really say for sure. I think maybe it would be just like a normal person, but maybe a little bit cooler, a little bit better, but there's really no way to say. まあこっからは僕個人の妄想ですけど、はいまああれだけやれることをやり託して世界に戻ったのであれば記憶も焼き付かず綺麗に現れるんじゃないかなって思ってるので、そんなもれを引きずって転生するイメージは僕の中にはあんまないかな。In my opinion, they really, at the end, they had accomplished everything that they had set out to do. So their souls would be completely purified, and I don't know if they'd even really want to come back. They have nothing いや人気 remaining. They have no っていうのをなんか lingering 言って memories た to よね address. 人気だからってっていう感じはいのなんありがかとうございます神木君 Thank you very の much. ラジオで言ってた気がす So る the next question. Please tell us whether the star will be named Isseris going forward, or if you are sticking with Hydaelyn. Also, does everyone know the name Isseris, or just the warrior of light and their lies? かっこよかったな、今後この星をアーテリスと呼ぶのか、今まで通りハイデリンと呼ぶのか教えてください。またアーテリスという名前は非化線と周辺の人だけが知っているのか、全世界の人に周知されているのかも知りたいです。おーまず今のところですね、光の戦士、まあ、主人公プレイヤー皆さんですね、その周辺で、まあ、週末の仕組みとか週末の結末っていうのを詳しく知ってる人はおそらくアーテリスって呼ぶことになるかなとは思います。I think people who are close to the Warrior of Light or otherwise very familiar with what happened actually in the final days might start to call it Atheris. で逆に世界中のそれらの真相を知らない大多数のエオロゼア人は、これまでと変わらず別に惑星ハイデリンって呼ぶと思います。On the other hand, most of the people on the star, most of your average Eorzeans, would probably just keep on calling it Hydaelyn because they don't know any of that stuff. まあ、ただそもそも東方の人たちとかそれから新大陸にいるような人たちっていうのはもともと惑星ハイデリンと呼んでない地域もあるので統一されてないんですよ世界で。なので呼び方はまたそこに行くと星の呼び方変わる可能性はあるかなと思います。However, there are people in the East, for instance, or the New World, who never called it 地球だ Hydaelyn to begin with because they have different cultures. So if we visit those areas, we might find another name 地球じゃ entirely. ねえわっていうまあ一番実は困ってるのは宣伝チームじゃないかっていう気がします。I think the people who are going to be struggling with this the most どっ is ちで行く PR かって team. ことだってこう新規向けにさアーテリストダすでに惑星メじゃないハイデリンを巡る冒険があって言ってさ光の戦士たちがさ
いや分かってねえなアーテリスだろみたいなツッコミを受ける可能性もあるしダメよさそんな Like ツッコミ now, if ダ you メ make だ catch copy that says like, "Oh, a grand adventure on Heidelin," then the Warriors of Light are just gonna be like, "Did no one tell them?" すでにねエンドウォーカー前の時点でエオルゼアなのかハイデリンか問題っていうのがすでに PR チームありましたよね。We already, I mean, the PR team already had a problem of if we call it 地球 Elzer だって言った or の Heidelin. 懐かしいなそうツッコミだった Bigger question. はいいやね Thank 生 you ま very れ much. 変わりは難しいよな次の質問シンプルなやつ来ました。The very シン simple プル question. Will Xenos come back to life again? ゼノスはもう復活しませんか？あーこれは気持ちいい質まあ問だね彼の肉体は、まあ、世界の果てでもなければなんだろう今みんなが活動してる場所でもない世界の割と断りとは切り離された空間にまあ放置されてるっていう状態ですね。はい So, as we saw, Xenos' body right now remains in a dimension that is separate from our universe and all of its laws. まあゼノスの運命に関しては正直カットシーンで結構丁寧に演出したので、それを見た直感がそのまま答えです。はい。あ I mean, we depicted his ultimate fate at ー length 直 in 感 a が答 cutscene. え So I think your answer is to watch that あ and ー see こう how や you って feel. 答えるのかちゃんと呼吸っていうか心臓止まる演出されてるでしょ？ I mean, we did show him stop breathing and his heart stopped beating, right? はい。はい、ありがとうございます。信じたくなかったでは次の質問です。Next question. 終わっちゃった質問 If you look at the source and its reflections today, they are inhabited by various races such as Mikote, Aura, Lalafels, and the like. However, all the ancients seem to be どういう of 顔だ a った今 hero-like race. Is there a 笑 lore ってる regarding 吉田さん how mankind came to have such なんか笑ってるよ varied sense? なるほど。現在の現象世界、共造世界にはミコッテ、アウラ、ララフェルなどさまざまな外見の人がいますが、古代世界にはヒューラン風の人しか存在していないように見えます。今のようにいろんな外見の人が現れた理由について設定があれば教えてください。全然質問が頭に入ってこなかった。コねメントでさ、全然質問ごめんね頭に入ってこない本当にいやまあゼノスがさ、友よ無人島で待っていたじゃんっていうの見ちゃってさ。It's really distracting because I'm looking at the comments and everyone is writing like ちょっと Xeno stuff like my enemy, my friend. なんだろ So う吉田さん何を考えてたこれ無人島だっつってんだろ。どうでゼノスはってたびっくりした look, just leave us alone. Okay. で、終わったら動いてくれるかな種族がはい。あ古代人は全部フランっぽいんだけども、この話も終わいろんなりか種族、外見の人がいるけども、はいなんか設定あるんですかっていう。Races, yes. 世界が分かたれた時に、まあ人っていうのが全ての生物が不完全なまず存在になりました。Okay, so when the world was sundered, all livings became so-called incomplete. でも不完全だからこそ長所と短所っていうのがより強くこう現れていくことになります。But it's that very incompleteness that allowed them to 長所と短所。 develop strengths and それ weaknesses, か切り替える and か that over ゼノス気 time になる sort け of どすごく compounded into racial traits. その長所と短所っていうのが、まあ、長い世代をこう経ていくうちに種族との外見だったり特徴だったりっていう風にそれにこう現れてきたっていう風に僕らは解釈しています。あ It's sort of things like, so if you have something that's a little bit less or a little bit more, over time it 進化 will だよね increase, be stronger, and in certain tribes will compound into distinctive featers. まあここは世界設定側からのコメントだったりするから、あそうなんだなんで耳が伸びたのって書いてあって多分もともとすごい聞こえてたのに聞こえなくなって一生懸命聞こうとしたんだろうね多分その人は。Look, I don't know the official lore for this, but people are asking So-ka, things so-ka. like, okay, but why are the Mikote's ears so そうい big? う And I 設定 think, なのね maybe they couldn't hear that well, and they tried super hard to hear, and maybe that is what led to them eventually developing those big ears. いやゼノスのもう話ララフェルはじゃあなぜ縮んだってなぜ多分圧を強くしたかったんだろうね。圧 So どういうこと why 圧 are を the 強く Lalafels した so くて tiny? 縮 I まっ like て I don't know. Maybe they were under a lot of pressure. Maybe they were really intense. どういうことはい、ありがとうございます。はい Thank you very much. では次の質問です。Next question. The ruins beneath the bounty, treasure islands, and fabled golden cities mentioned by Emmett Silk haunt by my daydreams. Can we expect
to be able to loot them someday? エメット・セルクが言っていた壮大な伏線、北上海に、潜む海底遺跡、気泡の島、まばゆき黄金鏡などが気になって仕方なく夜しか寝られません。これらの回収は期待してもいいのでしょうか？いいのでしょうか？ご意見ください。いいのでしょうか？これまでファイナルファンタジー14って、僕が引き継ぐ前 Q14 っていうのがあって、いろんな地名っていうのが出てました。Someday, you say? Yes. Well, I mean, as you know, なんて言うんだろう。 we've had a lot of different place names crop up in 14 in the past. イシュガルドの門も開いたし、アラミゴにも行ったし、あなたは東方にも行き、オールドシャーレアンへ、到達してね、サベネアにも今回行ったので、And you know, we've been able to go to a lot of places. The gates of Ishgard opened. We went to Alamigo. We went to the Far East. We went to Old Sharlayan, and even Thavnair. これまで出てきた地名はなんとか行けるようにこう頑張ってきたんで今後も頑張るんじゃないかなと思います。We've tried really hard to make sure that you could visit the places we've mentioned so far, and I want to keep doing that. はい、ありがとうございます。Thank you よ very か much. ったでは秘密じゃな次です。かったね Next question. In Elpis, Emmet Silk adjusted our warriors' lights to be closer to the ancient height. Given how tall Medion was compared to us then versus in the present day, I feel like she shrunk. Did something happen to her in the intervening time, or is there another reason for this? エルピスで非化線はエメドセルクの術で、古代人サイズに大きくしてもらいました。その状態の非化線とメーティオンの身長差を考えると、現代で非化線と対峙したメーティオンはかなり縮んだように思います。長い時の中で何かあったのか、理由があれば教えてください。わかりました。もうその前にさっきのね、行けるところはできるだけ頑張りますみたいな言ってたらね、もう楽しみすぎて夜しか眠れないみたいなコメントが多くてね。Just before that, I want to address everybody seems really excited by my response to the previous question, and is saying things like, "Oh wow, I will only be able to sleep at night because of this." 正常ってやつよね。正常だ健康的で良いことだ。まずちょっと思い出してほしいんですけど、ウルティマトゥーレっていうのは思いの力のみが作用する空間だっていうことをちょっと思い出してください。はい。Okay, but back to size issues. So I want you to remember that Ultima Thule is a space where emotions are the only reality. その冒険の中で皆さんに、経験していただいたように、その見えている通りにものが存在するんじゃなくて、認識、あなたがどう認識しているかっていうのが光景に反映される中域なんですね、あそこ。So what you see when you're in Ultima Thule is in accordance with the Warrior of Light's internal experience, not some kind of physical reality that's out there. だから時光の戦士、冒険者が思っていたメーティオンに会いに行くっていうその思いが投影されてます。なのでそのメーティオンの姿っていうのは当然非化線がエルピスで見た時の光景を再現しようとするので、なのでそのエルピスの時、本人がとのだからスケール比をそのままイメージされてるので、姿でビジョンになってると思ってください。So as the Warrior of Light, you are traveling to Ultima Thule to find Meteon. So the space reflects that, and it reflects your internal perceptions. And the Warrior of Light has memories of Meteon from Elpis in a certain proportion relative to themselves. So the Warrior of Light is thinking, she's about this tall. And that's why she appears that way in Ultima Thule. だからこれはそのウルティマトゥーレに現れたエメットセルクやヒトロダイエスも同じで、そのあくまで中域はディナミス、思いの力がビジョンを取るので、やっぱり相対的に光の戦士である自分から見た時のスケールで、再現されてるって思ってもらえれば良いかと思います。はい。So, and the same kind of goes for Emmet Selk and Hythlodaeus when we call upon them. Ultima Thule is a place controlled by dynamis and emotions. So really it is your internal conception of these people that determines how they appear.
もう確かに光の戦士大概記憶ガバガバだって言ってきたけどよっぽどあれだったんだね、大事な局面だって思ってたんだろうね。This might make you judge the Warrior of Light just a little bit. 記憶ガバガバなんて思われてんのよ、吉田 P さんに。はい。そんなことないぞ、忘れやっぽいけ So ど。 the next question is, I wanted to harvest some Savnarian onions while I was in Savner. Where are they keeping them? サベネア島でサベネアの野菜を採集したかったです。どのあたりに生息しているのでしょうか。なるほど。こちらはですね、世界設定に確認してまいりました。I asked the lore team about this and came here. ないんだ。現状チョコボの餌としてね、うん格別な効果を秘めているものなので、サベネ16万アか18万で買ってこの野菜っていうのはおそらく高原キャベツのようにサベネア島の中でも特別な場所でしか栽培できないものと思われます。So these そこなん Savnarian とか onions have these 道端で取 surpassing れるようになって effects も as らえない choco ですか food, so ね。 they must be a really unique cultivar. And I think similar to in real life, the cabbages that can only be grown in a certain village in Gunma, they're probably only available in a very small area of Savner. そういうことか、エレンのすべてはライブ班ノンコンバットコンテンツチームという名の神様の、さじ加減次第ですというふうに回答が来ておりせめてます。 5万ぐらいで買えるように。 Such things, they are dictated by the whims of the 貴重 gods すぎ that we て。 call うん the 今 non-combat 30万 content もすんの designers. 野菜。ちょっとつまりこれはあれです。華麗に世界設定からライブ班へヘイトをスイッチしたということですね。シャークされてしまいました。In other words, it's their fault that this is how they've interpreted the 畑 setting. で育てられるようになりたいわ。仲良くやってください。高すぎるわ。はいうちのありチがとうョコボございます。Thank you very much. 次のレベではルになる次のがの質怖いわ。問です。Were Zodiac and Hydrin completely destroyed? Or are there still sundered parts of them on the other reflections? なるほど。ゾディアクとハイデリンは今回で完全に消滅したのでしょうか、それとも共造世界には分かたれた体があったりするのでしょうか。どうでしょこれはもう明確に答えてしまいますが、おハイデリンは完全消滅です。だよな。 I'm just going to give a straight あ answer ー here, だ and よ that な is これはで Heidelin も was 分かって completely たこと destroyed. だから。そしてですね、ゾディアークに関しても、ファダニエルに乗っ取られて核を完全に破壊されたので、ゾディアークも完全消滅です。そっか。Similarly, Fandaniel いやなんか crushed 分かってたけど Zodiac's 言われ heart, ると which is あ his れ core, だね、なんか and that completely destroyed そっ Zodiac. か。各共造世界にこう分割されて封印されてたんですけど、ゾディアークって、だからまあ見てもらえれば分かるんですけど、ゾディアークっていくつかのパーツまだなんかこうワープしたかのようなこう次元の別次元にこの先あるみたいな感じになってると思うんですけど、各共造世界に当然封印されてたんですけど、本体が完全消滅したのでそれらのパーツも全部消滅してます同時に。核だったからか。 There 核 were, がなくな of った course, ら parts 体 of も消 Zodiac 滅しちゃうっ in て the こと other ね。 reflections. When he was sealed, he was いや split 本当に across ハイ all デ of リン them. ゾディアーク戦は終 But わったんだ at な。 the same time that his main body was destroyed, そうか。 they all would have ハイ also デリ faded ン into oblivion. はい。う。なるほど。ありがとうございます。Thank you very much. では次です。Next question. I なんか don't really ズゴー understand ンときた why the 質問 Warrior が of Light messing around in Elpis didn't create any あの alternate シーン見ると timelines. 今でも泣け Can てく explain るの what happened? うん非化線がエルピスで過去に干渉した後、未来が枝分かれせずにつながった理由がよく分かりませんでした。その辺の仕組みを教えてほしいです。まあ正直なところ自由に解釈していただいても構わないっていうのがまず前提です。Well, I think the most important thing is to say I think you all can come up with your own theories for this 何 one. も違和感なかったな私。ただまあ僕個人の解釈としては、はいまあそもそもつながっていたんだっていうふうに解釈してます。うんうん。 My personal interpretation is that the timelines were always the same. でまあつながらない可能性っていうのも当然あったと思うんですけど、ヴェーネスが光の戦士に対してまあその全力で対応してきた結果、なんとかつながったんだろうっていう解釈もまあできるかなと思います。
Another interpretation you could have is that maybe Vinal worked really hard behind the scenes to make sure that the timeline didn't go そういうこ awry. とか。グラハの時があるかまあ、らだからそのベネスが描いた計画っていうのに光の戦士はまあ知らないうちにこうね全力を持って皆さんがこう対応してきたことによってまあつながっていくという奇跡が起きたんじゃないかなと。And therefore, the Warrior of Light was sort of always acting in accordance with this plan of Vinaz. So the timeline that we're aware of didn't change when we went back to affect it. 嘆きの海で初めて光の戦士が降り立った時にアルゴスが懐いていたという時点でつながることが確定したかなという認識ではいます。I personally think that when we went to Mare Lamentorum and we first met Argos, and Argos, really took to us and we were able to ride him, that is basically proof that, okay, at that point, the timelines were going to work out. まあ6.1 で強くてニューゲームに行月のフィナーレ対応するので、もし気になる方はもう一度ね全部見た上でもう一回おさらいしてもらえるとまた見えてくるものあるんじゃないかなと思います。We are adding all of this stuff to New Game Plus in 6.1. So if you're interested in this, I suggest you replay it and think about this question while you're playing. 楽しみだな。はい、ありがとうございます。わかりました。So going to next question. 次の質問いきます。はい。In the trailers, only the Warrior of Light 私も seems 質 to 問やっぱ age, すればよかった。 where the other characters always look the same. Will we ever get to see a grown-up Alfino and Alize? トレーラーでは主人公であるヒカセンの年齢だけが上がっていて、他のキャラクターは年齢が変わってないように見えます。アルフィノ・アリゼが成長した姿を見られる日が来ますか？これ気になるんだけど成長してほしいよな。悩ましいんですよ生でいてほしいねこれ。That's really hard to こ say. れは。いや僕もね正直ディレクターとしての遊び心っていうのまあゲームの開発者としてその拡張でそして数年後ってやってこう物語の中でね成長した、もう実年齢としてその身長も伸びねよりこうかっこよくそのよりこう可愛くっていうのはちょっと違うな成長したアリゼとか描いてみたいって思いはあります。On one hand, so as a director and the developer myself, it sounds fun to me when I think about depicting, years later, a taller Alfino and Alice who are cooler and maybe cute in a different way. ただねやったらやったでね前のアルフィノとアリゼが良かったってすげえ言われる気がしてて。On the other hand, I also feel like if we did that, we'd get a lot of comments being like, oh my god, I really liked them better before, I hate this. でもさ一回やったらさ時を遡る以外にもう方法がなくなるじゃ。なんくなっちゃう。And if we do it once, we can't go back, so that's a problem. だからなんかちょっとやりづらいんすよね。やりたいって気持ちはあるけどやりづらい。まあなんか、ワンピースっていう漫画とかでよく原作者の小田先生がコミックスのコラムというかねコーナーで読者の皆さんに何歳になった頃のゾロを見たいですとか言って、書かれてることがあるんですけど、あんな感じでもし年を取ったとしたらみたいなのをアートとしてちょっと作ってみるとかはありかもしれないけど。Sometimes you'll see with manga like One Piece, the author Oda Sensei, he will have a corner where he answers readers' questions, and they might say like, "Oh, I want to know what Zoro would look like at such and such age," and he'll draw that for them. So if it's sort of like a what if scenario, we might be able to give you something in that vein. あれだね、意外とコメントではシナリオ上はそれはやらなくていい、なんか何年か飛ばして成長した2人が出てくるとかは別にいいよ。やらんでいいよっていう声結構多い。I'm getting a lot of comments that are like, it's really fine, like no matter how many years pass, it's fine if you just leave them as is. 今の印象が強すぎるからな。アートをやってほしいはすごい do it っていうコメントがすごい見ます。Yeah, we see lots of comment to draw a 前 special の方が良かったみたいな。あれみたいには戻せない。言ったらもうめっちゃまた do it になってる。Everyone's just yelling do it over and over. いやでも相当慎重にチェックして
フィニッシュしないと本当ですね怖いね。変なことになる We really have to be careful about い the や heights ね and 成 I'm kind 長 of して freaked る out. シーンは見てみたいって気持ちもあるし、はいありがとうございます難しいねこれね。次の質問いきます Moving to next question ね、バカ Bernard フィノみたい said にな that るって not こと even で her いつか soul ね would remain 今の時 But 点でま what だ does 想 that 像で mean? きないな。 I'm very fond of her character and would like to see her again、ベーネスは魂も残らないだろうと言っていましたが、魂が残る残らないの違いは何でしょうか、好きなキャラなのでどこかでまた見たい気もしております。魂というものもエーテルではあるので、まさしく本当に全ての魂のを構成するエーテルすら全て使い切ったっていうのが答えです。The answer is that souls are also made of 私も ether, もう頑張 and りすぎ she た used から up なのかなって so much ether that 思ったな、ベーネス also も all of her soul was gone. ゾディアークはニエその召喚のニエになった人たちを吸収しつつも、その魂だけは内部でこう保持してた。で消滅させずに残しておけたんですけど、ハイデリンってベーネス含めて召喚者のその魂を保管しておくほどの余裕がない。なぜなら14人委員会の決断としてはゾディアークを作り出すなので、猛烈な少人数なわけですよ。By contrast, okay, so Zodiark was summoned using sacrifices of a lot of people, right? ゾディアークと規模が違 But う he was って able to only use their aether aside from their souls up. Because he was very strong and he was summoned by the convocation of 14 and all of that. But Heidelin had a much weaker summoning, and because of that, she didn't have the option to sort of leave the souls untouched. And including Vinaz, she ended up using 階層 all of ね their ether. またいいからパッチ 5.2 かな、ベーネス派っていう単語が出てきてたりしてたところを、今一度ちょっと見返してもらったりするとまたちょっと面白いかなと思うんですけど、全世界の大多数の古代人たちが協力しているそのゾディアークっていうものに対してっていうことなので、その辺の力関係っていうのはちょっと思い出してもらえるといいかなと思います。So in 5.2, there was some discussion of Vinaz group that assisted her in doing this, and also of how much of the ancient people were sacrificed to create Zodiark. So if you look back at that time, it might be of interest to you now. だから最後の最後にその自分の魂という力だけをベーネスは残していて、それを光の戦士というか暁と戦うために使ったっていうのが回答です。At the very end, Heidelin, she still had her own soul, Vinaz's soul, but that was the very power that she used in fighting the warrior of いや light. そうは考だから言えってましたよね。失礼だベーネけどスあなたもう力があって問いかけられたのに対して、大丈夫この一戦をやり遂げるだけの力は残していましたって言ってるのは、自分の魂をそこに当ててるっていうふうに思ってもらえればいいと思います。When she tells you いやなんか before そ the れ final 考 battle え that る she とさ saved enough ether for this fight with you, that is Vinaz's soul that she's referring to. はい、ありがとうございます。Thank you very much. So the next question. 次の質問いっちゃっ重要なた。質問な気がします。はい Very important question. Next one. Now that Heidelin is gone, will the warrior of light no longer have the blessing of light? Or will he stick to around like the illusory armor? 今回のストーリーでハイデリンは消滅してしまいましたが、光の戦士にかけられた光の加護の術も消えたのでしょうか、それともアーモロートの幻影のようにまだ残っているのでしょうか。残ってると思ったけど。ベーネスが施した光の加護は、消えないと思ってますし、消えないであってほしいなっていうふうに思ってます。I really don't think that the blessing of light will disappear, and I wouldn't want it to. 最後にハイデリンというか、ベーネスが、私の思いがいつまでも愛しき子らを守りますようにっていう願いがちゃんと加護として残り続けてる、いくっていうのが、ある意味最後にかけ直してくれたかもしれない加護だというふうに思っていたい、僕個人的にも。はい。Perhaps she re-granted the blessing at the very end, but either way, I want to think that it will always protect the warrior of light, just like she said
my love will be with you forever, my dearest children. まあそれこそが改めてね光の加護かなという気がしてます。はい。はい、ありがとうございます。 Those words, I think, will be the blessing you carry forward. Thank you very much. では次の質問に行きましょう。So going to the next question. In the cutscene after the level 87 dungeon, we see a red sigil appear before Emmett Silk's face. Does that mean such sigils aren't an Ascian thing, but rather identify one as belonging to the convocation number 14? Please explain the lore. レベル 87ID の後のカットシーンでエメットセルクが顔に浮き出る赤い印をねこう発動させていました。ということはあの印はアシエンの特性ではなく14人委員会の身分証のようなものなのでしょうか。改めて設定を教えてほしいです。まあ身分証というのはちょっと違うかなと思うんですけど、まあ14人委員会のそれぞれの座に選ばれるような人っていうのは、まあ、膨大な魔力とかそれぞれとてつもない能力をまず持っているので、それらの力を解放した時にその浮かび上がるっていうふうに思って、もうリミッターというかねを解除したみたいななんとなくイメージだと思ってくれればいいです。So it's not really just there for identification purposes, but yeah, if you think about it, every person who takes a seat in the convocation of 14 has really intense magic power. So basically, it's like it appears whenever they use grand magic, almost as sort of a limiter to constrain their magic. で、あれはマークは14人委員会のそれぞれの座を示すマークなので、14人委員会以外の人が俺も力を解放するぜってやっても出たりはしないです。ああ、誰でも However, those things, each sigil does indicate the member's seat on the convocation. So, you know, even if someone who's not on the convocation was like, oh yeah, magic time, wow, it's not going to show up on anyone else's face. そう、勝手にね、俺は第15の座を名乗るぜって言ったところで出ないです。出ないんだ。You can't just name yourself the 15th seat and blast it and hope it'll appear. まあなのでまあわかんない由来いろいろ想像もできるかなと思っていて、まあそれだけ強大なパワーを持っていて世界から認められる14個の座についてるってことは、まあそんなに無尽蔵にバンバン力を振るうなよっていう意味もあって、まあ出すと14人委員会の人間であるっていうのがバンって出る可能性はありますよね。だから座を引き継げば多分、ベーネスには出ないですね。多分座を渡してる。ああ、そっかそっか。伝承しちゃっ I た think ら it's also probably connected to アゼムには出 sort る of the けども、ベー convocation's ネス様には responsibility. 出な These く are なっ people ちゃ who う have の。 been acknowledged by society as あー having this grand そういう power こ and とね。 taking up these seats. そういうことね。 So, you know, you don't want people just randomly wandering around blasting magic without knowing who it is and for what purpose. So it sort of indicates that they've been chosen for this role and keeps them in line. And for that reason, I also think that when you leave the seat, for instance, when Vina gave up her seat, she would have also given up the sigil, so it would no longer appear on her. 一度でか見たいな。吉田の座はって聞かれてる。吉田の吉田の座はね、継ぎたいものが誰もいなくてちょっと寂しいんですよ。So people are talking about the seat of Yoshida, but it just kind of makes me sad because I think there's nobody who could take up the seat if I gave it up. しかも紋章も出ないからね。Also, I don't have a cool symbol on my face. 大変だな。はい、ありがとうございます。Thank you very much. 笑ってるわ。では続いて次の質問に行きます。So moving to the next question. In concluding this story, were there any threats you found difficult to wrap up, or bits of lore that you secretly changed or disregarded? 物語を一旦完結させるにあたり、回収が難しかった伏線、こっそりなかったことにされた設定やなかったことにしたい設定はありましたか？あったのかな。こちらもですね、世界設定チーム小田さんからいただいてきました。This is also one that I had to ask the lore team, specifically Oda-san, これ about. 気になるね。初期設定とか裏設定と呼ばれるものはその時点での想定でしかなく、物語を書き進めるうちにより詳細化されるものもあれば消えてゆくものもあります。消えていく。
The initial setting and background lore are only plans that we draw from. So it's not unusual for the details to change or disappear as we write the story further. まあそれはね、行月のフィナーレに限らず Q14 から新生へのまあ移行過程でも同じで、まあ Q14 やってた方はご存知かもしれないですけど、まあ、回収しきれなかったという意味では相棒という存在は回収しきれなかったです。相棒That's not only true of Endwalker. Like you'll probably remember if you played 1.0, there was a lot of changes between 1.0 and A Realm Reborn, and some of them we couldn't really retcon properly. For instance, in 1.0, the Warrior of Light had a partner character. Q14 知らない人に説明するとね、相棒っていうキャラクターがねいたんですよ。いたの？で何者かよくわかんないんですよね。Well, we had this very temporary partner though, and like so we didn't really know who exactly it would be or anything, and so we kind of just ignored it when we went on. だからあれは共造世界の自分が来てたんだとかね、いろいろいやなんかこじつけようかなとも思ったんですけど、もうどうにもならないなって。When you're making this world, you're sort of just like, I don't know what to do, and you'll just sort of sometimes ignore things that are inconvenient. いたんだ相棒設定。なのでまあ時々ありますよ。付箋として使おうかなと思ってたけど、まあ使えないからもうそのままにしておこうっていうのもあるけど、大部分は綺麗にいけたと思う。黒曜石サビクなんかはまだいけるかなとは思ってたりするからあれですけど、はい。And so yeah, there are some things where you'll just be like, we'll just ignore that going forward. But in most cases, we do try to wrap up things, and maybe if there are things we haven't addressed yet, we can wrap them up in the future. はい、ありがとうございます。それでは続いてですが、next question. Will we have a chance to learn the identities of the full convocation for 14? は今後14人委員会の構成員について全員の、真の名前を知る機会はありますか？これ黒成績、黒曜石ってさめっちゃ突っ込まれてる。あ、黒成績ですね。はいはい。はい、で14人委員会のその座とともにあるその真の名マナに関してはすでに決まってはいます。はい。So yes, we have decided the true names and identities of every convocation member. まあそれらを皆さんが知る機会があるかどうかは今後の展開次第ですねって悪い顔をして終わっておきます。ああ、これはあれだな。Whether まあ we しょうが tell ない you ねこれはや that っ in ぱ the り。future sort of depends on how the plot うわ develops. 知りたいような知りたくないような。 Sorry to tease you. スマイル。すまん。ありがとうございます。なんか嬉しそう。では続いていきましょう。次の質問です。Going to next question. そうなんですね。 Benar 最初 had good 相棒としてられ intentions た and の her で plan worked out in the end. But as a result, the world was sundered and most of the ancients suffered for it. Was sundering the star really the only way to save it? 謎の相棒。ベーネスは善意の上で行動して結果的に良い方向にはなりましたが、その経過では世界を分断し多くの古代人を不幸にはしました。今回の結果を導くためには世界を分断するのは必須だったのでしょうか？まあシナリオ系とかはなっちゃんとも話をしてこうテキストをまとめているんですけど、その回答をね、まあ少なくともベーネスってヤシトラがまあ推測したようにエーテルが強すぎる古代人ではデュナミスにそもそも干渉することができない、はい、結果その終末を根本的に止められないっていうふうに考えてます。So I also consulted with Natsuko Ishikawa and the scenario team to come up with an answer that hopefully will make sense when we explain it. But at the very least, as Yashola theorized, Vina believed that the ancients, being so dense in aether, could not control Dynamis, and so she thought that they could not have stopped the final days at its source. じゃあ別にそのゾディアークで、まあ、根本的に解決できなかったとしても天の断り、まあ、つまり天脈を強化して、まあ、絶望ビームを弾き返してるんだからそのままなんとかやってきゃいいじゃん、としたとしてもいずれ今の古代人たちの考え方では、まあ、大敗的な末路をたどってしまうだろうっていうのもその
まあヘルメスの言動とかを見てても自分自身気づかされるところがあったんだろうなというふうに思ってます。So, you know, there were the other ancients who thought that, okay, we summon Zodiark and that'll be our solution, but she saw them summon Zodiark and sort of use that to deflect Meteon's despair beam and thought, you know, even if we do this, if we keep going along as we are, the ancients, the rest of the ancients will probably be unable to change. When she's looking at Hermes and everything, she thinks, okay, we can't change as a people and we will always be our own undoing. まあ確実とは言いはしないですけど、最終ダンジョンのラストレムナントの、フェーズ3ラーラーが暴れ回ってるところは、なんとなく古代人たちがあのまま続いていったらこうなってただろうなっていうイメージで作ってはいます。あ、そうなんだ。If you look at the dungeon, the dead ends, at the very end there's a boss called Lala, and that is sort of our vision for what probably would have happened to the ancients if they had just continued as they were. だからそのために世界を分割して人が持つエーテルをとにかく薄くしていずれデュナミスっていうものを使いこなし、人が終末そのものと戦えるようにしたっていうのがベネスの考えです。So for that reason, she chose to sunder the star to dilute mankind's ether, so that someday they might be able to use Dynamis and to fight back against despair and the final days at the source. まあ、本人も言ってましたけど、これは善悪で語られて良いわけではなく、その行いが果たして正しかったのかどうかっていう苦悩はベーネスが全部自分で背負っているっていう感じですね。As she herself says, this is not really a simple matter of good and evil, and she agonized over whether her decision was correct, and took all of that upon herself for all of this time. でもね、僕特に思ったんですけど、まあ、皆さんこうベーネスすごくいろいろな思いをねプレイヤーの皆さん感じ取ってくれて、すごくこうベーネス疑ってごめんよと、ハイデリン悪いやつじゃなかったってなってるんですけどI think everybody has a lot of different feelings about Vina, and you know, we wanted to communicate that, you know, Hydalin's not a bad guy, but こんなね世界を分割して人を14に分けてそのデュナミストを使ってね、その終焉を歌うものにぶつけようなんていうことを決断し考えれる時点でやっぱり彼女も古代人なんだなって思うんですよ。But it's this very decision that she made to say, okay, I'm gonna split everybody into 14 parts so they can use Dynamis, so they can kill the end singer. That decision really makes me think, yeah, she was definitely, Vina herself was definitely an agent. だから 5.0 の、まあ、ラストでねエメト・セルクがこれが最後の、最低だ、反じるっていうことをやるでしょ。何度も反じてきたんだと、その度になり損ないどものなんかダメなとこ見てきたんだ俺って、もういいよじゃあ最後もう一回だけ見てやるよって言うじゃない。At the end of 5.0, so we find out that Emmett Silk, this whole time, he's been making these decisions about all of humanity, about how they were imperfect creatures these days. But at the very end, he gives you one more chance and reevaluates his judgment. で、今回ヘルメスもやるでしょ。改めて正しく判じよう、人の行く先を。ものすごいなんか不必要なぐらい公平性にこだわるじゃない。その自分の記憶も全部消しておいて、自分は人間側につくから何してんの君っていう。Hermes is also concerned with this, to the degree that he erases his own memories so he can once again reevaluate humanity and everything. He's really concerned with fairness and humanity's worth. でもベーネスこそ反じるっていう言葉は一度も使ってはいないんだけど、ベーネスの歩みっていうカットシーンの中で剣を構えてね、今から私は世界を分かつって、まあ、あれってまさにもう反じるだと思っていて、全世界丸ごと反じるんかいこの人っていうのがやっぱりね僕が思う古代人の怖さというか完全性というか、普通あの決断人間にはできないぞって。いやできない。
っていて、規模がその先の苦労も含めて計算した上でというか計画した上でだから、やっぱり彼女も古代人だなっていうふうに思ったりしました。Vina herself never talks about herself in this lofty way that she's making a judgment on all of mankind. But when we see her in that cutscene holding the sword and saying, you know, henceforth he shall walk and sundering the world, that really is a very ancient moment. Like that shows you how different the wholeness of the ancients were, because normally we wouldn't be able to make such a decision for all of mankind. So when I see that, I really think, yeah, Vina was one of them. まあだからエメット・セルクね、人気は高いけど、そもそも私が判じてやろうって、まあアルフィノに言わせればなぜお前にそんなもん判じられなきゃいけないんだっていう話だし、いやまあね、まあベースに至ってもそうよね。だから、その辺を意識してまた物語全体見るとちょっと違ったというか、もう一段その古代人っていうのがどういうこう人たちなのか、それがいろんなテキストにこうまぶされているので、今回サブクエストも含めてだけど、その辺見てもらえるとまたちょっと面白くなるかなとは思います。You know, M itself is very popular, but I sort of agree with Alfina when Emmett's talking about judging people. What right does he have to do that? And that may actually be the case with Vina as well. Like, what right did she have to do that? We've shown various things about the ancients and how different they were from us as people and how they were sort of the same. So I think if you go back and look at all of the different parts, including the side quests with the ancients in them, you might find it interesting. そういうお前だって吸盤を判じてベッド落としたやろって言われた。People are criticizing me as a hypocrite being the great decider here. 人間にはできない。どうしようもなかったんだよ。I mean, I had to though to make this. いや奥深い、本当奥が深い。古代人だったんだ。いや。He may be ancient? He insists he's not. まさか吉田さんが古代人だったなんて。では設定関連もう一問いきたいと思います。The Solstice Moon was made to imprison Zodiac after the sundering, but what about the first moon? Was Iseris the only thing divided among parallel dimensions, or did the sundering affect the surrounding part of outer space too? 面白いねこれ聞くの。現象世界から見えている月は世界が分かたれた後にゾディアークを封印するために生まれたと思うのですが、第一世界から見えている月は一体何なのでしょうか。アーティリスだけが多次元に割れていて惑星外宇宙には影響なかったのでしょうか。おもろ。まず共造世界にある月にも意味はあります。First of all, I want to tell you that the reflections moons have their own significance. ありますなんですが、今はお話できません。They do, but I can't tell you what it is. なんだこの言い方。まあハイデリンキック、光の一撃で、まあゾディアークごと世界が分割されて、その後共造世界においても原初世界でそうしたのと同じように分断されたゾディアークの一部を封じるために月が作られてます。月がまあ生じてるって言った方がいいのかな。So after the sundering, after the star was sundered and Zodiac was imprisoned in the moon that we know, moons were created, or you could probably say appeared in all the other reflections with pieces of Zodiac in them as well. なのでこの辺りは破綻のないようにきちんと作ってはあるので、まあそれが何なのかはまだ話せないんですけど、意味はちゃんとあります。はい。これからわかるんだな。 We're going to show this properly later, so I can't give you spoilers now, but yes, there is some meaning to these. はい、ありがとうございます。Thank you very much. それではですね、ここからはですね、シナリオとか設定以外の動画関連の質問に行きたいと思います。So from this point, the questions are not related to scenario or the lore stuff. So the question is, during the development process, what part of Endwalker were you a perfectionist about? は行月のフィナーレの制作の中で吉田さんが最もこだわった部分をお聞かせください。やっぱパンチのシーンじゃない。
いやもうね、ありとあらゆるところなんですけど、まあ、特にっていう意味だと、まあ、今回より特にですけど、各カットシーンにおける、キャラクターのこう目線、ああそれから言ってたね会話と会話の間の間、うんあと喋ってる最中の仕草うんはかなりその1カットシーンずつ細かくその演出やってるそれぞれの担当者と話をしてこだわらせてもらいました。いやすごかった。 So if we're just saying the things, okay, that I い am や人ら the のなん very かここで most お酒を particular 回 about, すとかなんか言ってたよね、 this time I ラ would ジ say オで in さ every single cutscene I was concerned 目線は with す the ごかっ direction た the characters な were グラハ looking, 何回も私の and こと見て also たもん the あれ time 絶対好きだよね私のこと dialogues and conversations, and also the 演技してよ motions, かった especially at the beginning や of り each がいがあっ character's たよ speech. あグリルなんスターのか目線は目線と回って僕特に大事だと思っていて、やっぱり演出する上でその目線って顎を向けることが目線なのではなくて、やっぱり目から先に動く、うんで首を振らなくても目って感情が出るので、そこをねやっぱりこうとがきにその視線を送るってあったとしても首が動いて顎ごと動くのか目線目だけが眼球だけが動くのかって全然違うんで、そこはかなりやりました。確かにまず目で見てから顔が動くかも Personally, I think the direction of the gaze, and how your gaze works is really important. Your eyes convey a lot of emotion. It's not just, okay, your whole 目線 chin って moves, そういうこと and なの that's か your gaze, right? So in the stage directions and such, I was really concerned with, okay, are やって your て eyes 全 going to 然違和 move 感がなかったもん first? Is their な whole head going to turn? What's the most natural way to convey this expression? あとは基本的に14の場合プレイヤーの皆さんにテキストの進行度合いとかはちゃんと自分のペースで決めてほしいと思ってるから、まあボタン送りがあるんですけど、それを許さない、ここはもう演出マックスでいくから自動送りのみっていうシーンに関してはやっぱり喋った後に言葉を飲み込んで次の言葉を発するとか、受けた相手がそれを飲み込んで自分なりに咀嚼してから答えを返すっていう、その無言なんだけどその間ってとても大事、みんなにいろんなことを考えてもらうために大事なので、そこもかなり今回しつこいぐらいちょっと調整させてもらってました。Also, usually we like to have 14 as a game that you can play at whatever pace you want to, but this time we had a lot of scenes where they would go on autoplay through the text. And when a character talked in these scenes, I really wanted the other characters to take a little bit of time to process those words before responding, because that's important processing time for all of you as well. So I was kind of probably annoying about how particular I was about this. あとはやっぱこう伏線を回収していくときに解釈の誤解がとにかく生じないように、解釈の自由度があっていいっていうところはちゃんとそのつもりでディレクションしてるんだけど、ここは誤解されてはまずいっていうところを誤解されないように調整するっていうところはかなり徹底したところですね。I also was very particular about things not being misunderstood. いるから And わかりやすいと obviously, like 助か when り you ま have す something foreshadowed or hinted at, that's わ fine. かんなくなっ To ちゃ have う leave か it ら up to people's な interpretation, but there are certain interpretations we don't really want to guide people towards. So I was particular そ about んなこ how と we まで were 考 portraying えてい those. ただいてでまあこの辺りはやっぱり今回なっちゃんがやっぱりライティングを本当ギリギリのギリギリまでやってて、なかなかその演出までチェックしきれないっていうところもあったんで、もうここは完全に分担してもうこっちで全部引き取るから。だから俺が一番石川夏子の中二に近いと思ってるからって言って中に Part of this was also because Natsuko, Ishikawa-san, was very busy writing the script up till the very last minute for this expansion, so she couldn't perform her checks as closely as possible. And in the respect of who could stand in for her, I'm probably the closest person, so I ended up doing it a lot and being very particular. あとやっぱ天野先生のデザインの再現っていうのは今回はもう僕今回行月のフィナーレが1回目のそのハイデリン・ゾディアーク編という1回目の14のフィナーレだからラスボスを是が非でも天野先生にしたいっていうところがあって、自分で絵の発注も言ってるし、だからこそ天野先生の絵を知る自分大ファンなんで、やっぱ僕がディレクションしたタイトルで天野先生の絵をまあ今のその14の技術にはなるけど、で
極限まで再現したいって思いがあったので、そこはもうほんとしつこいぐらいリテイクして調整してっていうのをやらせてもらったんで、そこはめちゃくちゃこだわりました。こだわったんだ。Also, かっこよかっ because たよな、ハイ Endwalker デリ was really, in a sense, like the first 本 finale, 当かっ the こよ first かった。 not 初めて ending 見た but 時 ending that we had わ in ーっと 14 with the end of the Heidelin and 今 Zodiac まで arc. にない感じでびっくりした。 I really wanted to have Yoshitaka Amano's art. I'm a big fan of his, and obviously he's associated with the arts in 14 and all of that. So I asked him to do the art, and then when we were reproducing those designs in game, I was super particular about getting it right. 天野先生の発注は必ず僕が行くんですけど、全部申請以降全部自分で言ってるんですけど、今回久しぶりに天野先生にはラスボスを書いていただきたくてきましたって言って、その設定で、いろんなそのラスボス書いてきていただいたと思いますが、今回先生に書いていただきたいのは絶望ですってもうすごい発注。Of course, ever since A Realm Reborn, I'm the one who's giving Amano his orders for what we want him to draw. And this time I was like, okay, I want you to draw the last boss. かっこよかった。 I want you to draw despair. そう絶望かでも先生いつもそうなんだけど、僕とのキーワードを2人でこう会話していくの、その例えばこういう事象が起きてそれが絶望した時頭に浮かぶもの、ただメテオンは決まってたから鳥をイメージには入れてくださいっていう話をした上で、あ、鳥だねはこうやってやり取りしていくとね、浮かんできた大丈夫いけるってね、15分20分ぐらいみっちり話せば、すごいな。 Every time, you know, this time he was like, despair. But every time he's very good about talking to me. We sort of have a back and forth about what to envision here. We'll talk about, in this case, despair. And, you know, if we've, you know, in this certain situation, okay, you feel despair, what comes to mind then? And in this case, we also added in the extra sort of difficulty of making the bird imagery as well. But, you know, after like 15 minutes, he was just like, yeah, I got it. I have something in mind. Don't worry about it. 今度ね実はなんか見せたかったんだけどね、主演を歌うものの天野先生の原画をどっかのタイミングでねお見せできる機会を作りたいなと思う。今日は見れないのか。 I really want to show you the original design we got from him for the end singer at some point, so I'll look for a chance to do that. すごいです。他にはもういっぱいあるんですけど、クエストインスタンスバトルの調整やってたりとか、あとサブクエストの開放タイミングが今回ね申し訳なかった。そのなんか後ろ髪を引かれるようなそのサブクエストの出され方が多いなってちょっとコメントも見たんですけど。The other things, for instance, the instance battles you do in quests, I was quite focused on, as well as the sub-quest timing for how they unlock and all of that stuff. I mean, we've got some comments about that. 今回ってやっぱり地域攻略型シナリオなので、しかも時系列時間軸が前に進む物語だから、なんかやっぱ週末に襲われている状態か襲われる前か襲われた後かって全然話の展開が変わるので、当然住民が、週末来てる最中にさ、いやちょっとチョコボ連れてきてほしいとか無理でしょ。Yeah, so this time, obviously, because we had the final days going on, it's very important to sort of have the quests unlock at the appropriate time. Like, is this happening before the apocalypse comes or during the apocalypse? You don't really want during the apocalypse someone to just be like, can you feed my chocobo or whatever? It wouldn't fit very well. なのでやったので、かといってよし一旦落ち着いたから全部出せってやるとエクスクラメーションマーク出すぎると嫌になるの。もう見なかったことにしようみたいな。Also, if you just have them all unlock at the same time and suddenly your screen is filled with exclamation marks, like that's terrible. I hate that. なのでもう何回も通しプレイをして、このクエストのこのシーケンスまで来たら3クエスト出して、で3クエストだったら消化する気になるだろうとか。そこまで考えてくれてたの。So that's why this time I played through so many times, and I'd be like, okay, when you get to this sequence of this quest, then these 3 other quests unlock, and 3 is probably a decent number that people can get through, and that sort of thing. でこのクエストまで来たら5個出して、
まあ、このクエストまで来たら残りを出してみたいな感じで、はいはい、潰していってる人にとってはもう別に潰していきゃいいじゃんって感じだと思うんだけど、あのね数の威圧感とかをね、あと話の内容とをそのフラグをお願いして1個ずつ調整してもらうのって本当にもう投資プレイするしかないので、すごい大変だった。So yeah, I have it so like, okay, you go to this quest and then this quest unlocks, and you know, when you're progressing through it, I mean, it's nice. It's nice to have it correct, but at the same time, in order to create a good experience for those who wanted to go through all of the quests, I had to do them a whole bunch of times, which was really hard. まあ、だから正直もうちょっと減らしてもよかったかなって思わなくもないな。Also, sometimes I thought, couldn't we have less of these? まあそれ以外にもハイデリン透滅戦もめちゃくちゃこだわったし、フェイスの方ね。いや良かったです。今回久しぶりにテキストたくさん書かせてもらったんで、ID のフェイスのダイアログ、セリフとかはかなりの数書かせてもらったんで、感動した。楽しかったです。はい。Also, I was quite concerned with your showdown with Heidelin, as well as the trust system dialogue. In this case, I actually got to write some dialogue for the first time in a while. So writing all of that, all those trust lines was really fun. すごいね、トレードはい、マーク。ありがとうございます。アリゼのズルイもヨシピーなのかそうです。ハイデリン透滅戦はほぼフルスクラッチで。おお。いや良かったです。スタンスもちゃん I と入れま was した。 keeping a close eye on Heidelin from the よ very かった。 start. 一 So. 生忘れない戦いになりました。はいで。それでは次の質問です。Going to next question. 楽しい質問コーナー。 Healers are currently putting out too ラジオでやっ much てくれる healing のかな。 compared to damage taken, and have few damage dealing そう options そう and モ limited ンブランとか食 flexibility べ in たくなっ battle. てきた。 People are even clearing 甘いもの食べたくなってきた。 pandemonium with tank-only parties. Are there plans to make healers タラ more コの vital 歌詞し to かない parties? や。なるほど。ヒーラーについて、うん非ダメージに対して回復量が多すぎるほか、うん攻撃の手段も乏しく、バトルでの工夫の余地が少ないと感じています。実際パンデモニウムではタンクだけのパーティーでもクリア報告があるほどです。ヒーラーの必要度を高める予定はありますか？まずこれ毎拡張ごとにそうなんですけど、はいやっぱりこう毎拡張スタートして最初のレイドって正直難易度的にはかなり優しめに作ってます。それは受ける非全体ダメージ量もそうだし、必要とされる火力パーティー DPS っていうのも普段のレイドに比べれば下げてつけてます。これはね毎拡張一緒、Right, so I want to emphasize that we've done the same as we did in every previous expansion here, and that's at the start of the expansion. We sort of hold back on the difficulty for the raid in terms of damage taken and damage dealt and that sort of stuff. We make it a little bit easier so as many people as possible can clear. どうしてもプレイヤーの皆さんって地続きではあるからパッチ 5.4 で実装された時のそのエデンの最終レイドと比較しがちなんですけど、今回改めてレベルキャップが上がって新しいジョブも増えてってところなので、一回難易度のイメージはリセットして、特に第1弾なので多くの人にクリアしてもらいたいっていうので敷地は下げてます。なので今後実装されていく第2弾第3弾っていうのはまただんだん難易度がプレイヤーの皆さんのジョブの使いこなしに合わせて上昇していくので、まあそういうサイクルを繰り返していると思ってください。You're probably comparing the raid as it is now to what you had in 5.4, but you have to remember that at 6.0 we added new jobs and we're still balancing things. We want to give people a chance to clear if they possibly can, and then from this point we will raise the challenge level in part 2 and part 3 of Pandemonium. まあそれでも基本的にちょっともっとヒールワークきつくしてほしいな、ヒールしてる気分を味わいたいんだよっていう人は絶に行って絶望していただけるとありがたいです。I think even at that point, if you're still unsatisfied, thinking, okay, healing is too easy and I want to feel more like a proper healer, definitely try the ultimate content and suffer. はい。はい、ありがとうございます。では続いてもう一問ジョブ関連ですね。So the next question. Dark Knights, Living Dead, and Blood Weapon are more difficult to use effectively compared to other tank skills. Are there plans to adjust this? 他タンクに比べて暗黒騎士のリビングデッドやブラッドウェポンの使い勝手が、いまいちです。今後調整の予定はありますか？まあ暗黒騎士だけじゃなくてですね、パッチ 6.1 で、暗黒騎士も含めていろんなジョブに手は、入れさせていただきます。
So not just Dark Knight, but a whole bunch of jobs will be adjusted そうやっ in て言われ patch たのお 6.1. かけした。でまあ皆さんからのねフィードバックはかなりちゃんと見てますんで、それらを含めてできる限り要望にお答えできるようにね6.1 していきたいと思ってます。We are looking closely at all of your feedback and will fulfill as many of your requests as we possibly can in 6.1. まあ今まさに質問のあったその暗黒騎士のリビデとかに関してはもう今調整案が出てきて進んでるので、まあ何かしら手は入ります。はい。We are definitely adjusting Living Dead, so より良くな You can wait る and のは see 嬉し how い it な goes. 暗黒騎士。でまあ特に結構今ちょっと辛いんだけどって言われることも、はいまあ貴公子とか、うんあと白魔導士っていうのももちろんフィードバックを拝見しながら調整対象になってますんで、もうちょっとお待ちください。We've also definitely seen your Kikoshi-mo feedback そうなんだ。 about Machinist and White Mage, that you're having trouble right at the moment, and we are working on that, so please wait just a little longer. あとは竜騎士でねジャンプの硬直をもうちょっと短くっていうのもあ硬直を短くする対応は入れて今テスト中なので、まあ、そういうプレイフィールに関わるところそれから数値バランスに関わるところ今回ね 6.1 また大きなプログラムコストかけて調整していけるので、はいで今日ここに上げてない名前のジョブもいろいろやりますんで、はい吉田が言わなかったって言ってこう黒い煙が最近出るってよく表現されるんですけど、いろんなジョブ手入れますんで、はいお待ちください。We're also looking at dragoons who are concerned about the jump animation lock being too long. We're going to try to shorten that up. So we're going to adjust things that affect the feel of your gameplay in addition to just the numbers. And of course, I'd like to say that even if I didn't specifically mention your job today, we're still looking at your feedback and making adjustments for those too. So please do not descend on us in a cloud of black smoke because I'm scared. 懐かしいわ竜騎士の。はいはい、ありがとうございます。Thank you very much。では次の質問です。ちょっと前半でカバーされた気もしますが、Given that we now have Sage and Reaper, will you be increasing the number of glamour plates? リーパーと賢者が増えましたが、ミラージュプレートも増えませんか？ああこれ。ミラプリ関連はですね、はい各処理のアップデート、まあ、数を増やすとか、まあ、プレートだったら数を増やすとか、ミラプリを反映できるエリアを増やすとか、ああそれ嬉しいな。チェストのサイズを増やすとか、まあ、いろんな候補があってそれぞれのコスト出しが終わって、まあ、やっぱ順番にしか対応できないので、まず今回最初パッチ 6.1 では、プレートの複数枚追加を行います。いや本当よろしくお願いします。 Right. So there are various requests that we need to address related to the glamour system, like your the number of plates, the areas that you can use them in, the size of your glamour dresser. We can really only address these slowly in a systematic way. But we are working on it, and in 6.1 we will increase the number of プレ plates. ート最高。で何枚が増えるのがその嬉しいかっていうのはちょっと個人差があるので何とも言えないですけど、それなりの枚数増やせてるんじゃないかなとは思ってます。はい。The amount of plates people wanted to increase by sort of differs by person. I can't tell you exactly how many we're adding, but I think it should be sufficient for the time being. 30個になってさ。でまあそれを第一弾としつつ、はいボックスの中に幻影としてしまえる数に関しても大きく引き上げようとしていますし、それらあと着替えられる反映できる場所を増やしたいとか、それらいろいろ今やってますので、順次スケジュールが決まったら、まあとにかく 6.1 からミラージュプレート関連いろいろミラプリ関連ねアップデートしていきますよということだけお伝えしておきます。いや本当だエッチな And 気も yes, す we る are definitely 消さないです increasing how many わ pieces you can store in your dresser and how many places you can use these こういうの plates. でも So when we can fit them in the schedule starting in 6.1, we will be adding more features. 今あるジョブより少ないもんね、はいそう考えるとジョブに1個では欲しいよな次の質問です。Next question. ね嬉しい Will we be able to obtain gear such as Imperial officers' armor and uniforms, Galarian Gunblades, Imperial lab coats, and Shalian Forum members' uniform in the future? なるほど。今後、ガレマール帝国の帝国士官の鎧や服、帝国式ガンブレードや帝国学者のコート、またシャーレアンの議員制服などを入手できるようになりませんか？おー人気なんだねまずシャーレアンの
委員制服はね予定がある。おお。So first of all, the Imperial officer uniform is something we have already decided on. でまあこれまで帝国はやっぱこう敵として描くことが多くて、なかなかそのガレマール帝国の内面とか人間としてのそのガレアン人っていうのを描く機会がこれまでなかったので、まあやめてたんですけど、まあ、行月のフィナーレでそういったところも描けたので、これからその 6.0 以降のパッチ報酬みたいな形で増やしていくのはまあありかな、そろそろ解禁してもいいかなとは思ってます。はい。Up until 6.0, we had mostly shown the Garleans as just these ruthless enemies. We hadn't really had an opportunity to show the normal people or other perspectives of that story. But now that we've done that, I think we could start releasing some gear that is Garlean かっこ themed. いいミラプリ作りたいな。はい、ありがとうございます。Thank you very much。だんだん残り時間も少なくなってきましたが、もう数問いきたいと思います。Time is running out, but I'd like to continue a few more questions. The next one is, do you plan to implement the songs that played on the radio in マジこれや Garlemald ってんだ、大丈夫かな。吉田さん疲れてないこれ。ガレマルドのラジオから流れていた楽曲をオーケストリオンフとして実装する予定はありますか？あ、ないんだ。俺人気高いですもんね。いいですよね。私も好き。It's awfully popular. I like it. 楽譜でないんだね。パッチ 6.1 でですね、ノイズが入ってるやつ、皆さんがメインストーリーで聞いたやつ、あれのオーケストリオン風の実装が決まってます。おお、出るじゃん、 And 出る yes, we じゃん。 have decided to implement the version you hear on the radio with the distortion in it as an orchestrion in 6.1. でもあのラジオなんかあれみんなノイズが入ってないやつと守ってくれたけど入ってるバージョンがあって、まあ、どっちよっていう話だったんですけど、まあ、そけんがサウンドディレクターとしてゲーム体験に密接に絡んでるのはノイズ入ってる方だから、まあ、そっちでまず実装しましょうっていう判断をしてたんで、そっちが実装されます。はい。We actually have a どうやって version ゲ both with distortion and ゲットの without 条件 distortion, but 気になるな。 Soken felt that いや as sound director, 臨 he 時で wanted そ to う give だか people ら something 大変 as そうだな close 撮るの to the in-game experience of hearing it for the first time as possible for the orchestrion, so we're 確かに。 going with the distorted version first. あれ聞くとな、そのはい、時のストーリーめちゃくちゃ思い出すな。 Thank you very much。では続いてです。え、笑ってる。Were we どうした able to take up residence in Shalian or the lunar facilities that the どう operators した？大 worked 丈 so 夫？ hard 吉田 to さん。 make some one day? うなだれてるけど。 Even just apartments would be fine。レポリットが頑張って作ってくれた月の居住地やシャーレアンにはいつか住めるようになりますか？アパルトメントでもいいです。ハウジングは頭痛くなる。まあね。まあもうまずは石ガルドに住んでくれよ。追いつかないよ。まあ今 Please, 石から please just try living in Ishgard first. We cannot keep up. もうね、まあまあその今回ね 6.1 でハウジングの抽選システムもできるし、まあ全世界にさらにこうサーバーをね大幅増強していくっていうのもこの前発表させてもらったので、ハウジングに関してもやっぱりどんどんやっていきたいとは思ってるんだけど、マジで追いつかないんで。I mean, yes. So for 6.1, we've come up with the lottery system for housing. We've also announced we're increasing the overall amount of housing. So it's not like we won't do it or we don't want to do it, but maybe slow down a little bit. まあ詰めたら良いですね。If we could, that would be nice. What is That would be nice。ありがとうございます。Thank you very much。次の質問いきましょう。Next question。Will you add minions for Emmet Silk?Hades and Xenos、エメトセルクやハーデス、ゼノスのミニオンは実装されますか？おお。まあここはそのまあ何度か言ってる通りやっぱり役目を終えてないキャラクターっていうところに関しては、まあ僕が全権指揮取ってるところでもあって、キャラクターのミニオンが出す出さない僕が全部判断してるんですけど、まあ行月まで来たのでまあありかなとは思ってます。はい。でも連れて歩くの yeah, I'm the one who decides who we put out as minions. それ And だと I フード always かぶった水晶子さんはいつ出ます hold か back ねっ on て言えば putting よかっ out た。 minions of characters whose roles are not yet done フー in ド the かぶった story, 水 but 晶 I 子さん think は now 出 that して we've もらっ done ていいですか？ Endwalker, we can consider doing those. もうゼノスあたりは本望かもね。確かくっついてくるわけでしょ。ずっと許されついてくることを許されてるわけでしょ。
Is it okay to put Xenos out as a minion? He's just gonna follow you everywhere. ゼノスゼノスまだ出てきた。はい、ありがとうございます。それでは次で本日の最後の質問にしたいと思います。So the next question will be the last question of today. And the question is, なんだろう最後。 do you have any updates regarding female Rosgal? なるほど。ロスガル女性について何かアップデート情報はありますか？いや、そういえば。僕らようやく行月出したばっかなんだよ今。Finally, we're done with Endwalker. Okay. 質問への答えがね、グラフィックスのアップデートもやるしね。ただもちろん忘れてません。And yes, we are working on a graphic update. But no, we have not forgotten about female Hrothgar. アートチームの方に、ロスガル女性のアートワークを何パターンも書いてもらい、その中から今、2系統に絞ってさらにデザインを進めつつ、それをどうやってその新しいキャラクタークリエーションにこうなんだろう仕様設計していくかっていうところまで今来てるので、まあ、もちろん実装するとなるとねまだ時間はかかりますが着実に進んでます。So right now we've had the art team draw a variety of styles for possible female Hrothgar designs. We've picked 2 of them, and we're currently thinking about how those would look and what adjustments we would have to involve in putting those into character creation. So obviously it's going to be some time before we can actually implement them as a race, but we are working and we are making progress. 怖いよな。まあ本当にやるのっていうコメントもありますけど、やるって言ったらやりますよ。People are saying, are you really going to do it though? And if I say I'm going to do something, I will do it. だってやるって言ったんだもん。I said I'd do it. やるって言ったからやるよ。なんか使う人少ないんじゃないっていうコメントもあると思うんですけど、僕はねもうここまで来たらね多いとか少ないじゃないと思うんですよ。全種族がそれぞれ平均的に人気になるなんてことはなくて。There are also people saying, but probably not that many people will play as female Hrothgar. But I'm thinking, we've come this far, and it's not really a matter of will they be super popular. It's not like everyone needs to use all races equally. その世界に多様な種族、見た目を持った人たち、それから内面の個性を持ったさまざまなプレイヤーがいるっていうことが世界の広がりをすごく感じられる。まさしく一人でもみんなでも遊べる。RPG が目指すところでもあると思ってるので、だから使ってる人が多いとか少ないとかもうあまり関係がないからここまで来ると思ってるので、きっちり実装していくつもりではあります。So people decide what characters to play for a lot of different reasons. We'll focus on the inside or the outside, and some people may play a lot of this type of character or not a lot of type of the other character. That really gives the world flavor and variety. And especially because we're aiming to be a game that you can play solo or with friends. To be honest, we're not that overly focused on oh, everybody will play this thing equally as long as everyone's having a good time. もうそれを言った途端さ、新しい種族のアイデアを次々言うんじゃないよ君らって思うのよ。And of course, because I said that, now everyone is coming out with their ideas for new races we should add. Please no. なんかロスガルとまたちょっと違う犬をさ。5.0を発表する時のファンフェスを思い出していただきたい。ロスガルの男性とビエラの女性を、ファイナルファンタジー14の種族実装の最後にしたいって、これ言ってるやつだ、チコタクさんが。Please remember when I presented Vera and Hrothgar at the 5.0 announcement, and I said this is the last one. This is the last one we're doing. Remember that, guys? 女の子出してほしい。いいコメントがありました。みんなヒカセンの記憶力なんて曖昧だって知ってるよねって。あ、今。I found a good comment. うまいこと言うわね。ならば覚えていろ。ロスガルの女性を持って種族実装を最後にしたいと私は思っている。Okay. Well, if your memory was vague up to this point, remember it now. The female Hrothgar is the last one I want to do. 前作確認するとかいろいろあるんだ選択。ポリット可愛いけどこれはダメそうだな。これで、今日の Q&A はここまでとしたいと思います。So this is the conclusion of today's Q&A session. Thank you very much for sending a lot of questions.
はい、ということで、PLL の残りの時間ですが、締めに行く前にもう一つトピックがあるということですよね。So, before まだある。 closing today's letter live, we have one more topic to share. 何でしたっけ？ハウジングの件です。ハウジング。あ、そうだっけ？はい、なんかここから PC がなくなったから何すんだっけって思っちゃった。画面が出ます。はい、画面出してください。ハウリング。It's like, what is this? おい、シュガルだ。ちょっとね、パッチ 6.1 以降の土地販売に関してアナウンスとともにね、ちょっと皆さんの意見も聞いておきたいところがあります。はい。Okay, so I have an announcement about the housing plot sales from patch 6.1, and I'd also like to 抽 ask 選 you 販 guys 売やり questions. ます。まず抽選販売についての補足です。First, let's go over some details for plot sales. どうぞ。はい。まず1回の応募につき1プレイヤーキャラクター1回どこか1箇所のみ応募可能って言ってましたけど、FC のハウスを買うとき FC 全体で1回じゃなくて所属してるメンバー1回ずつ応募できるので、これはもう大きい FC の方が有利っていうのは確かにそうです。そうだね。Okay, so for the lottery system that we announced, we did announce that each player may only enter the lottery for one plot of land during each lottery period. But when it comes to the free company, it's not like the free company entirely only gets one entry. Every single member from the free company can enter. In that sense, then yes, the free companies that are larger will get more entries if they want. まあこれはやっぱり MMO っていうことを考えたときに非常に大きなコミュニティを一生懸命運営していて、メンバーもアクティブにたくさんいるっていう状況でFC ハウスがないっていうところがやっぱ抽選上有利に働くっていうところは、まあそれこそが FC のそのサイズの力かなとは思ってるのでこういうルールにしてます。I mean, after all, 14 is a multiplayer game, and we want to support the community. So if you have a big, active, free company, we want you to be able to have a house. And so that's sort of the reason that large free companies are getting a little bit of an advantage here. で、ただですね、これ、まあなんか40人いるからめっちゃいろんな土地に応募しようぜってやったとしてもですよ、まあ1個を買うっていう時に全員でそこに抽選申し込むっていうのはもちろん有利かな、数の有利はあるかなと思いますけど、バラバラにやると仮にバラバラに当選するとそれギル没収ですからね。1個しか当然購入できないので。But again, I mean, you're only going to end up with one house for your free company. So yes, if you all enter for the same spot, you'll probably have an advantage. However, if you all distribute yourself among different plots, I mean, you may just end up losing money that way because in the end, you're only going to get one house. あとハウス購入権利を FC メンバーに渡すって結構でかい権限を渡すことになるので、なんかポット人集めてくればいいじゃんみたいなのは多分怖くてできないと思いますよ。あとその権限を渡せる仕様も今回 6.1 と同時にもう変わってるのでそんなに簡単じゃないと思います。そうなんだ。そこら辺はよくわかんないんだよな。Also, it's well, first of all, we'll be making some changes to the rights to purchase land in 6.1, but also, I mean, in order to apply for this lottery system, your free company members need to be given the right to purchase land on behalf of your free company, which is sort of an important right to give people. So we don't really think that most free companies are going to be going around shouting out for randos to come help do this because it's putting themselves at risk. とはいえ抽選ではあるのでみんなでこう一気に応募したけど当たらなかったもまあありえるので。So please remember that it's still possible that if you all 倍率どれぐらいなんですか？私が高校受験した時、やばい、私まだ10歳だった。はい。で応募時に全額土地代を支払っていただきますよ。はい。There's also the point that when you enter the lottery, you must pay the full price of the plot. 前払いです。でまあ落選した時には返却されるんですけど、当たってしまったらキャンセルしたらお金ねペナルティーがかかりますんで。Obviously, if you do not win the lottery, that money will be refunded in full. そうじゃない But わ。if you win the lottery and you decide to back out on the plot, you will lose some money on that. どうぞ次。で、今回パッチ 6.1 で4種類の販売方法を用意してます。
Okay, so as of 6.1, we have 4 ways to purchase. 先着もいるのか。抽選販売の、FC 向け FC ハウスとしか購入できない場所、まあ、抽選販売の個人宅としてしか買えない場所、私個人も応募したいな。先着早い者勝ちの FC でしか買えない場所、先着早い者勝ちで個人としてしか購入できない区みたいな感じで4種類処理としては用意されてます。So we have the lottery version that is for free companies only to buy their free company plots. We also have a first come, first serve system that you're probably used to for free company plots only. And then we have the individual lottery and the first come, first serve for individuals. それを狙うっていうのは手なのかな。この次どんなページだっけ？はい。でその販売方法のねちょっと分配に関してなんですけど、ハウジングエリアの区ごと通常街第1区、拡張街第1区、この単位ごとに僕らが調整できるんですね。ここは、抽選の FC、拡張区第1区も抽選の FC でこれを、個人にすることもできるし、しかもパッチメンテナンスを入れればいつでも変えられるように今回作ってます。Okay, so each of these purchase systems will be applied by ward. So for instance, we can give a different system to each ward in regular neighborhoods or in subdivision neighborhoods. And so it'll be like, Imperium Ward 6 is for free company lotteries, things like that. And we are able to change these every patch. でこれはどの区がどの販売方法になっているかっていうのはゲーム内で確認できるようになってます。You will be able to confirm which wards are subject to which systems in game. でしかもこれ最初例えば FC 用の区画として売り出して、意外となんか小さいハウス買われないねってなったら僕らがメンテナンス入れて残りは個人に開放しますみたいなこともできるようになってるので、混合していく区画もいずれ運用していけばあるかなと思ってます。For example, if we have something set to free company system and then all that's left are small houses that people don't really want, we can always change that later. 次どうぞ。で、パッチ 6.1 では、全ての区画に対して FC 向けもしくは個人向けっていう抽選販売にだけする今のところ予定です。So our current plan is in patch 6.1, we want to assign all wards to the lottery system, either for individuals or free companies. でね、処理は用意してあるんですけど、早い者勝ちっていうのを今入れないつもりでいます。 6.1。Right now, we are planning to not use the first come, first serve system at all in patch 6.1. で一応1区画だけ抽選その早い者勝ちを入れようかっていうのもある、なんか案としてはあったんですけど、どうです皆さん。We were thinking we could make maybe one section only first come first serve, but what do you guys think about that? やらないですね。いや、イシュガルド済み目指したいな。目指したいな。リムさんの雰囲気すごく好きなのはあれなんだけど、イシュガルドいつも飛ぶのもお金かかるし、住めたらいいよな。イシュガルド住んじゃう。住みたいな。イシュガルド、全部抽選でいいの声が多い。いや、私は抽選がいいな。1区ぐらいは試しでもいいんじゃないっていう声もあるな。I'm pretty sure the majority is saying they prefer to have them all lottery, though there's a decent number of people saying, okay, just one ward, first come, first serve. ただね、その脳内シミュレーションしたんですけど、やっぱり1区だけでも先着があると、そのログイン戦争がすごいだろうなと思っていて。Yeah, we tried testing this, and even if we only have one ward set to first come first serve, it does kind of affect the login situation. しかもそのシナリオやりたかったのにとかあるし、そのなんか結局病態スタートダッシュでその先着購入できなかった人は単に抽選に回るだけで
なんかその徒労感というか疲れた感を少数の人のためだけにやるのはどうなんだろうって考えたんですよ今回。なのでもっといろんなそのハウジングの区画を増やしていけた後にやっぱりその空いてきたらとか土地がもっともっと増えて潤沢になってきた時に空いたらすぐ買えるっていう風に先着を使った方がいいんじゃないかなっていうのが今の僕の考えです。I'm thinking about people who want to log in to do, main scenario or other things. We don't want to increase the login queue, and I'm sort of thinking that if you all try to go for the first come, first serve, you're going to be really tired by the time you get to going over to the lottery and trying to win that. So it might be better to just wait on first come, first serve until we have a lot more housing available for everybody. なんかみんなのログイン戦争の話聞くとな、家の見てますね、コメント。それで良さそうだね、みんなね。そう言ってくれて。A significant number of people seem to agree with that. 私は少しでも抽選の枠が広まってくれると嬉しいけどな。今回は先着なしでいこうかなと思います。よりね、もし先着でっていう意図が強いとかいうのがこんなアイディアあるんだけどっていう場合はフォーラムなどにねまたちょっとお寄せいただけると助かります。So yeah, I'm thinking we'll just go with the lottery system for now, but if you feel strongly opposed or you have another idea of how we could do things, please feel free to comment on the forums. ウイルスだ。いや、ウイルスじゃないじゃん。はい、以上で、土地販売についてのお知らせでした。よし、頑張るぞ、抽選。ダメ元で個人の応募してみよう。さて、ということで、第68回 PLL の内容はだいたいこれで全て完了いたしました。So this is all about today's Final Fantasy XIV letter from the producer live number 68. And then before closing, we have some announcements. So let's check it. このまま締めに向かう前に、いくつかお知らせ事項が例によってございますので、そちらの確認をさせていただきたいと思います。はい、画面お願いします。最初のお知らせです。The first topic is フリートライアルです。フリートライアルが2月22日から順次再開いたします。よかったよかった。We will resume FF14 free trial on February 22nd. もうすぐだ。よかったよかった。再開は公式ストア何箇所かで配布しているところがあるんですけど、準備ができ次第順次という形になります。まあそう大丈夫そうだという判断をしましたので、2022年2月22日から順次再開していく予定でございます。まあそのうちねフリートライアルの範囲もまたいつかねガッと上げたいななんて思ってたりします。はい、広げんの We're trying to start slow here, but yes, February 22nd. 人気のあるゲームはやることがちぎな。はい、ありがとうございます。では次です。The next one, the next letter from the producer live. 冒頭でコメントしました通り、第69回 Final Fantasy XIV プロデューサーレターライブを3月4日、日本時間午後8時からお送りいたします。So as we mentioned earlier.The next letter from the producer live will be streamed on March 4th, Friday, and then starting 8 p.m. Japan time. ということで、内容はパッチ 6.1 コンテンツ特集パート1ということになります。So the content will be the patch 6.1 content part 1.So please look forward to it. 楽しみすぎる。でサーバーいわゆる14の、データセンターの拡張とかって、まあ、今年の夏から順次始めていく、まあ、その第一弾になる日本データセンターのワールドリーグループに関しては、今、詳細の内容を告知できる準備をしているので、この3月4日の放送の中で皆さんにどういうスケジュールでやっていくのとか、どういうグループになるのというのをお知らせできればと思ってますので、そこまでもうちょっと今準備してますんでお待ちいただければと思います。We'll also be covering the server expansions that will be starting this summer and talking about the first set of those, which is Japan, and the way that we'll be regrouping worlds in the schedule. ただ1個言っておくと、データセンタートラベルを入れる前にはやらないので、データセンタートラベルができる状態にはなってるので、
まあもちろんねそのリグループっていうところなので4つ目の DC が出来上がるってことにはなるんですけど、行き来はできるし、ある意味日本 DC 全体でなんていうの固定を組むみたいなこともできるのでその辺も合わせてお伝えしていくので、どうぞ焦らずちょっとお待ちいただければと思います。いやー楽しみだ Don't freak ね out. We have DC. We いや have 結 data 構 center travel DC 違 working うか already. らいけないけど頑張 So ってねって this 言 all って this く server れ stuff た will be りする happening 方もい after るか that ら is さ、 available. みんなでできたらいいな。はいお待ちください。それでは続いてのお知らせです。So the next announcement あーこ is れ the もう買ってる reminder of 買 the ってる End of 予 Walker 約し soundtrack. てる。 We are now taking the pre-order もう for すぐ this だ soundtrack, and then we'll be ちょっ out と楽しみ on なんだけ February ど来るの。 23rd, next Wednesday. So please make your pre-order if you do 62 not 曲も入って do る yet. サウンドトラックエンドウォーカー魚月のフィナーレのサウンドトラックが来週ですね、いよいよ2月23そ日こも来水曜日に週まで来たか。発売を迎えて現在予約受付中でございます。まだ予約されてない方いらっしゃればぜひこの機会によろしくお願いいたもうししばらます。くブリトラ釣りで歩こうと思います。では次です。続いて The next one is another pre-order 来たね announcement, and then we are now taking a pre-order for the Final Fantasy XIV print collection いい third installment, and then these will be available April 30th. いやー、引っ4越月したら30日発売の FF14 複製原画第3弾のお知らせです。今回は全7種類の画像が出ます。樹海みたいになってるから先に画像見ましょう。次のページお願いします。These are the artworks お that ー will す be ご available い on April 30th. はい、この7種類になりまして、かわいいこれで現物がどんなのかというと、今日私の後ろにずっとありましたのがこちらあり実ましたねサンプルでございます。こんなようなサイズ感。部屋に飾りたいわねあめっちゃ This 反 is 射して actually る one of the examples of the よいしょアートワーク。ね、こんなサイズ予です。約して予約はい。いやでも初めてはやっぱり漆黒の水晶子様の欲しいなねえ気軽にはなかなか出せないお値段だよねでは続いてまいりましょう。The next announcement. ねあれだったりじゃなかったお So this is we are now running the collaboration with the Square Enix こん Cafe なの in ルパイ Tokyo. のめっちゃ可愛いんだけど、東京のスクエニカフェでかわいい FF14 コラボが現在実施されております。でこちら期間の通り3月25日まで行っておりまして、いろんな限定メニューとかコラボアイテム今はいけないななんかがございますので、ぜひともご利用ください。So this collaboration will last 悟空 until みたいに March 瞬間移動 25th. So 使 there えたら are いける some かもしれない special menu and then some 五 dedicated 条悟先 merchandise. 生 So みたいに無 please 加減あ check れ it ばい out. けるかもはい、ということでよろしくお願いいツイッターがたしってたます。レポリも確かにちょっと食べるのちょっとあれだよね、そして最後にもう私は一壁つ壁紙お知ら水せがござ晶子様といます水晶。子様だよ、うんデュアル We are モニター hiring ということで、何これ、 FF14 を一緒に作ろうという方、はい現在ゲームデザイナーとグラフィックスエンジニアの募集を行っており募ますので、集してるよみんな、今だみんな。思った方はですね、ぜひともリンク先をいただければと思います。私無理だわ、まあグラフィックスエンジニアはね、はい腕のいい人がなかなか捕まるわけじゃないんで、まあダメ元っていうのはあるんですけど、はいそうなんだ今ガリガリコード書いてるんですけど、もっと増やせればもっとなんていうのやれることも増えるんで、さらに確かにあもう我こそはというね我こそは非課線兼要はエンジニアの方グでラフィックスのコード書くよっていう方はですねぜひある程度能力に応じて交代額もご用意しますので強化していきたいのでぜひぜひ。あとまあゲームデザイナーもですね毎回募集してるのこれってまあ随分この前お話ししてからご応募もたくさんいただいて、ー採用された方もいらっしゃるんですけど、まだまだ規模拡大していきたいのでぜひご検討ください。ちょっと30年ぐらい We are having a surprisingly hard time finding graphics engineers, so you know, and if we had more, we could really increase the number of things we could do. 私もやる専 So 門です、 you know, we おしゃ thought べり we'd だったら ask the ね warriors of 好きなん light ですけ if ど you have graphics engineering skills, please join us, and game designers as 契 well. 約社員から Please feel の free 取 to 締 apply. 役まあ、今ちょっととはいえ全くの素人じゃダメでしょって書いてるんですけど、ゲームデザイナーに関しては前回放送のアーカイブが多分残ってるんで見てもらえればいいんですけど、そっから今リードやってるやつとかもいるぐらいなので、14はもう課題の応募はなんだろう
試験のように ID こう考えてきてくださいとかなんで、そんなの別に Excel とか Word 使えばできると思うんで関係ないです、あんまり。はい。 People are saying, well, don't we need experience to be game designers, even if you say it's okay not to? And no, really, I mean, as long as you can use Word and Excel, that's you'll be okay. So even if you've not done the specific job before, consider joining us. で最後エッチなお姉さんと戦うみたいな。条件が悪いんじゃないとか、こう契約社員でしょどうせみたいな書かれてますけど、私ずっと契約社員ですよ。契約社員の方が給料上がりやすいんですよ。僕正社員オファー蹴ってた人間ですからね。いらないっつって。A lot of people are saying, oh, well, it's probably because you're only offering contract positions or something. And I'm saying, I was a contractor. I've been a contractor for this whole time because it's easier to know how much I'm going to be paid. 正社員っていうなんていうの、その働き方の部下が増えちゃって、契約社員が正社員の評価をするのはおかしいだろうって会社に言われてついにいやおかしいのはなんかその給与制度だろうって言ってじゃあ正社員でもいいけどいくらくれんのって言って僕正社員になってるんで。あ、そうなんだ。At some point, you know, I was told I started supervising all these people who were permanent employees, and the company was like, "Yeah, it's kind of weird that we have a contract employee supervising all these permanent employees. Can you stop?" And I was like, "I think the labor system is the problem here, but okay, how much money will you give me?" And that's how I became a permanent employee. 正直スクエアエニックスという会社の福利厚生は素晴らしくいいです。契約社員っていうその雇用形態が違ったとしても、本当にすごく良い福利厚生状態なので、選択する人も増えてますよ、どっちっていうのを。ただこれもちろん人によって価値観の違いなので、どっちがいい悪いは言いません。ただどんどん上がっていくことができる会社だよっていうのは、まあ、正直変な話、僕を見てもらえればこんな跳ねっ返りが取締役やれる会社なんで夢ある会社かなとは思います。夢ある会社。We have a good working system, and you know you can get promoted here. Obviously, people's values are different, so you know if you're thinking, "Oh, I want to be a permanent employee versus a contract employee," that's also fine. But yeah, we do have a good working environment here, so just so you know. そうか、意外となんかみんなあれなんだね。サービス残業が怖いって、サービス残業禁止ですかね、うちの会社。残業してもらいたいときは残業、このために残業、まあ自分で申請してもらうときもあれば。お願いする追い込みでね、お願いする場合全部お金ちゃんとお支払いするっていうのが前提なので。すごいじゃん。Of course, people are asking about how much unpaid overtime they have to do, but actually we don't do that here. If we work overtime, we write the reason, and then we get paid overtime money. 一銭も出なかったわ。はい、というわけで楽しくねゲーム開発参加してみたいぞと我こそはと思う方はぜひぜひご応募ください。素晴らしい。So we'll cut that off here for now, but yes, if you're interested, please send your resume along with those links. すげえ。はい、ありがとうございます。取締役すげえ。そ And んな then とこで before 働きたかった。 closing, we'd like to take some final comments. ホワイこトだな。れで以上で全て終了したので、最後締めの前にコメントを一言ずついただきたいと思います。まずケイトさん一言ご挨拶お願いします。はい。So, Keito-san, please. 終わっちゃうよ。まあ久しぶりにこのような通訳をできて楽しかったですね。いろいろ設定についてまあ通訳できてよかったです。これからもよろしくお願いします。Hi everybody, it's been a while since I've been able to do this kind of interpretation, and I was really happy that I got to do so much talking about lore while doing so, and I look forward to seeing you again. ケイトさんありがとうございました。Thank you very much. はい、それでは吉田さん締めをお願いします。吉田さん please。 はい、まあ今日ね本当Q&A も含めてですけど、まあいろんなお話しました。まあかなり未来のお話もしたと思うんですけど、まあ冒頭に戻りますが、まだまだ14発展していきますし、チャレンジを続けたいと思ってます。はい。So we've talked about a lot of things today, including the Q&A, including the future of 14. But yeah, if I can just wind it back to the beginning, I want to say again, I really want to keep 14 going and take on new challenges from now on. So we will keep at it. まあもしかしたらね家庭の中では、まあ、今回その日本 DC のね 4DC 目追加、ワールドリーグループみたいに、まあ、できるだけ避けたいとは思ってますけど、より安定的にこう運営サイズを上げみんなに混雑なくこう遊んでいただくために、まあ、本当にできる限りないようにはしたいと思いますが、
我慢をねちょっとお願いしてしまうようなこともあるかもしれないです。Beginning with the Japanese data center expansion, of course, as we add servers, we're going to have to regroup worlds, and a lot of you will probably not enjoy that, unfortunately. But overall, we do want to increase the amount of space we have, so that players can have a good time, not get stuck in queues, all of that. 楽しみにしてます。ただ最終的には光の戦士プレイヤーの皆さんがこのゲーム遊んでてよかったなとか、このゲーム本当に楽しいなって思えるね、こう未来のために僕ら常に考え、常に努力をして開発を続けていこうと思います。And just to sum up our goals, we really want all the people who play this game to say, wow, I'm really glad I played this, I had a great time, so we'll keep aiming for that going forward. なので改めて皆さんにお願いです。ここまでQ14 からね11年一緒に歩み続けてくれてありがとうございます。いやこちらこそ。And to all of you players, thank you so much for coming on this 11 years so far journey with us. まあ行月のフィナーレの英語タイトルはねエンドウォーカーですけど、これからまた新しいファイナルファンタジー14の冒険の旅に一緒に歩み続けてもらえるととても嬉しいので、ぜひこれからも長い間よろしくお願いします。お願いします。 And I have one thing to ask of you. Obviously, this expansion was called Endwalker in English, but we're going to keep walking. We're going to keep journeying. So I hope you will join us on our adventures for as long as you possibly can. Thank you. はい、それでは今日本日長時間ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you for watching such a long presentation. Okay, this is the conclusion of today's Final Fantasy xiv letter from the producer live, and then see you all again in 2 weeks time at the next PLL. 以上をもちまして第68回プロデューサーレターライブを終了とさせていただきます。皆さん次回2週間後の69回のプロデューサーレターライブでお会いしましょう。それでは失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。またね。またね終わっちゃったね。この BGM だったね。終わっちゃった。じゃあ消すねみんな。ちょっとじゃあ消します。停止します。ちょっとどこで終わっちゃうか分かんないから一回消すわ。終わっちゃった。お疲れ様終わってしまったよ。みんな終わっちゃった。終わりはい終わりでございます。終わっちゃった。あやばい音でか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 い。あ終わっちゃった。みんなありがとう。終わっちゃったね。ちゃんと終わりって用意しといた音が聞こえてる。ちょっと音の記載よくわかんないや私鼻息聞こえてない。いやちょっとねすごい情報満載だ。背中バキバキお疲れ様でした。疲れた背中おじきさんありがとうございます。見てくれてのありがとうね。すばちゃんありがとう。ありがとうございます。お疲れ様。みんなお疲れ様。ありがとうね。ありがとう。農家さんもありがとうございます。長時間お疲れ様。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと背中痛いめっちゃありがとうね。ありがとうね。いやすごいやってよかった。一人で見るよりめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。いやー終わっちゃった。いやすごかったね情報。しかも次2週間後見れるって最高じゃないか。うわーありがとうみんな。お疲れ様だよ。みんなも疲れたよね全然コメント拾えなくてごめんね。ありがとうございました。いやちょっと一回ちょっと立って一回すごい前かがみで見てたから疲れた。ありがとう。何時間やってたんだろう。今もう4時かな4時だよちこたこさんもありがとう。ありがとう。あと10年そうだよ。あとみんな10年後も来てくれるかなって言って
ありがとう。ちくたくさんもありがとう、ありがとう。えのさんもありがとうございます。みんなどうした？ちょっとやめろやめろ。ちょっとどうしたみんな。ちょっと何の流れができてんだこれ。あなたたち次も未来や待ってね、次やりたいんだけど4日でしょ。ちょっと頑張る、やれるように。まあミラーね OK 出たらいいよね。今回 OK 出たけどさ、えのさんもありがとうございます。みんなありがとう。長時間はもうお疲れ様でした。本当に歯医者行ってた。歯医者ね、安心した。すごい安心した。10年続くってのがめっちゃ、私まだ1年しか経ってないからさ、もう10年あと遊べるんだったらもう安心してレベル上げできますどこまでだって続いてくここ終わりじゃなくて続く、いいかもね続くいいわ。続く、これ続くいいね。続くこれいいな。これ冒険はどこまでだって続いてくぜ。あ、ちょっと待って、終わるよ。リエラさんありがとう。長時間やお疲れ様でした。本当にありがとう。たけろさんもありがとう。お疲れ様でした。ちょっとあなたたちなんか急にスパチャし、もう終わるわみんな急にどうしたあなたたち。ちょっとお疲れ様でした。いやもし私がありがとう。本当みんな来てくれてお疲れ様でした。5月で一区切りしてもまだまだ盛り上げる気ままの意気込み。安心した。なんかほんと安心した。終わらないことにこんな安心するゲームになるなんて1年前は思ってなかったわしばきありがとね。みんなありがとう。いやー楽しかった。ちょっと急いでさどん兵衛食べてよかったわ今日たこ焼きでやってたけどね。ありがとう。ちょっと水飲みます。ほんと皆さんもお疲れ様でした。何時間やったんだろう今。何時間経った？ちょっと待ってな。何時間やってた放送？5時間半だって。5時間半や。でも早めにやってたのか。プロデューサーレターライブ自体がテスト配信からやってたから5時間ってことは配信は5時間ぐらいだったんかな。5時間か。私にとって5時間なんてね、鼻ほじってたら過ぎる時間ですからでも最近全然配信できてなかったからさほんと私にもハイデリンキックしてくれないかなメネ様でも薄くなっちゃうけど私がお疲れ様ありがとうね。ありがとう。5時間だったね。カレリアさんもありがとう。トレンド入ってない。トレンド入ったのはティーンさんです。ティーンさんカレリアさんもありがとう。これがいやみんな最近全然さ忙しくて配信ができなくて本当にハイデリンキックしてほしい全くやってないわけじゃないんだけど、私結構疲れてると配信したくない人だからさ、おしゃべりしたくて配信してるので10時には開場してましたね。いや私そんな早く開場してるって知らなくてさもうじゃあそろそろかなって開いたらもうすでに喋っててショックだったよね。最初から見たかったと思ってなんで最初から見れないのって思って急いでご飯食べてたあの時ちょっとミルコさんじゃあ私をってあなたたち私別にスパチャしなくてもコメント読んでるから普通にコメント流れるなんかすごいところじゃねえからここありがとうねミルコさんもありがとうございます。みんな私最近全然発信してないの本当ありがとう。ちょっと本当頑張るね頑張るわ。宝くじ当たれば全て解決なんですけど次の話は95個ですかね好きねあなたも5時間鼻ほじってたちブシャーって最近全然鼻血なんて出てないわ。私鼻水しか出てないわやっぱ配信今日一番喋ってる今やっと。やっぱあれだね同時視聴だとあんまり喋らないね最後のマルチはどうして最初から見ていなかったのかと。ちょっと次のプロデューサーレターライブ1時間目からやればいいの？どうしたらいいの？ちょっとそのなんかテスト配信とか知らないんだけどテスト配信してくれ。テスト配信それも見たかったわ。残念なことした残念なこと
何私最近ねあれだてかさ、いやもうちょっと喋りたことありすぎる今日のことで、サブキャラ作りたくない？ちょっとでもそんな時間ない、どうしよう宝くじ当たった自分のために使う宝くじ当たったあれだよ。宝さして宝くじ当たった本みたいのもらうんだって。宝くじが当たった人の必ず当たったことを人に言ってはいけないんだよ、宝くじがだからみんなも私がね急に配信頻度が増えてなんだろう、なんか急になんかマルチなんか毎日のように 1,2 回配信してるなって思ったら、宝くじが当たったか仕事で当たったかどっちかだと思っていただけたらマルチこれは仕事で当たったなみたいな宝くじも当たったなみたいに思ってくれればねフリートライアルでペーシュ版でサブキャラタダで使う。そういうこともできるようになるのか、フリートライアルできると。いやサブキャラでもマナだったらもう一キャラ作れるよな確か。セババレンティオンやばい21日までまだやってない。そう配信でバレンタインのやろうと思ったんだけど、もう全然時間なくてさ、まあ他のゲームもやったりもしてる。さっきポケモンも買ったのに全然配信する時間なくて全然やってない。でもね麻雀はたまにフレンドさんだったらもしかしたら誰かたまに見てるかもしれないけど、麻雀はたまにルレもなるべく毎日は行くようにはしてるんだけど、別アカで作ってニアカでやるんだ。ちょっとねドラクエ10でニアカやってさヒーヒー言うようになって、今ドラクエ10のニアカもお休みしてるんだけどさ、ニアカちょっとたまに疲れるよサブキャラはイケメンにするの。いや私さそれねサブキャラを作る妄想を犬の散歩中に結構してるんですけど、どう頑張ってもミコってになっちゃうんだよね。なんか違うキャラでストーリーをやるっていうことがなんか考えられないのいない？こういう人なんかどうしてもやっぱり今と同じ顔でもう一回ストーリーやりたくなっちゃってさ、なんかいやでもなそれだったら違う種族にした方がいいのかなとかさ、ストーリーを本気でやるんだったらやっぱり同じ顔でやりたい。せめて髪型変えるぐらいしかさ、なんか普通さ変えるよねみんなサブキャラって別赤作って24円疲れる老期に訴えてもブラック企業のやつなんか訴えた人がいたみたいだよ。老期じゃなんだっけ、なんか親が出て訴えた人がいたらしいんだよ。まあねブラック企業で私は働いてたおかげで今こうやって在宅で絶対やるって決意してね、トラウマがあったから今の配信できるこの環境があるわけなので雀荘に入り浸る。いや麻雀でも難しい覚えること。太陽とピンフはなんとなく覚えてきたよ。21までまだやってませんが、いやちょっとやりたい可愛いやつ欲しい。チョコボのそんなあなたに強くてニューゲーいや強くてニューゲーまで我慢する。いやちょっとなんか最初からほんと順序立ててやりたくなるゲームだった。本当にゲームだったって過去形みたいになって、サマでキャラクリスタの上に逆輸入したいってそんなことあるの？キャラクリ逆輸入なんて。まあそうだよね、キャラさ取っておけるもんね。見た目好きなキャラでキャラクリして連れ回せまあその後ストーリー終わったらちょっと違うララフェルにしたりとかもできるっちゃできるよね。どうしてもやっぱね違う顔で水上皇様の隣に並ぶのだけはちょっと嫌なんだよねちょっとやだキモい。誰キモいって言った人？私鬼物児無残だからね何考えてるかわかるからもうほんとそれだけはねちょっとダメなんだ。なんかどうしてもやっぱね漆黒まで行った時の想像すると違うキャラでやりたくないっていうさ今の見た目じゃないとなんか違う人といる感じがしちゃうんだよね。なんかやだちょっと気持ち悪くてかばっちゃう。いやちょっとどうなるんだろうね。暁のさメンマの見た目もさ結構変わるっていうか綺麗っていうかなんていうのだったら楽しみだよね。24赤使いさんっているの？ちょっと手の動きどうなってんの？逆にフレンド弱くて入芸し、フレンド弱くて入芸？フレンド弱くて入芸ってそのサブキャラのことかな？
でも 2.0 の会場入ったら強いにはやりたいよね。やりたい。いやそのさ変わるやつ絶対やりたい。その NPC と回った時にさいじりドール出てくると思うみんなちょっとアリアのだよね確かいじりドールとさなんかトトラクかどっかに入る前にさいじりドールと確かアリアのなんかいじりドールがうずくまってるあのシーンが結構好きだったんだけどなんかさいじりドールなんかめっちゃ腰痛いじゃんいつもなんかそれ連れ回してたんじゃ行きたいんだけどそれ叶ったらすごいテンション上がるなPS5 が24だモニターも24だちょっと想像できないわなんかそれエヴァンゲリオンの世界みたいじゃないよく覚えて私結構ねいじりドール好きなんだけどいじりドール可愛いよねおじいちゃん私やっぱばあちゃん子だったからじいちゃんとばあちゃん好きなんだけどもうウィンさんとよ24そうな実際いる人なんだな24話かってにやかで大変なのにな結構ちょっと私大きくするかちょっとだけ大きくするかパソコン1台でにやか起動できるから PC12 だね24話かそっかパソコン確かに私もデュアルモニター使ってるからさ使おうと思えばまあ使えるっちゃ使えるよね使おうと思えばちょっとでかくしてみたでかく、ちょっとだけでかくしても結局はねたこ焼きなんですけどしょうがないから真ん中ぐらいに移動してやろうしょうがないから真ん中ぐらいに移動しようじゃないかみんな元気だったほんと久しぶり配信するのもうちょっとだけ喋って終わろうかなPC 私さっきのさ話聞いててもし PS4 だとグラフィックを下げないとできないってなったらちょっと本当に PC でやるの考えようかな PC だとにやか起動できるぐらいそのスペックがあんま聞いてもよくわからないかもしれないけど24かな PC ですねやっぱ PC だと頭いいからできるのかな課金してめっちゃ好きだねPS5 当たれば全部解決なんだけどな真冬でも PC の熱のせいで冷房必須なそうなのねなんかパソコンって結構さ熱持つもんねうちのやつなるべく周りに物とか置かないようにしてるなそう美味しそうでしょみんなお昼挟みそうだったからちょっと久しぶりにたこ焼きになってみたいやいいな PS5 全然メール来ないんだけどどういうことなの今2箇所からメール待ってるんだけどさいやでもしかしたら半年以上前に応募したやつのメールが今更届くかもしれないPC は積んでるグラフィックボードによるねグラボが高くなる前に買ったんだよ2年は経ってないな1年半前ぐらいに買ってだいたい20万くらいだったのこのパソコンそれぐらいしかわかんないそりゃあれだよねグラボにいくらかけたかっていうのはさ値段じゃわかんないよねあれは PS5 コントローラー使う白いやつでかいやつで PC1 台でにやか起動しながらやってるけど大丈夫だぞいやデュアルモニターこっちにもモニター置いててこっちにも置いてるからどっちも水晶皇様なんだけど壁紙がこれモデさんにさ見せたキモいって言われたわマルチ焼き略して丸焼きなんか、ズクって出てるわ丸ズクこれいいじゃんこれいいじゃんこれ久しぶりの配信ですからね間違ったこれはあれじゃないかなこれは私分かりますよこれこうやればいいじゃんこうやってほらそしたらねほら私焼きみたいになっていいこれみんな今日は来てくれて本当にありがとう楽しかったすごい楽しかったわたこ焼きだじゃなにこれなんだこれ楽しかったね今日すごい楽しい話ばっかりだったわ最高だったわ
ベンチマーク入れて動かしてみて、なんかそれこの前は聞いたの。麻雀やりたいって言ってた方がさ、ベンチマークのやつやってたな。ソースの匂いがしてマヨネーズはかける派ですつやき2は残ってる。2はもうね、お腹もうそば食べてお腹いっぱいだけど、なんかたこ焼きはね割と好きなので、たこ焼きは外がカリッとして中がとろっとしてるのが好きです何の話じゃってね。ということで配信久しぶりだったんだけど、この前さ最後にしたのが麻雀配信だったんだけど、麻雀ちょっと前より3ミリぐらいは覚えたよみんな。この前マッチで行ったけど1位取れた。2回目は2位だったけど15秒しか考える時間なくてめっちゃ腹立ちましたなんで15秒しかないんだ麻雀 FF のって思ってそういうもんなんかと思ったよね。だから麻雀はちょいちょい配信でも今度もまた募集できたらなとは思ってる。まだ全然だけど銀だこ好き。でも最近食べてないな銀だこ。あと最近な侍のジョブクエしたりガンベレのジョブクエしたりしてたわ。最近時間ある時ガンベレのジョブクエ先が気になるんだけどレベルが足りなくてできなくなっちゃった。ボズヤもやりたいな。ボズヤ戦士のジョブクエの続きもやりたいし事件屋もやりたい。そうやっぱりさ、いやこれやめとくか。今度またゆっくりゲーム配信の時に話すか。もう話したいことめっちゃ溜まってるわメンタンビンを覚えておけばなんとかなるさ。メンタンビンね。メンタンビンメンタマピンピンメンタンビンわかんねえだよメンタンピンね。メンタンピンね。麻雀もできるし何でも遊べちゃう FF14 楽しいですね。10年続くってことで10年ってこれからもよろしくお願いします。10年後はもしかしたら女の子じゃなくて柴犬でやってるかもしれないけどさてみんなも5時間付き合ってくれたのでね、そろそろ終わりますか。みんなありがとう来てくれた。結構長かった。でももっと長いかと思ってたから楽しかったか。あっという間だったわ。アリゼとアルフィノくんのね成長した姿が見たいかっていうと、私ちょっと見てみたいな。やっぱりでも見てみたいな。でも慣れるよね多分成長したとしても。いやでもあれなのかなアリゼ。いや絶対かっこいいと思うんだよな。あとねフェイスでオルシュファン様が出てくるかっていうのはすごいずっと気にしていきたいと思います。もし出るんだったら本当にもしかしたらサブキャラ作って最初からやるかもしれない。そういう未来もね、ちょっと今日は疲れたからやめるか疲れた急に疲れ感を出すってそれめっちゃ主人なんかさ体力はあるんだけど背中痛いんだよねさっきからなんか多分さあまりにもヨシピーさんの表情を見ようとして前のめりになりすぎて背中バキバキになったわみんな大丈夫？みんなちょっと私だって寝転がりながら見たかったんだけどさなんかずっとこう前のめりでヨシピーさんの顔なんか思惑みたいなのを知りたくて前のめりになりすぎて背中痛いおばあちゃんかよっていうね未来にタイムスリップ展開があればおばあちゃんタイムスリップしたいね。タイムスリップこれからちょっとどうなってくのか楽しみだね。これからアリゼはどっちに似せるかだよね。いやアリゼはでもアリゼはもうあれでアリゼがさあまりにもさ確立しすぎててなんか想像できないよね。全身痛い気をつけてみんなもゆっくり休んでください。とりあえず次の FF 配信いつになるかね。いつものごとく。ちなみに今回初めて今日やろうと思って予定表出したんだけどさ間違ってたよね。今日7時からだと思った11時からだったっていうさせっかくやったのに。大丈夫？よかったよかった。みんなもいっぱいコメントありがとうございました。あんま拾えなかったけど
なるべく吉田 P さんの言葉にかぶせないように喋ろうと思ったんだけど、もうすぐ喋りたくなっちゃうから割とかぶってたじゃあ終わります。みんなお疲れ様、ありがとうね。さっきいっぱい言ってくれてありがとう。お疲れ様。スパチャもありがとう。みんなどうしたの、あなたたちありがとうね。みんなお疲れ様、ありがとうございました。みんなありがとう。レジェンが成長するのって20超えてからだと当分変わらなさそうではある。でもあとちょっとじゃちょっとだよな、10年って考えるとさっきねもあったね、ありがとうありがとう。唯一の予定が間違ってた、そうそうおっとみんなも気をつけてなゆうなさんもお疲れ様、ありがとう。ひがやじさんもおつでした、ありがとうね、ありがとうね。たけろうさんもおつおつありがとうございました、またね。カリリアさんもお疲れ様、ありがとう。姫ほむらさんもお疲れ様、ありがとうございます。えんのさんもお疲れ様、ありがとう。ミルクさんもお疲れ様でした、ありがとうございました。ピピーさんもありがとうね、おつおつありがとう。さささんもおつでした、ありがとうございました。おつまるちありがとうね。長時間配信はある意味慣れてるし、慣れてね。あとなんでかなって高梨さんもお疲れ様、ありがとう。ベンズさんもお疲れ様でした、ありがとうございました。レガトさんもお疲れ様、ありがとうね、ありがとうね。チクタクさんもありがとう、お疲れ様、ありがとう。つおつ高梨さんもおつおつありがとう。みんなありがとう。ちょっと久しぶりの配信楽しかったわ。やっぱ配信って楽しいよね。やっぱ配信なんだよな、やっぱりよごめん、配信終わる画面にしてなかった喋ってた配信終わる画面にしてなかったから少々お待ちください。もうちょっと私のおしゃべりをお楽しみくださいやっぱ配信なんだよみんな。あれちょっと待って、どうやって終わるんだっけ、ちょっと待ってね間違った久しぶりだと忘れるんだよ、配信の終わり方さえもですね、こちらからですね。待って、今終わるからマルチの声もう聞きたくないよって思ってるかもしれない。そんなことないだ、久しぶりだよ。最近少年 1,2 回しかしてないから。朝とかはたまにできる時もあったんだけど、まあ眠いよねおつおつ、じゃ声がやばい、じゃボイちゃん切れたボイちゃん切れた。お疲れ様、おつおつありがとうね、ありがとう。おじきさんもありがとうございました。おつってありがとう。じゃあね、みんなお疲れ様、またね。次は何しようかな。ロール行月のロールクエかロール系かな、もし次やるとしても。それかルレ回しかどっちかだと思います。お疲れ様、ありがとう。君に伝えたい